皆様、こんばんは。店員は家族である。家族を解雇するわけにはいかない。終戦直後、すべてを失いながら、一人の従業員も解雇しなかった男がいます。出光佐三。出光興産の創業者にして、国際石油メジャーに真っ向から立ち向かった男です。明治18年、福岡県宗像郡に生まれ、25歳で独立。資金もなく、販売網もなく、石油業界では無名の存在でした。しかし佐三は、独自の商売哲学で道を切り開いていきます。至根正妻。武士の魂と商人の才覚。出勤簿なし、定年なし、労働組合なし。大家族主義と呼ばれる独特の経営で、社員と共に歩み続けました。そして、昭和28年、日照丸事件。イギリスに封鎖されたイランから独自に石油を輸入する。世界を敵に回しても、佐三は信念を曲げませんでした。95年の生涯で石油業界の常識を覆し続けた男。本日は海賊と呼ばれた男、出光佐三の生涯をお聞きください。明治の末期、福岡県の宗像地方にある静かな宿場町、赤間村でのことです。藍問屋を営む裕福な家系の次男として、一人の少年が生を受けました。後に、巨大な国際石油カルテルを相手に、たった一社で果敢に戦いを挑むことになる男、出光佐三です。しかし、幼い頃の彼は、途方もない偉業を成し遂げるような強靭な人間には見えませんでした。生まれつきひどく体が弱く、夜になると恐ろしい悪夢にうなされる無遊病を患っていたのです。毎夜、深い霧の立ち込める谷をさまよう夢を見ては、泣きながら暗い家の中を歩き回るようなか弱い少年でした。さらなる不運が、病弱な幼い佐三を容赦なく襲います。ある日、外で遊んでいる最中に、草の鋭い刃先で誤って目を深くついてしまったのです。何十日も眼科に通い詰めたものの、傷は完治することなく、極度の弱視という重いハンデを一生背負うことになりました。同年代の子供たちのように、日の光を浴びて外を元気に走り回ることは叶えません。少しでも体を丈夫にするため、母親からは、当時まだ珍しく、ひどく高価だった牛乳を毎日飲まされていました。その光景は、周囲の子供たちの目にはひどく奇異に映ったのです。あいつまた牛の乳を飲んでるぞ。まるで子牛のベーベだ。明治末期、毎日牛乳を飲む子供は皆無でした。それは、病弱な佐三を案じる母が与えた特別な栄養源でしたが、同級生は珍しがり、方言で子牛を意味するベーベとはやし立てます。さらに、極度の弱視にもかかわらず、佐三は常に教室の後ろの席でした。当時の小学校は、成績順に前から座る決まりで、病欠が多く、成績が振るわなかった彼は、黒板の全く見えない後方に追いやられる理不尽な扱いを受けていたのです。おとなしい佐三は、嘲笑と屈辱に唇をかみしめ、言い返す言葉を持てませんでした。しかし、その孤独な日々の中で、
少年の内側には誰にも見えない静かで熱い炎が確かにくすぶり始めていたのです。本を読むことすら目に激しい痛みを伴い、すぐに疲労困憊してしまいます。しかし、その過酷な現実が逆に左蔵の精神を異常なまでに深く研ぎ澄ませていきました。文字が満足に読めないのなら、耳で聞き、少ない知識から徹底的に考え抜くしかない。大量の情報をただ詰め込むのではなく、一つの物事に対して気の遠くなるような時間をかけて思考の海に潜る。視力を奪われた代わりに、物事の本質を頭脳だけで鋭く見抜く活眼が少年の内面に養われつつあったのです。やがて成長した左蔵は、周囲の反対を押し切り、猛勉強の末に福岡市商業学校へと進学します。そこで若き彼を待ち受けていたのは、理不尽な権威という名の分厚い壁でした。当時の学校には、明治の世になっても身分制度の残滓が色濃く残っています。教師たちは、ことあるごとに自分は士族の出であると鼻にかけ、平民出身の生徒たちを露骨に見下していました。その理不尽な威圧と差別に対し、左蔵の胸の奥でくすぶっていた反逆の炎が次第に激しい熱を帯びていきます。その燃え盛る反骨精神の支えとなったのが、福沢諭吉の著書、学問のすすめでした。天は人の上に人を作らず、人の下に人を作らず。目を細め、顔をページにすりつけるようにして、左蔵はこの一文を何度も何度も心に深く刻み込みました。人間の価値は、生まれや身分などというちっぽけなもので決まるものではない。権威を笠に着てふんぞり返る教師たちへの強い嫌悪感は、左蔵をヤンキー、つまり自己主張の強すぎる異端児へと変貌させていきます。そして、4年時に彼と学校側の決定的な対立を引き起こす事件が起こります。生徒たちが心待ちにしていた修学旅行が何の前触れもなく突然中止にされたのです。理由は、日露戦争の時節柄、浮かれているのはよろしくないという教師たちの体面を気にしただけの曖昧なものでした。前日まで行くと言っていたにもかかわらず、一方的な都合で予定を覆す教師たち。講堂に集められた生徒たちが諦めの重い沈黙に沈む中、左蔵は一人、怒りに身を震わせて立ち上がりました。はっきりとした理由もなく、突然中止にするというのは到底納得がいきません。左蔵の鋭い声が静まり返った講堂に響き渡ります。教師は顔を真っ赤にして、寝る間も惜しんで真剣に考えた結果だ、と険圧的に怒鳴りつけました。しかし、左蔵は一歩も引かずに真っ向から睨み返します。寝ながら考えたような決定で、私たちの切実な思いを平然と踏みにじるのですか。理不尽な権力にはいかなる対価を払おうとも絶対に屈してはならない。その強い自我が左蔵を突き動かしていました。放課後、左蔵は憤る同級生たちを教室に集め、熱っぽい声で呼びかけます。学校が行かないというのなら、自分たちの手で旅行を決行しようではないか。それは、学校という絶対的な権力に対する前代未聞のストライキの首謀でした。計画はすぐに教師の耳に入り、参加すれば退学や落第にすると厳しい脅しがかけられます。
恐怖で怯える生徒もいる中、佐蔵は友人を一人引き連れ、堂々と校長室のドアを叩きました。先生方から持ちかけてきた話を筋も通さずに一方的に破棄するのはおかしい。私たちは実地を学ぶために出発します。威圧感のある校長を前にして、佐蔵は一切ひるむことなく毅然と宣言しました。そして深夜の駅のホームに集まったのは、佐蔵の呼びかけに同調した20名ほどの生徒たち。彼らは学校の厳しい静止を振り切り、単独での旅行を強行したのです。若き日の佐蔵が放った権威と理不尽への強烈な反逆ののろしでした。このストライキの代償は決して軽いものではありませんでした。佐蔵たちは3週間の停学処分を受け、成績の終身点を大きく減点されるという厳しい処罰を受けます。当然のごとく、もらえるはずだった名誉ある優等賞も無情に剥奪されました。周囲の大人たちは彼を自分の筋を通すためなら何をしでかすかわからない、手のつけられない危険な男だと白眼視します。しかし佐蔵の心には一片の後悔も権力に屈した敗北感もありませんでした。権威に決してこびず、自らの信じる筋を泥臭く貫き通す。その強靭な精神は、ある日、福岡の街角で決定的な出会いを果たします。父親に連れられて訪れた展示即売会で、佐蔵は一枚の古い水墨画の前から足の根が生えたように動けなくなりました。それは江戸時代の破壊の前奏、仙外義梵が描いた四月布袋という風変わりな戯画でした。大きな袋を下げ、腹を丸出しにした布袋様が傍らの子供と共に楽しげに空の月を指さしています。描かれている線には一切の無駄がなく、気品とユーモアが見事に同居していました。権力や肩書きなど気にも留めず、世間の常識を笑い飛ばし、ただ物事の本質である月だけを見つめている。その自由で力強い姿に、佐蔵は魂をわしづかみにされたのです。佐蔵は父親に懇願し、なけなしの5円でその絵を買い求めてもらいました。この絵は生涯にわたって彼を支え続ける心の拠り所となります。世俗の価値観や見せかけの権威に怯えることなく、ただ真実のみをまっすぐに指さして生きる。仙外の描いた布袋の姿に、佐蔵は己の人生の羅針盤をはっきりと見出したのです。病弱でベベと嘲笑された惨めな少年は、今や理不尽な壁に立ち向かう不屈の精神を手に入れました。そして鋭い活眼を持った若き志士の見据える先には、やがて彼を待ち受けるさらなる大きな舞台があったのです。周囲の猛反対を押し切り、故郷を旅立った佐蔵は、関門海峡を越えて新たな学び屋の門をくぐります。彼が目指したのは、実業界の最高学府として名高い神戸高等商業学校でした。当時の神戸の町は、日露戦争の勝利に沸き立つ異様な熱気の中にありました。港には世界中から物資が集まり、好景気を謳歌する人々が町にあふれ、株の暴騰によって一夜にして莫大な財をなす者も
決して珍しくない時代だったのです。きれいごとでは飯は食えん。商いとはいかにして多くの利益をかき集めるか、ただそれに尽きるのだ。地元の経済界の重鎮でさえ、学生たちの前で堂々と拝金主義を肯定する演説をぶつほど、世間は金に酔いしれていました。しかし、佐三の心は周囲の熱狂とは全く別の場所を見つめています。福沢諭吉の教えを胸に刻み、不条理に抗ってきた彼にとって、己の利益だけを追い求める大人の姿は、人間の尊厳を捨てる卑しい行為にしか見えなかったのです。誰もが金の匂いに群がる競争の時代において、佐三の生涯を決定づける運命の出会いが待っていました。一人目は、学生たちを己の我が子のように慈しむ校長の水島哲也です。水島は日本中に蔓延しつつある利益至上主義の世相を深く憂い、教団から若者たちに向けて熱を込めて語りかけました。単なる学問の場を超えて、人間としての真の生き方を問うその声は、静まり返った教室に響き渡ります。諸君、富を得ること自体は決して悪ではない。だが、その金色の輝きに、己の魂まで奪われてはならない。気高き武士のような誇り高き志と、商人の鋭い才覚。その二つを合わせ持ってこそ、初めて国家を支える真の事業となるのだ。金銭の鎖に縛られた惨めな奴隷にだけは絶対になってはならない。水島の放ったこの魂の叫びは、佐三の胸の奥底に雷鳴のような衝撃をもたらしました。事業というものは、決して個人の私腹を肥やすための薄っぺらな道具ではない。社会のために、そして国家の未来のために尽くす、極めて尊い使命なのだ。病弱ゆえに内にこもり、考えに考え抜く習慣を身につけていた佐三の心に、生涯決して揺らぐことのない強烈な哲学が芽生えた瞬間でした。この教えは、後に彼が巨大な壁に直面するたびに、己を奮い立たせる絶対的な指針となっていきます。さらにもう一人、佐三の商売の骨格そのものを作り上げることになる恩師がいます。商業概論を教える内池蓮吉教授です。内池もまた、目先の利益ばかりを貪ろうとする当時の薄っぺらな商業のあり方を痛烈に批判し、学生たちの常識を覆しました。これからの時代において、商人が果たすべき本当の役割とは何かを鋭い視点で解き明かしたのです。品物をただ右から左へと流し、その間から小銭をかすめ取るだけのものは、いずれ社会から不要とされ消えゆく運命にある。真に求められる商人とは、苦労して物を作り出す者と、それを必要とする者の間に立ち、両者を直接結びつける太い架け橋でなければならない。自分たちだけが儲かるのではなく、関わる者すべてに利益をもたらす存在になれ、という教えでした。無駄な仲介者を徹底的に省き、作り手と使い手の双方に豊かな恩恵をもたらす。この教授の画期的な教えは、佐三の柔軟な頭脳の中で鮮やかな青写真へと変わっていきます。広大な地域を網羅し、消費者のもとへ直接安く品物を届けるという
壮大な流通ネットワークの構想。後に彼が命がけで築き上げる巨大な事業の原点が、この小さな教室の中で確かに形作られていったのです。そして、卒業の時期が近づいた佐三は、学生生活の集大成としての論文執筆に取り掛かります。彼が選んだテーマは、故郷にも近い筑豊の炭鉱と若松の港に関する研究でした。机の上に積まれた書物だけに頼るような浅はかな真似はしません。彼は自らの足で広大な炭鉱地帯や活気ある港を歩き回り、現場の生きた数字と熱気を徹底的に拾い集めていきました。当時はまさに石炭の全盛期です。黒いダイヤと呼ばれた石炭が近代日本の産業を力強く回し、国の富を支えている時代でした。誰もがこの石炭のもたらす繁栄が永遠に続くと信じて疑いません。しかし、膨大な現場のデータを緻密に分析した佐三の視線は、遥か遠い未来の現実を冷ややかに見透かしていました。現在の採掘の限界とコストを冷静に計算すれば、わずか半世紀のうちに石炭の時代は終焉を迎えるだろう。佐三は論文の中で世間の熱狂に冷水を浴びせるような結論を堂々と書き記します。常識を疑い、自らの頭で考え抜いた結果導き出されたこの予言は、後に寸分たがわず的中し、歴史がその正しさを証明することになります。では、硬い石炭に代わって、次の時代の動力源となるものは一体何か。佐三は、まだ用途が限られていた液体の資源、石油の持つ無限の可能性に着目しました。燃えかすが出ず、輸送も容易であり、エネルギーとしての効率が石炭よりも格段に高い。いずれ世界の海を渡る巨大な船も、陸を走るすべての機械も、石油を求める時代が必ずやってくると断言したのです。情報が極めて乏しかった明治の時代に、一回の学生が世界のエネルギー革命の到来を正確に予言したのです。鋭い洞察力と自らの足で稼いだ生きた知識。それらが融合したとき、佐三の活眼は誰も見たことのない未来の景色を鮮明に捉えていました。それは単なる学生の論文の域を完全に超えた壮大な国家戦略の設計図でもありました。恩師たちから授かった強靭な哲学と、時代を先読みする圧倒的な眼力。これらを武器に、佐三はいよいよ実社会という荒波の中へ漕ぎ出そうとしていました。当初、彼は国家のために身を捧げるべく、外交の道を志したこともあります。大国を相手に堂々と渡り合う外交官の姿に、自らの理想を重ね合わせていたのです。しかし、実家で商いを営む父親から、国のために尽くすなら、巨大な組織の歯車になる必要はない。己の足で立ち、己の道を切り開け、と諭され、その決意を改めます。国家を支える道は、決して官僚になることだけではない。一人の商人として、泥にまみれながらでも、社会を豊かにし、国に奉仕することはできるはずだ。若き佐三は、エリートコースを捨て、誰も想像すらしない
無謀な最初の一歩を踏み出すことになります。神戸高等商業学校という当時の実業界において最高峰の学び屋を卒業する若者たちの前には、栄光に満ちた輝かしいエリートコースが約束されていました。彼らの多くは巨大な財閥系企業や銀行、あるいは国家を動かす官僚組織へと進み、華やかな背広に身を包んで近代日本の指導者層に連なっていくことになります。しかし、同級生たちが胸を張って大組織の門をくぐる中、佐三が自らの人生の第一歩として選び取った場所は、周囲の誰一人として想像すらできないような、あまりにもちっぽけで泥臭い世界でした。彼が向かったのは、神戸市兵庫区の路地裏でひっそりとのれんを掲げる堺商店という名の名もなき小さな問屋だったのです。その店は主に小麦粉と機械用の潤滑油を扱う零細な個人商店に過ぎませんでした。店主の他に働いているのはわずかな人数の見習いのみ。最高学府で最先端の経済学や商業概論を学んできた若者が飛び込むにはあまりにも場違いな環境です。この耳を疑うような決断が知れ渡ると、同窓の友人や先輩たちは一様に呆れ果て、容赦ない侮蔑の言葉を浴びせかけました。せっかくの一流校を出ておきながら、なぜわざわざ泥水をすするような真似をするのか。あいつは完全に狂っている。名門の看板に泥を塗る恥さらしだ。と、口々に佐三を罵倒したのです。華々しいエリートの世界から自ら転落していくかのような佐三の姿は、彼らの目には愚か者の極みとしか映りませんでした。しかし、どれほど手ひどく面罵されようとも、佐三の心はみじんも揺らぐことはありませんでした。彼の胸の奥深くには、いつの日か必ず自らの手で独自の事業を立ち上げ、誰も見たことのない商いの城を築き上げるという途方もなく熱い野心がマグマのように煮えたぎっていたからです。巨大な組織の歯車の一つとして安全な椅子に座り、全体像も見えないまま書類を右から左へ動かしているだけでは、真の商売の力は決して身につかない。彼はそう確信していました。自らの道を切り開くためには、商いの最前線である現場というどん底に身を投じ、ありとあらゆる苦労を好みに刻み込まなければならない。仕入れから販売、資金繰りから得意先との泥臭い駆け引きに至るまで、商売の骨格のすべてを自らの目で見て、手で触れて学ぶためには、小さな商店こそが最高の学び屋である。他人の定めた見せかけの権威や体面など、自らの頭で考え抜く活眼を持った佐三にとっては、取るに足らない幻影に過ぎませんでした。権威を笑い飛ばしたあの仙外の絵のように、佐三はただ己の信じる本質だけを見据え、迷うことなく堺商店の古びた敷居をまたいだのです。しかし覚悟の上であったとはいえ、堺商店でのでっち奉公としての現実は、頭でっかちになりがちなインテリ学生のプライドを根底からへし折るような過酷極まるものでした。佐三の日常は角帯をきつく締め直し、粗末な前掛けを身につけて、己の体重よりもはるかに重い荷物を満載した第八車を引くことから始まりました。扱うのは重たい小麦粉の袋や
強い匂いを放つ機械油の缶です。顔も手も真っ白な粉にまみれ、着物には油の染みが染み込み、神戸の賑やかな街中を朝から晩まで這いつくばるようにして駆け回る、泥まみれの肉体労働の連続でした。炎天下の夏は、玉のような汗が全身から吹き出し、木枯らしの吹く冬は、かじかむ手に息を吹きかけながら、重い車輪を押し進めなければなりません。時折、立派な身なりで街を闊歩するかつての学友たちとすれ違うこともありました。彼らは、泥だらけの砂像を見て嘲笑の視線を向けましたが、砂像は決して顔を伏せることなく、黙々と荷車を引き続けました。一銭一輪の利益を生み出すことがいかに困難であるか。得意先に頭を下げ、冷たくあしらわれながらも信用を築き上げていくことが、どれほど骨の折れる作業であるか。学校の机の上では決して学ぶことのできない、生々しく血の通った商いの真実を、砂像は自らの汗と涙を代償にして、貪欲に吸収していったのです。そんな過酷な日々の中で、砂像の魂を最も強く揺さぶり、彼の一生を決定づけることになったのは、商売のノウハウではなく、一人の人間の底知れぬ温かさでした。それは、堺商店の主人である堺海一郎の従業員に対する深い慈愛の姿です。海一郎は夜明け前から夜更けまで、誰よりも身を粉にして働き続ける実直そのものの男でした。そして何より、見習いとして働くわずかな数の若い従業員たちを、単なる労働力としてではなく、まるで血を分けた己の家族であるかのように、心から大切に扱っていたのです。店の資金繰りが苦しい時でも、海一郎は決して従業員たちを見捨てようとはしませんでした。失敗をして損失を出してしまった時も、頭ごなしに怒鳴りつけるのではなく、なぜ失敗したのかを共に考え、次へと向かう勇気を与えてくれるような温かい度量の持ち主でした。その背中を毎日食い入るように見つめながら、砂像の胸には熱い塊がこみ上げてくるのを感じていました。共に働く者を身内のように愛し、信じ抜くこと。人間を根本から大切にしなければ、いかなる事業も砂上の楼閣に過ぎないのだ。利益だけを冷酷に追い求める、拝金主義が蔓延する殺伐とした世間の中で、堺商店のささやかな営みは、砂像に商売における人間としての真実の姿をはっきりと突きつけていました。従業員との間に結ばれた温かな絆こそが、組織を強靭にし、いかなる絶望的な困難をも乗り越える最大の原動力となる。この泥まみれのでっち奉公の中で、砂像の胸に深く刻み込まれた海一郎の無言の教えは、やがて強烈な信念へと昇華していきます。後に砂像が出光を立ち上げ、大家族主義という世界企業市場にも類を見ない独自の経営哲学を掲げ、幾多の視線をくぐり抜けていくその絶対的な原点は、間違いなくこの小さな神戸の店にあったのです。歳月が流れ、出光が日本の経済界を揺るがすほどの巨大な企業へと成長を遂げた後も、砂像の心からこのささやかな店で受けた深い恩義が消え去ることはただの一度もありませんでした。彼はどんなに多忙を極める身となっても、神戸の地を訪れる機会があるたびに必ず自らの支援によって再興された
堺商店へと足を運びました。会社のトップとしての威厳を脱ぎ捨て、一人のかつての丁稚に戻って、その懐かしい店の敷居をまたいだのです。それは、自らの原点を決して忘れないという、義理と人情に厚い佐蔵ならではの行動でした。その再興された堺商店の一角には、すでにこの世を去った主人、堺海一郎の遺影が静かに飾られた特別な部屋が設けられていました。佐蔵はその部屋を自らの心の中で密かに謝恩の間と名付けていました。遺影の前に立つと、彼は姿勢を正し、深く、深々と頭を垂れて、長い時間じっと目を閉じて祈りを捧げるのでした。数千、数万の社員を率い、国家権力や国際的な巨大資本と渡り合う強大な存在となっても、彼の精神の奥底にあるのは、かつて前掛けを締めて荷車を引いていたあの頃の純粋な情熱と深い感謝の念だったのです。エリートの道を潔く捨て去り、あえて自ら最も険しい泥まみれの茨の道を選び取った若き日の決断。そしてそこで得た人間を愛し尊重するという生きた哲学は、出光佐蔵という人間の器をどこまでも広く、底知れぬほど深くしていきました。机上の空論ではなく、血と汗に濡れた現場からつかみ取ったこの魂の羅針盤を胸に抱き、佐蔵はいよいよ自らの力で荒れ狂う大海原へと漕ぎ出していく時を迎えます。しかし彼が立ち上がろうとしたまさにその瞬間、故郷から佐蔵の心を根底から引き裂くようなあまりにも残酷な知らせが届くことになるのです。堺商店での過酷な修行にも慣れ、商いの何たるかを身をもってつかみかけていた佐蔵のもとに、ふるさとの赤間村から信じがたい凶報が飛び込んできたのは、まさにそんな矢先のことでした。裕福だったはずの実家が完全に没落したというのです。時代は急速な近代化の波に現れ、ドイツなどから安価で均一な化学染料が怒涛のように国内へ流れ込んでいました。父が長年手塩にかけて守り抜いてきた伝統的な藍玉の商いは、その文明開化の荒波に抗いきることができず、ついに倒産という悲劇的な結末を迎えてしまったのです。佐蔵が幼い頃から慣れ親しみ、立派な構えを誇っていた生家の屋敷は、借金の形として人手に渡り、出光家は一家離散の浮き目にあっていました。両親は夜逃げ同然で住み慣れた村を追われ、戸端の町へと移り住んだと聞かされます。頭の中が真っ白になった佐蔵は、気の身気のままで汽車に飛び乗り、家族が身を寄せているという戸端の町を血眼になって探し回りました。ようやく探し当てたのは、裏ぶれた裏長屋にある今にも崩れそうな薄暗い借家だったのです。庭先に細々とした日用品を並べ、その日暮らしのわずかな小銭を稼いで孤高をしのぐ母の姿は、かつての豊かな暮らしを知る佐蔵の胸を鋭い刃物でえぐるように締め付けました。しかし何よりも佐蔵の心を深く打ち砕いたのは、母と共にそのボロ家に暮らしていたまだ10歳になったばかりの末弟圭介のけなげな振る舞いでした。当時子供たちの間ではゴム製のマリで遊ぶことが大流行していましたが、圭介は家計の苦しさを子供心に痛いほど察し、マリが欲しいと決して母にねだることはなかったのです。久しぶりに会った立派な身なりの兄を見て、
ようやく子供らしい無邪気な笑顔を見せた弟を前にして、佐三は己の無力さを激しく呪いました。一刻も早く自分が独立して店を持ち、この惨めな長屋から愛する家族を救い出さなければならない。長男としての責任感と家族への深い愛情が佐三の心を焦がします。しかし、一回のでっち奉公の身に過ぎない佐三の懐には、事業を起こすためのまとまった資金など、どこを叩いても出てくるはずがありませんでした。独立という熱い野心と、家族を救いたいという切実な願いは、残酷な現実という分厚い壁の前に、無残にも打ち砕かれようとしていました。神戸に戻った佐三は、深い絶望と焦燥感に苛まれる日々を送ります。いっそ商売の道を諦め、手っ取り早く日銭を稼げる別の生き方を探すべきではないかと、弱音すら頭をよぎるほど、身も心も憔悴しきっていたのです。そんな真っ暗な迷路の底でうなだれる若者の前に、ある日、一人の男性がふらりと姿を現しました。その人物は、飛騨重太郎。佐三が神戸高等商業学校に通っていた頃、長男の家庭教師として出入りしていた縁を持つ、淡路島出身の資産家でした。世間の煩わしいしがらみを嫌い、悠々自適の生活を送っていた飛騨は、学生時代から佐三の裏表のない実直な性格を深く愛していました。そして、最高学府を出ながらもでっち奉公を選び、泥まみれになって前掛け姿で荷車を引く佐三の働きぶりを、遠くから密かに見守り続けていたのです。春のうららかな陽光が降り注ぐ日、飛騨は思い詰めた顔の佐三を誘い出し、西宮から宝塚へと続くのどかな山道を共に歩きました。満開の桜が風に舞う中、飛騨は不意に足を止め、うつむき加減に歩く佐三の目をまっすぐに見据えて、静かに口を開きました。君は独立を考えているのだろう。その資金なら私が用意してあげよう。耳を疑い、言葉を失う佐三に対し、飛騨はこともなげに驚くべき提案を続けたのです。飛騨は自身が所有している京都の別荘を処分し、その売却益の中から当時の金額で6000円という途方もない大金を佐三に提供するというのです。現在の価値に換算すれば数千万円にも上る莫大な金額です。あまりの申し出に驚愕し、血のつながらない他人様からそのような大金は到底受け取れないと誇示しようとする佐三を、飛騨は静かに手で制しました。そして、普段の温和な顔を引き締め、この金を受け取るための3つの厳格な条件を突きつけたのです。第一に、店で働く者たちを血を分けた家族として慈しみ、決して見捨てないこと。第二に、いかなる困難に直面しようとも、自らの信じる商いの道を最後まで曲げないこと。そして最後に、私がこの金を用意したことは、生涯誰にも口外しないことだ。利息はいらない。いつか事業が成功しても、この金を返済する必要すらない。ただひたすらに、己の信じた道を突き進んでほしい。それは、見返りを一切求めない、無償の愛と深い期待の証でした。世間では、金の力がすべてを支配し、己の利益のためなら、
人を裏切るのが当たり前とされていた競争の時代です。しかし、目の前にいるこの男は、縁もゆかりもない一人の若者の未来に、自らの財産を惜しげもなく投げ出そうとしているのです。飛騨の底知れぬ器の大きさと、海よりも深い慈愛に触れ、佐蔵の目からとめどなく熱い涙があふれ出しました。必ずや、この第四に報いる人間になってみせます。声を詰まらせながら、深々と頭を下げる佐蔵の胸の内に、単なる金儲けの事業ではない、人間を何よりも尊ぶ新しい商いの魂が確かな産声を上げました。一生をかけても返しきれないほどの温かな愛を受け取った獅子は、もう二度と迷うことはありません。絶望の淵からすくい上げられた佐蔵は、涙を拭い、力強く顔を上げました。彼がまっすぐに見据える先には、激しい潮流が渦巻く関門海峡と、無限の可能性を秘めた新天地、文字の港がありました。恩人からの無償の愛と、恩師からの確固たる哲学、そして家族を守り抜くという強烈な覚悟。すべての準備は整いました。後の世に海賊と呼ばれ、世界を震撼させることになる男の怒涛の快進撃がいよいよ幕を開けようとしていたのです。明治44年、1911年、初夏。恩人である飛騨重太郎からの6000円という途方もない大金を懐に抱き、27歳となった佐蔵は新たな門出の地に立っていました。彼が選んだのは、激しい潮流が渦巻く関門海峡を望む港町、門司です。当時の門司は、筑豊炭田から掘り出された石炭や、国内外の小麦などが集積する特別積み出し港として、凄まじい活気に満ち溢れていました。行き交う無数の荷車、響き渡る汽笛の音、立ち上る黒煙。佐蔵の鋭い眼光は、この喧騒の中に無限に広がる新天地の可能性をしっかりと見据えていたのです。独立を果たすにあたり、佐蔵は自らが扱うべき商品をすでに心に決めていました。それは華やかな消費物資でも一攫千金を狙える投機的な商品でもありません。工場や炭鉱の機械を動かすための黒く地味な液体、すなわち機械油、潤滑油です。堺商店での過酷なデッチ暴行の中で派手さはないものの、機械油こそが商いの屋台骨を支える確実な商品であることを佐蔵は肌感覚として掴み取っていました。大きな野望を胸に秘め、佐蔵は迷うことなく日本石油の下関支店へと向かいます。佐蔵が面会を求めたのは、日本石油下関支店長の谷川湊でした。堺商店のデッチ時代から顔見知りであった谷川に対し、佐蔵は単刀直入に、機械油の特約店にしてほしいと迫ります。しかし、谷川の反応は冷ややかなものでした。佐蔵君、これからの時代は電動モーターだ。蒸気機関はやがて姿を消し、機械油の需要は先細りになるに決まっている。悪いことは言わない。考え直しなさい。近代化の波を理由に難色を示す谷川。しかし、佐蔵は微塵もひるむことなく、
前のめりになって熱弁を振るい始めます。支店長、確かに機械湯は地味で、売り歩くのが骨の折れる代物であることは承知しています。しかし、機械にとって油とは、人間にとっての毎日の食料と全く同じなのです。たとえ動力が蒸気から電気に変わろうとも、鉄と鉄が激しく摩擦して動く機械が存在する限り、それを滑らかに動かし続けるための潤滑油は絶対に不可欠である。かつて神戸工商の卒業論文で、エネルギーの未来を徹底的に調べ上げた佐蔵の言葉には、揺るぎない確信と重みがありました。需要は決してなくなりません。私はこの商いで確実に安定した基盤を築いてみせます。一介の若者の口から飛び出す壮大かつ緻密な未来のビジョン。その圧倒的な熱量と油に対する恐るべき執念に気をされ、指物谷川も思わずため息をつきました。わかった。気難しくて誰もが敬遠する機械湯で、そこまでの確信を持って成功できるというなら、君は何をやっても成功するだろう。君の覚悟を信じよう。ついに谷川が折れ、出光商会は日本石油の特約店としての認可を勝ち取ったのです。巨大な既得権益の壁に、佐蔵の論理と情熱が最初の風穴を開けた決定的な瞬間でした。文字の目抜き通りである東本町2丁目。その一角にある小さな木造2階建ての家屋に、出光商会という真新しい看板が誇らしげに掲げられました。事務所の壁には、神戸工商の水島校長から贈られた紫根詳細の額が厳かに飾られています。知らせを聞いた父の登録や兄の雄平、弟たちも次々と門司へ集結し、家族総出での賑やかな船出となりました。飛騨重太郎との家族のように仲良く働くという約束が、ここに形となって確かな産声を上げたのです。しかし、希望に満ちた船出とは裏腹に、現実は氷のように冷酷でした。佐蔵が最初の売り込み先に選んだのは、当時日本の近代化を力強く支えていた筑豊の巨大な炭鉱地帯です。無数の炭車が行き交うその現場こそ、車軸油やグリースの莫大な需要が眠る宝の山だと踏んだのです。しかし、いざ意気揚々と現場へ乗り込んでみると、佐蔵を待っていたのは冷たい拒絶の分厚い壁でした。どこの炭鉱の門を叩いても、新米の油屋など全く相手にされなかったのです。極寒の冬、佐蔵の過酷な営業の日々が始まりました。まだ夜も明けきらぬ朝6時の汽車に飛び乗り、重い見本瓶が何本も入ったバスケットを抱えて、凍えるような炭鉱の街を一日中歩き回ります。容赦なく吹きつける身を切るような寒風に、手足の感覚はすぐに奪われていきました。あまりの寒さに耐えかね、途中の駅で買った熱い茶瓶を股の間に挟み込んで、必死に暖を取らなければならないほど、肉体的にも精神的にも限界を試される毎日が続きました。何より佐蔵を苦しめたのは、現場の購買係たちの冷ややかな視線でした。石炭の粉にまみれて働く彼らの目には、ポケットに経済雑誌をねじ込み、インテリ風のスーツに身を包んで現れる佐蔵の姿がひどく滑稽で
鼻持ちならないものに移ったのです。現場の苦労も知らない理屈ばかりの生意気な若造が、いくら品質の良さを論理的に説明しようとも、彼らは耳を貸そうとしません。左造の誇る至根詳細は、泥臭い現場の感情論の前に無残に弾き返されていきました。さらに、左造のまっすぐな信念を無残に打ち砕くような決定的な理不尽が襲いかかります。何度冷たく断られても諦めずに通い詰める左造に対し、ある炭鉱の購買担当者が薄ら笑いを浮かべながら忌まわしい言葉を耳元でささやいたのです。理屈や品質の話はもういい。魚心あれば水心という言葉を知っているだろう。ここに油を収めたいのなら、それなりの誠意を見せてもらおうか。それは露骨な袖の下、すなわち賄賂の要求でした。当時の業界の片隅に深く蔓延していた腐敗した癒着の現実が立ちはだかったのです。その卑劣でさもしい言葉を聞いた瞬間、左造の顔は激しい怒りで真っ赤に染まりました。ふざけるな。質の良い品物を適正な価格で消費者に届けることこそが商人の本来あるべき姿だ。金で信用を買うような卑怯な真似がこの出光にできると思うか。左造の腹の底から絞り出された怒声が薄暗い事務所に轟き渡ります。バカ者。貴様らのような腐りきった連中に私の油は一滴たりとも売らん。自らの手で商談のテーブルを蹴り飛ばし、左造は奮然としてその場を後にしました。不正を絶対に許せない強烈な正義感は、皮肉にも左造自身から商売の門戸を次々と閉ざす結果を招きました。炭鉱地帯での販売網は全く広がらず、飛騨重太郎から託された貴重な6,000円の資金は、人件費や交通費として容赦なく目減りしていくばかりです。帳簿の残高が確実に減っていくのを見るたび、左造の背筋には冷たい汗が流れ落ちました。このままでは第四に報いるどころか、家族を路頭に迷わせてしまう。得体の知れない恐怖と焦燥感が、夜な夜な左造の胸をギリギリと締め付けます。周囲の同業者たちは、あんな頑固なやり方で商売が成り立つわけがない。いずれすぐ潰れるだろう、と冷笑していました。妥協して袖の下を渡し、目先の利益を得るべきではないか。そんな悪魔のささやきが脳裏をよぎったことも一度や二度ではありません。しかし、その度に左造は、飛騨との宝塚の山道での約束を思い返しました。いかなる困難があろうとも、自らの信じる商いの道を最後まで曲げないこと。その誓いだけが、深い暗闇の中で、左造を支える唯一の光だったのです。目先の利益を求めて信念を曲げ、魂を売り渡すくらいなら、いっそ店を畳んで小じになった方がはるかにましだ。左造は奥歯を強く噛みしめ、何度でも己の心を奮い立たせました。炭鉱がダメなら、別の市場を自らの足で切り開くしかない。見せかけのインテリの殻を捨て、もっと現場の奥深くへと泥まみれになって入り込んでいくのだ。絶望的な状況のどん底にあっても、左造の活眼は決して曇ることはありません。暗闇の先にかすかな希望の光を探し求め、彼の鋭い視線は常に動き続けていたのです。文字の港に吹きつける冷たい風。その風にコートの襟を立てながら、左造は
行き交う無数の船や、遠くに見える戸端の工場群の煙突をじっと見つめていました。機械がある場所には必ず油を必要とする人間がいる。私を待っている現場が必ずどこかにあるはずだ。売れない油屋のどん底の苦しみは、やがて佐蔵を現場の実証主義という次なる次元へと導いていくことになります。後に海賊と呼ばれることになる男の本当の泥臭い戦いがいよいよ始まろうとしていました。筑豊の炭鉱地帯で冷酷な現実と腐敗した慣習に直面し、販売網の拡大に行き詰まりを見せていた佐蔵。しかし彼の持つ活眼は決して一つの失敗で曇ることはありませんでした。炭鉱の門が閉ざされたのなら、自らの足で新たな市場をこじ開けるまでだ。冷たい海風が吹きつける門司の港に立ち、佐蔵は遠く視線の先にある戸端の方向を鋭く見据えました。彼が次なる標的として選んだのは、日本の近代化を象徴する巨大な工場が立ち並ぶ工業地帯だったのです。当時の戸端は官営八幡製鉄所の恩恵を受け、無数の煙突が黒煙を空高く吹き上げる活気あふれる町でした。そこには大小さまざまな工場がひしめき合い、機械の轟音が昼夜を問わず鳴り響いています。佐蔵はその轟音の中に潤滑油を必要とする巨大な需要が確実に眠っていることを肌で感じ取っていました。彼は見本瓶の入った重いバスケットを力強く握り直し、再び泥まみれの営業の道を歩み始めたのです。冷たくあしらわれようとも、佐蔵は決して諦めずに工場の門を叩き続けました。そんな過酷な日々の中、佐蔵はある一つの巨大な工場の前にたどり着きます。それは数百名もの従業員が働き、何万台もの紡績機が絶え間なく稼働している大工場、明治紡績でした。これほどの大規模な工場であれば、消費する機械油の量も途方もない規模に上るはずです。佐蔵は意を決し、大きく深呼吸をしてから、工場の薄暗い事務室へと足を踏み入れました。そこでの思いがけない出会いが、どん底にあった出光商会の運命を大きく変えることになります。事務室の片隅には、ゴム製の長靴を履き、油やほこりにまみれた粗末な作業着を身にまとった大柄な男が、どっかりと腰を下ろしていました。気取ったところのないその風貌から、佐蔵は彼を現場の一作業員だろうと思い込み、気さくに声をかけました。ご苦労様です。私は門司から参りました出光商会の者ですが、購買の方にお取り次ぎ願えませんか。男は佐蔵のまっすぐな瞳をしばらく見つめ返すと、人の良さそうな豪快な笑い声を上げました。その飾らない振る舞いの中に、佐蔵は不思議な温かさを感じ取ったのです。油屋さんかね。わざわざ門司からご苦労なこってす。そう言って立ち上がった大男こそ、ただの作業員などではなく、この巨大な明治紡績を束ねる工場長、安川清三郎その人でした。トップ自らが泥臭い作業着姿で現場の空気を吸っている。権威を笠に着てふんぞり返っていた炭鉱の役人たちとはまるで違う。安川のその真摯な姿勢に、佐蔵は深い感銘を受けました。安川もまた、インテリ風の身なりでありながら、目の奥にただならぬ執念を宿すこの若き油屋に強い興味を抱いたのです。
安川の計らいにより、佐蔵は購買担当者や現場の要である技師長の岡田音次郎と面会する機会を得ました。普通であれば、ここで手持ちの見本瓶を並べ、どうか私たちの油を買ってくださいと頭を下げるのが商人の常道です。しかし、佐蔵は彼らを前にして、営業の向上を一切口にしようとはしませんでした。彼はただ一つ、真剣な眼差しで岡田技師長にこう願い出たのです。油を買っていただかなくて結構です。その代わり、どうか私に工場の中を見学させてはもらえないでしょうか。油を売りに来たはずの男が、品物の説明もせずに工場を見せてくれという。その不可解な申し出に岡田たちは戸惑いましたが、佐蔵のあまりにも真剣な気迫に押され、見学を許可しました。それからというもの、佐蔵は毎日のように明治紡績の巨大な工場へと通い詰めるようになります。轟音を立てて高速で回転する無数の紡績機、そして熱気を放つ巨大なスチームエンジン。佐蔵はその機械の前に何時間も座り込み、部品の摩擦や油がどのように滴り落ちるのかを食い入るように見つめ続けたのです。当時の油屋にとって油はただ右から左へ売りさばくための商品でしかありませんでした。しかし佐蔵にとって油とは生き物である機械に命を吹き込む血液そのものでした。彼はただ目で見るだけでなく、機械にべっとりと付着した黒い油を自らの指にすくい取りました。そしてツンと鼻をつく匂いを深く嗅ぎ込み、あろうことかその油を自らの舌に乗せて成分を確かめ始めたのです。泥と油にまみれながら機械と対話する佐蔵の異様な姿に、工場の職工たちは言葉を失い、ただ呆然と立ち尽くしました。当時の常識では、どのような機械であっても指定された画一的な油を同じように注ぐのが当たり前とされていました。しかし、徹底的な観察と自らの舌による実証を重ねた佐蔵は、その常識に強烈な疑念を抱きます。目にも止まらぬ速さで回転する紡績機のスピンドルには、摩擦を極限まで減らすサラサラとした軽い油が必要不可欠だ。一方で、巨大な力で動くスチームエンジンや重い車軸には、全く異なる粘度を持った重い油が求められている。機械の悲鳴を聞き取った佐蔵の活眼が、業界の古い常識を打ち破る瞬間でした。それぞれの機械が最も喜ぶ最適な油を自らの手で作り出すことはできないか。佐蔵の脳裏に幼い頃に見た光景が鮮やかによみがえってきました。それは実家の薄暗い土間で、父が染料の藍玉を絶妙なさじ加減で混ぜ合わせ、独自の美しい色合いを調合していた職人の姿です。そうだ、油も同じだ。配合を工夫すれば、機械に合わせた最高の潤滑油が必ず生み出せるはずだ。佐蔵は急いで文字の店に戻ると、仕入れたさまざまな種類の油を並べ、前掛け姿で独自のブレンド研究に没頭し始めました。粘土計を片手に、佐蔵は幾度となく失敗を繰り返しながら、油の最適な配合比率を探り続けました。手のひらは油で黒く染まり、事務所には強い機械油の匂いが充満していましたが、彼の目には確かな希望の光が宿っています。
外資系の最高級品が持つ成分データを頭の中で独自に解析し、それを安価な国内産の油の調合によって再現しようという途方もない試み。それは机上の空論を嫌い、徹底して現場の事実にのみ寄り添う佐三ならではの泥臭くも科学的な挑戦でした。数日の不眠不休の作業の末、佐三の手元には美しく澄んだ3つの見本瓶が完成していました。それは紡績機用、スチームエンジン用、そして車軸用と、それぞれ完全に異なる粘度を持つ特製のブレンド油でした。佐三はその3本の瓶を大事にバスケットに収めると、再び明治紡績の門をくぐり、岡田技師長のもとへ直行します。技師長、お待たせしました。これがあなたの工場の機械の寿命を延ばし、能率を飛躍的に上げる油です。自信に満ちた佐三の表情には、並々ならぬ凄みが漂っていました。それぞれの機械の特性に合わせて、私が独自に調合しました。品質は外資の最高級品にも決して劣りません。しかも価格ははるかに安く提供できます。熱っぽく語る佐三の言葉に、岡田は深く胸を打たれました。ただ油を売り込みに来るのではなく、自らの足で現場の苦労を知り、機械の性質まで調べ上げた上で解決策を提示してくる。これほどまでに実証的で、消費者への愛に満ちた油屋に、岡田はこれまで出会ったことがありませんでした。わかった。出光くん、君のその熱意と油にかけてみよう。岡田技師長の決断により、出光商会はついに明治紡績という巨大な得意先との大口契約を勝ち取りました。それは権威や古い慣習にこびることなく、ただひたすらに現場の真実だけを追い求めた泥臭い実証主義が見事に実を結んだ瞬間でした。品質の良さと価格の安さを両立させた佐三の特製油は、明治紡績の機械を滑らかに動かし、たちまち現場の職工たちの信頼を集めていきます。閉ざされていた真っ暗な鉄の扉が、若き志士の執念によって、今確かにこじ開けられたのです。しかし、商いの世界は、そうたやすく全てが好転するほど甘いものではありませんでした。大口の契約が取れたとはいえ、代金が回収できるまでには長い時間がかかり、日々の交通費や商品の仕入れ代金が容赦なく佐三の懐を削っていきます。飛田重太郎から託されたあの6,000円の資金もついに底が見え始めていました。このままでは店を畳むしかないかもしれない。深夜の静まり返った事務所で薄暗いランプの火を見つめながら、佐三の胸に初めて冷たい弱音がよぎるほどの絶望的な資金繰りの苦悩がいよいよ彼に襲いかかろうとしていたのです。資金繰りの悪化により、恩人から託された6,000円も底を突きかけ、出光商会は存亡の危機に立たされていました。しかし、佐三は決して絶望の淵に沈んだままではありませんでした。どうすればこの窮地を脱することができるのか。冷たい潮風が吹き抜ける文字の港をあてもなく歩きながら、彼は鋭い視線を周囲へと巡らせていました。その時、彼の活眼が港の風景の中にある決定的な変化を見逃さず捉えたのです。佐三の目に飛び込んできたのは、関門海峡の荒波に揺られながらひしめき合う無数の漁船の群れでした。時代はまさに日本の沿岸漁業が大きな転換期を迎えようとしている真っ只中だったのです。
それまでの風を頼りとする帆船から、ポンポン蒸気と呼ばれる独特のエンジン音を響かせる動力船へと、漁船の姿が急速に変わりつつありました。佐蔵は、波止場に立ち並ぶ無数の船を見つめながら、そのエンジンが飲み込む膨大なエネルギーの行方に思考を巡らせていきます。漁師たちの現状を徹底的に調べ上げた佐蔵は、そこに潜む理不尽な事実に気づきました。彼らは既存の石油会社の言葉を鵜呑みにさせられ、上質な灯油を使わなければエンジンがダメになると思い込まされていたのです。そのため、過酷な海で命がけで稼いだ利益の多くが、不当に高価な燃料代として消えてしまっていました。消費者が無知であることをいいことに、一部の商人が暴利を貪っている。その現実は、商いの正道を重んじる佐蔵の怒りに火をつけました。自動車の時代が来るのを悠長に待っている必要などない。佐蔵の胸の奥で新たな希望の炎が激しく燃え上がりました。目の前の海には毎日大量の油を必要とする巨大な燃料市場が誰の目にも触れぬまま無限に広がっているではないか。高価な灯油ではなく安価な軽油を使わせれば漁師たちの生活は劇的に向上するはずだ。正気を確信した佐蔵の足取りはもはや迷いを完全に振り払っていました。思い立ったが吉日、佐蔵はすぐさま関門海峡を船で渡り、対岸の下関へと向かいました。彼が標的に定めたのは、多数の動力船を有する大手漁業会社、山上組の漁師たちの宿舎です。薄暗い宿舎の扉を勢いよく開け放つと、そこには過酷な漁を終え、半裸でゴロ寝をしている荒くれ者の漁師たちがひしめいていました。彼らは、突然現れたスーツ姿のインテリ風の男を、いぶかしげな眼差しで眠めつけます。殺気すら漂う空間で、佐蔵は少しもひるむことなく、腹の底から声を張り上げました。あんたたち、いつまで高い灯油を燃やして損をし続けるつもりだ。驚く漁師たちを前に、佐蔵は言葉を畳みかけます。エンジンを回すだけなら、下級の軽油で十分だ。私が調合した油を使えば、燃料代は今の半分で済む。漁師たちを豊かにしたいという佐蔵の純粋な熱情が、宿舎の中に響き渡りました。しかし、漁師たちの反応は冷ややかなものでした。ふざけるな。得体の知れない油を使って大事なエンジンが腐っちまったらどう責任を取るんだ。口々に罵声を浴びせ、佐蔵を力ずくでつまみ出そうと立ち上がる者まで現れます。一触即発の空気が流れたその時、奥の部屋から一人の男が静かに進み出てきました。山上組の幹部であり、専門的な水産学を修めた白石洋次郎でした。白石は騒ぐ漁師たちを制止し、佐蔵の主張に真剣に耳を傾けました。そして佐蔵が示す油の成分データと燃費の計算を詳細に検討した結果、その理論が科学的に全く正しいことを見抜いたのです。この男の言う通りだ。うちの船はこれからすべて出光の軽油で動かす。白石の鶴の一声により、佐蔵は見事に大口の契約を勝ち取りました。しかし、
二人が固い握手を交わそうとした瞬間、白石がふと表情を曇らせました。出光さん、あんたの店は文字だろう。下関の我々に油を売れば大問題になるぞ。白石の言葉は、当時の石油業界を支配していた絶対的な掟をついていました。特約店には厳格な縄張りが定められており、海峡を越えて他人の証券で商売をすることは破門にも等しい重罪だったのです。いくら品物が良くても掟を破るわけにはいかない、と難色を示す白石に対し、佐蔵の口元には不敵な笑みが浮かんでいました。心配には及びませんよ、白石さん。佐蔵は眼鏡の奥の瞳を鋭く光らせ、とんでもない奇策を口にしました。私は下関の陸の上では油を一滴も売りません。揺れる海の上で船に直接油を売るなら誰からも文句は出ないでしょう。縄張りの線引きが及ばない海上で給油を行うという誰も想像すらしたことのない型破りな発想。白石はあっけに取られながらも、この常識破りの若者の執念に深く感嘆の息を漏らしました。海上での直接給油を決意したものの、解決すべき技術的な課題がありました。常に波で揺れ動く船の上では、通常の四角いマスを使って油を正確に量り売りすることなど不可能です。佐蔵はすぐさま工作の得意な弟の広を呼び寄せ、試行錯誤の末にガラス管を用いた独創的な駒型の計量器を開発しました。いかなる悪天候の海でも決して目盛りが狂わない魔法の装置。彼らはこれを小型の給油船に積み込み、準備を万端に整えたのです。真夜中の関門海峡。黒々とした波がうねる暗闇の中へ、佐蔵たちは小さな天魔船を漕ぎ出していきました。冷たいしぶきを浴びながら、彼らは耳を澄ませて沖合を見つめます。やがて、遠くから、ポンポンという重低音を響かせながら、大量の網を引いた漁船が寄港してくるのが見えました。来たぞ。エンジンの音でうちの客だとわかる。船を寄せろ。佐蔵の号令とともに、給油船は暗闇の波を裂いて、猛然と漁船へと接近していきます。ご苦労さん、今夜も油を持ってきたぞ。揺れる船と船をロープで固定し、佐蔵たちは手際よく特製の計量器を使って漁船のタンクへと軽油を注ぎ込んでいきます。陸の特約店が寝静まっている真夜中の海上で繰り広げられる前代未聞のゲリラ商法。漁師たちも港に着く前に安い燃料を補充できるこの仕組みに大喜びし、出光の油は関門海峡で飛ぶように売れ始めました。しかし、この事態に陸の特約店たちが黙っているはずがありませんでした。自分たちの顧客が次々と出光に奪われていることに気づいた彼らは、激しい怒りに顔を歪めます。他人の縄張りを荒らして回る無法者がいる。あいつらは商人の風上にも置けない。彼らは束になって、親会社である日本石油の幹部へと泣きつき、出光商会への厳しい処分を強硬に求めました。事態を重く見た日本石油は、即座に佐蔵を呼び出し、厳重な叱責を下します。出光君、君の証券はあくまで文字だ。下関で勝手な真似をされては困る。
厳しい口調で契約違反を責め立てる親会社の幹部たち。しかし、佐蔵は顔色一つ変えることなく、堂々と胸を張って言い放ちました。私は下関の陸地では売っていません。海の上に下関とか文字とかの線でも引いてあるのですか。その痛快極まる開き直りに、幹部たちは返す言葉を失いました。既得権益の壁を嘲笑うかのように海をかける佐蔵たちを、同業者たちは畏怖と憎悪を込めて海賊と呼ぶようになります。後に世界を震撼させる異端の集団が、ここに確かな産声を上げたのです。大正3年、1914年、ヨーロッパの空を覆った暗雲は瞬く間に世界中へと広がり、第一次世界大戦という未曾有の戦火が勃発しました。日本も遠く離れたこの戦争に巻き込まれる形で参戦し、世間は異様な熱狂に包まれていきます。しかし、海の向こうの戦争は、日本の経済社会に対して恐るべき激震をもたらすことになります。日々の暮らしや産業を根底から支えていた海外からの輸入物資が、嵐の海を前にしてパタリと途絶えてしまったのです。中でも最も深刻な打撃を受けたのが、近代化の動力源として急成長を遂げていた石油でした。外国からのタンカーが姿を消すと、港から油の気配が失われ、市場の価格は天井知らずの異常な高騰を始めます。昨日まで普通に買えていた油が、今日には何倍もの値段に跳ね上がるという狂乱物価の時代。海を相手にする漁師たちや工場の経営者たちは、機械を動かす血液を奪われ、文字通り青ざめて立ち尽くすしかありませんでした。この絶望的な混乱を国内の石油業者たちは千載一遇の好機として歓喜をもって迎え入れました。彼らは手持ちのなけなしの在庫を倉庫の奥深くへと隠し、市場がさらに飢餓状態に陥るのを舌なめずりしながら待ち構えたのです。需要が極限まで高まったところで、一滴ずつ小出しにして法外な値段をふっかけ、消費者の足元を見て暴利を貪る。悲しいかな、それが当時の商いの冷たい現実であり、誰もが競うように便乗値上げという卑劣な手段に走りました。しかし、出光佐蔵の鋭い活眼は、同業者たちとは全く次元の違う景色を見透かしていました。彼は、大戦の勃発をはるか前から予測し、いずれ必ず訪れるであろう深刻な石油不足の危機を正確に察知していたのです。佐蔵は戦争の気配を感じ取るや否や、正規の特約店ルートはもちろん、普段は忌み嫌っていた町のブローカーに至るまで、ありとあらゆるつてを駆使しました。そして、誰よりも早く、膨大な量の石油を自社の倉庫へと満載し終えていたのです。佐蔵の倉庫には、文字通り、黄金の山が眠っていました。市場から完全に油が消え去った今、この大量の在庫を直で放出さえすれば、出光商会は一夜にして巨万の富を築くことができます。一生遊んで暮らしても使い切れないほどの莫大な利益が、ただ座っているだけで転がり込んでくる状態でした。周囲の同業者たちは、出光はどれほど悪どい値段で売り抜けるつもりか、と、嫉妬と羨望の入り混じった眼差しで、佐蔵の動向を固唾を飲んで見守っていました。目の前に積まれた黄金の山。
しかし、左蔵の胸の奥底には、決して金銭の魔力に屈することのない強靭な哲学のくさびが深く打ち込まれていました。狂乱の史上を前にして彼の脳裏に鮮やかによみがえってきたのは、かつて神戸高等商業学校の静かな教室で聞いた二人の恩師の熱を帯びた声だったのです。それは目先の利益ばかりを追い求める拝金主義が蔓延する時代において、人間としての真の生き方と商人の果たすべき高貴な使命を解き明かしたあの魂の叫びでした。諸君、富を得ること自体は悪ではない。だが、その金色の輝きに己の魂まで奪われ、黄金の鎖につながれた惨めな奴隷にだけは絶対になってはならない。という水島哲也校長の雷鳴のような戒め。いかなる時も気高き武士の誇りを見失わず、国家や社会のために尽くすことこそが真の事業である。左蔵の血肉に染み込んだ至根詳細の教えが、嵐のような誘惑の中で左蔵の精神を微動だにさせない太い柱となって彼を支えつけていました。そしてもう一人、ただ品物を右から左へ動かして利ざやをかすめ取るだけのものはいずれ社会から見捨てられる。真の商人は作り手と使い手を結びつけ、いかなる時も安定して品物を届ける太い架け橋でなければならない。という内池蓮吉教授の静かなる教え。消費者が最も苦しんでいる今この時に、彼らの足元を見て暴利を貪るような真似をすれば、それは恩師たちの教えを裏切り、自らの魂を悪魔に売り渡すに等しい卑劣な行為に他なりません。左蔵は一切の迷いを断ち切ると、厳しい海での漁を終えたばかりの漁師たちが集まる山上組の宿舎へと力強い足取りで向かいました。不安に顔を曇らせる白石洋次郎たちを前に、左蔵は静かに、しかし腹の底から響くような声で信じがたい言葉を口にします。白石さん、世間では油の値段が狂ったように跳ね上がり、どこも法外な時価で売りつけているようですね。しかし、私たち、出光商会は、決してそのような悪どい時価では売りません。驚きで言葉を失う漁師たちに向かって、左蔵はさらに言葉を畳みかけました。あなた方とは、かねてから固くお約束していた適正な価格があります。私はこれからも、その安い価格のままで、皆様の船のエンジンを動かす油を一滴も絶やすことなく供給し続けることを誓います。その言葉は、目先の莫大な黄金を自らの手で捨てるという、商人としてはありえない決断の宣言でした。左蔵の瞳には、商売の正道を歩む者だけが持つ、澄み切った覚悟の光が宿っていました。この前代未聞の宣言は、瞬く間に港中を駆け巡りました。同業他社から高い油を買わされていた船が、次々と燃料不足や高騰に耐えきれず出漁を断念し、港に虚しくつなぎ止められていく中、信じられない光景が広がります。出光商会から油の供給を受けている山上組の船団だけは、何事もなかったかのように力強いエンジン音を響かせ、豊穣な海へと勇ましく出港していくことができたのです。狂乱物価の嵐の中で、出光の顧客だけが完全に守られていました。
出光の親父は狂っている。あんな安値で売れば損をするだけだ。と、周囲の商人たちは嘲笑しました。確かに、佐三は一生遊んで暮らせるほどの莫大な利益を自らの手で海に投げ捨てたのかもしれません。しかし、その代わりに佐三が手に入れたものは何にも代え難い尊い財産でした。出光だけはいかなる危機に陥っても絶対に我々を見捨てない。漁師たちの心に深く刻み込まれた金では決して買うことのできない絶対的な信頼という強靭な絆です。目先の黄金の輝きに惑わされるな。自分ではなく得意先をこそ設けさせよ。机上の空論だと言われてきた恩師の教えが血と汗の通った真実として佐三の胸の奥深くに確固たる根を下ろした瞬間でした。無駄な中間業者を徹底的に排除し、生産者から直接仕入れた品を自らの手で広大な地域の消費者へ直接、安く、そして安定して届ける。後の出光興産の世界的な躍進を支える大地域小売業という壮大な経営哲学は、この関門海峡の荒波の中で決して揺らぐことのない完成を見たのです。国内での強固な地盤を築き上げた出光商会は、文字を起点として九州全土、さらには西日本へと確実にその販売網を広げていきました。利益よりも得意先を設けさせるという大地域小売業の実践は、商人としての信用を確固たるものにし、店には活気が満ち溢れます。同時に従業員たちとの間には、飛田重太郎と約束した家族のように仲良く働くという固い絆が、本物の大家族主義として深く根を下ろしていました。文字の小さな油屋は、今や誰も無視できない確かな実力を備えた企業へと成長を遂げていたのです。しかし、事業が軌道に乗り始めたからといって、佐三が安住の地にとどまることは決してありませんでした。彼の胸の奥深くには、日本という島国の中だけではなく、世界を相手に国家の未来を支えたいという、若き日に抱いた外交官への夢にも似た壮大な野心が燃え続けていたのです。国内の小さな縄張り争いや、同業者同士の足の引っ張り合いに構っている暇はない。関門海峡の冷たい潮風にコートの襟を立てながら、佐三の鋭い視線は、すでに波打つ海の遥か彼方へと向けられていました。大正時代の初め、第一次世界大戦のもたらした未曾有の特需により、日本国内は空前の好景気に沸き返っていました。糸編、金編と呼ばれる産業が莫大な利益を上げ、一夜にして財をなす成金たちが町を闊歩する競争の時代。しかし、出光商会を率いる若き佐三は、そんな国内の浮かれた競争や目先の利益には一切見向きもしませんでした。彼が次なる戦いの舞台としてまっすぐに見据えていたのは、無限の可能性と未開の市場が広がる広大な中国大陸、満州だったのです。当時の満州には、日本の国策によって設立された南満州鉄道、通称満鉄という巨大な組織が君臨していました。何万人もの従業員を抱え、鉄道のみならず海運や炭鉱までをも支配する、まさに大陸における日本の心臓部ともいえる大企業です。しかし、その満鉄が動かす巨大な機関車や
無数の機械の関節を潤す燃料や潤滑油は、アメリカのスタンダード社やバキューム社といった強大な外資カルテルの手に完全に握られていました。世界市場を牛耳るこれら外資の巨人たちは、満州の極寒の気候には全く適さない温帯用の粘度の高い油を平然と売りつけていました。しかも競争相手がいないことをいいことに、不当に高い値段をふっかけて暴利を貪り続けていたのです。巨大な国策会社が自国の資源でもない外資の言いなりになり、無知につけ込まれて国富を搾取されている。その屈辱的な現実は、国家の自立を誰よりも重んじる佐蔵の心に激しい義憤の炎を燃え上がらせました。外資の戦後を打ち破り、日本の手で大陸の動力を支えなければならない。佐蔵はすぐさま行動を起こし、親会社である日本石油の倉庫へと乗り込みます。そこで彼の目に留まったのは、行き場を失い大量に放置されていた秋田産原油から生成された青い油でした。引火点が低いため危険だと敬遠されていましたが、佐蔵はその油が持つサラサラとして寒さに極めて強いという特性を見逃しませんでした。これをベースに独自に調合すれば、満州の氷点下にも耐えうる最高の車軸油が必ず作れるはずだ。佐蔵の突拍子もない提案に対し、日本石油の担当者は呆れ果て、鼻で笑いました。日本からの油には高い関税がかかる。無関税で入ってくる外資の巨大資本に価格で勝てるわけがないだろう。しかし、佐蔵は全く引き下がりません。品質で圧倒し、適正な価格で勝負すれば必ず勝機はあります。調合は私に任せてください。呆れる担当者を熱意と論理でねじ伏せると、佐蔵は完成した特製の見本瓶を大事に抱え込み、単身、雪と氷に閉ざされた極寒の満州へと渡海したのです。冬の満州は、容赦のない白い地獄でした。気温は零下20度をはるかに下回り、吐く息は白く凍りつき、吹きすさぶ風は鋭い刃のように顔を切り裂きます。佐蔵は少しでも経費を切り詰めるため、暖かなホテルに泊まる金すら惜しみ、隙間風の吹き込む機関区の粗末な宿舎に寝泊まりしました。分厚い街灯に身を包み、凍える手をさすりながら、彼は広大な大陸のあちこちに点在する現場の技術者たちを自分の足で一人一人訪ね歩いたのです。内地からわざわざこんな凍える現場にまで足を運んでくれる油屋がいるとは。油にまみれ、機関車のすすに顔を黒くして働く現場の工員たちは、熱心に自社の油の効能を解き、機械と対話しようとする佐蔵の真摯な姿を、心からの驚きと温かさを持って迎え入れました。現場の苦労を知り尽くした佐蔵の言葉は、彼らの胸を打ち、出光の特製油は、現場の技術者たちから確かな支持と信頼を勝ち取っていったのです。現場の力強い後押しを得た佐蔵は、満を持して大連にある満鉄本社の巨大なビルへと乗り込みました。標的は物資の調達を一手に握るヨ土家です。しかし、現場の熱気と歓迎とは裏腹に、立派なデスクにふんぞり返る本社機構の役人たちは、佐蔵に対して氷のように冷淡な視線を向けました。彼らにとって聞いたこともない日本の小さな油屋の提案など、初めから検討する価値すらないものだったのです。満鉄のヨ土家は、長年にわたって外資カルテルと深く癒着し、
すっかりその恩恵に依存しきっていました。佐蔵が何度足を運び、外資の半値という破格の価格と寒さに強い品質の良さを論理的に説明し、見本瓶を置いていっても、彼らは全く取り合おうとしません。検討しておくという空返事のまま、何ヶ月待っても一回の連絡すらよこさず、見本は埃をかぶったまま放置されていました。それは、事なかれ主義と既得権益に縛られた巨大組織の典型的な腐敗の姿でした。現場の技術者たちが求めている最高の油を無視し、不適格な外資の油を高い値段で買い続ける。それが国策会社のやることか。何度冷たくあしらわれても諦めずに通い詰めていた佐蔵でしたが、彼らのあまりにも無責任で国益を損なう態度に、ついに堪忍袋の緒が切れました。妥協を許さぬ男の胸の奥底で、静かに燃えていた怒りのマグマが、凄まじい勢いで噴出する時が来たのです。ある日、薄暗い満鉄本社のヨード化のフロアに、佐蔵の腹の底から絞り出されたような激しい怒声が轟き渡りました。いい加減にしろ！あんな粘度の高い外油をこの極寒の地で使い続けていたら、そのうち必ず車軸が焼けて大事故になりますぞ。権威に怯えることなく、役人たちの怠慢を真っ向から突き上げるその甲高い声は、静まり返っていたオフィスを震わせました。突然の怒号に、奥の席でふんぞり返っていたヨード課長が、顔をタコのように真っ赤にして飛び出してきました。天下の満鉄という巨大な権力の傘の下で、一回の出入りの業者から説教を受けるなど、彼にとっては前代未聞の屈辱でした。貴様、たかが出入りの業者の分際で、誰に向かって物を言っているのか分かっているのか。課長は凄まじい剣幕で、佐蔵の鼻先に向かって吠えたけりました。あんな外油で車軸が焼けるだと？偉そうな口を叩くのも大概にしろ。もし焼けなかったら、貴様はどう責任を取るつもりだ。巨大組織の権威を笠に来た容赦のない恫喝でした。普通の商人であれば、ここで震え上がり、平身低頭して許しを請う場面です。しかし、権力というものをこの世の何よりも嫌悪する佐蔵が、そのような威圧に屈するはずがありませんでした。佐蔵はみじんもひるむことなく、目をカッと見開き、課長をまっすぐに睨み返しました。そして、相手の恫喝をさらに上回る、凄まじい気迫と声量で、一歩踏み込んで言い放ったのです。必ず焼けます。もし焼けなかったら、どんな処罰でも受けましょう。出光を出入り差し止めになさっても一向に構わない。それは、己の品質への絶対的な自信と、妥協を許さぬ商人の誇りが爆発した瞬間でした。自らの退路を完全に断ち切り、会社の命運すらも投げ打って放たれた強烈な啖呵。その底知れぬ覚悟の前に、指物ヨード課長も返す言葉を失い、ただ呆然と立ち尽くすしかありませんでした。佐蔵はキビスを返し、奮然として満鉄本社を後にしました。巨大な既得権益の壁に、孤高の狼が真っ向から牙を向いたこの日、世界を支配する国際石油カルテルとの長きにわたる血みどろの戦いの火蓋が、ついに切って落とされたのです。佐蔵が満鉄のヨード課長に退路を断つ強烈な啖呵を切ってから1年後のことです。大正7年の冬、
記録的な大寒波が満州の広大な大地を容赦なく襲いました。気温は零下20度をはるかに下回り、あらゆるものを凍りつかせる白い地獄の中で、佐蔵が放った不吉な予言は最悪の形となって的中することになります。外資カルテルの温帯用車軸油を注入されていた満鉄の貨車が、寒さで凍りついた油のせいで次々と車軸を焼き切らせ、広大な線路のあちこちで立ち往生し始めたのです。車軸の焼損事故は日に日に恐ろしい勢いで増加し、ついには1ヶ月で1万回を超えるという異常事態に陥りました。機関車が身動きを取れなくなったことで、満州の特産品である大豆の輸送はおろか、治安を担う軍の部隊の移動すらも完全に麻痺してしまいます。近代化の象徴であった南満州鉄道の大動脈が停止するという、まさに国家レベルの未曾有の大惨事でした。誇り高き国策会社は、気候に見合わない外国の油に盲目的に依存し続けた結果、致命的な機能不全へと陥ってしまったのです。満鉄本社は、かつてないパニックに包まれました。ふんぞり返っていた養土家の役人たちの顔から血の気が引き、かつて自分たちを怒鳴りつけた若い油屋の言葉が脳裏によみがえります。プライドを完全にへし折られた彼らは、藁にもすがる思いで、文字の出光商会へ一本の切羽詰まった電報を打ちました。玄関につき、車両燃焼事故続発。至急、見本油を持参されたし。それは、巨大な権威が、一回の民間企業に対して、事実上の白旗を上げた瞬間でもありました。電報を受け取った佐蔵は、この時が来るのを信じて疑っていませんでした。彼はすぐさま苦心惨憺の末に調合した特製の見本油を大事に抱え、再び極寒の満州へと釉薬して渡海します。長春の機関区へと乗り込んだ佐蔵を待っていたのは、プライドをかけて威信を守ろうとするスタンダード社やバキューム社といった外資カルテルの技術者たちでした。事態を収拾するため、彼らとの直接対決による公開の油の性能テストが実施されることになったのです。零下20度を下回る、肌を刺すような深夜の長春。ホテルの中庭に分厚い街灯に身を包み、寒さに震える関係者たちが息を飲んで集まりました。彼らの視線の先には、3つのガラスのコップが静かに置かれています。2つには、外資カルテルが誇る最高級の車軸油が。そして、残る1つには、佐蔵が持参した出光の特製油が注がれていました。鼻水を垂らせば、一瞬で氷の筋に変わるほどの絶対零度の世界で、過酷な流動テストの火蓋が切って落とされます。合図とともに、3つのコップが同時に傾けられました。外資カルテルの油は、冷気に完全に負け、まるで硬い寒天のように凍りついて、ピクリとも動きません。しかし、佐蔵が秋田産の青い油をベースにし、満州の気候に合わせて執念で独自調合した油だけは違いました。コップの縁からトロトロと滑らかに、そして美しく流れ落ちていったのです。みなされ、凍ってはおらん。佐蔵の甲高い声が静まり返った深夜の中庭に高らかに響き渡りました。流動テストでの完全な敗北に焦った外資側の技術者たちは真っ青な顔で強弁を始めました。
コップの中のテストだけでは意味がない。実際に貨車を走らせる実車テストをしなければ結論は出せないはずだ。往生際の悪い要求でしたが、佐蔵は、よーし、やってみようじゃないか、と不敵な笑みで応じます。各社の油がそれぞれの貨車の車軸ボックスに注入され、試験列車は重い蒸気を吐き出しながら、深夜の闇が広がる公主嶺へと向かって出発していきました。満天の星空の下、凍えるような凄まじい寒気の中で、佐蔵はセーターを重ね着し、毛皮のコートに身を包んで、列車の帰還をじっと待ち続けていました。彼の脳裏には、ある悲しい記憶がよみがえっていました。それは、温帯用の外油の危険性を深く憂慮し、頭からマントをかぶって夜の機関区を懸命に調べていた最中に、後ろから来た機関車にはねられて命を落とした顔なじみの若い満鉄技師の姿でした。彼の無念を晴らすためにも絶対に負けるわけにはいかない。夜明け前、東の空がわずかに白み始めた頃、轟音とともに試験列車が長春の機関区へと無事に帰還しました。凍りつくような緊張感の中、満鉄の役人たちと外資の技術者、そして佐蔵が一斉にそれぞれの貨車の車軸ボックスへと駆け寄ります。固唾を飲んで鉄の蓋が開けられた瞬間、彼らが目の当たりにしたのは、誰もが息を飲むような、あまりにも残酷で、そして明確な性能の差でした。外資の技術者たちから、絶望のうめき声が漏れ出します。外資の車軸ボックスからは、潤滑の要となるはずのウールが外へ無残に飛び出していました。油気は極寒の中で完全に失われてカラカラに乾ききっており、あと少し走り続ければ激しい摩擦で間違いなく車軸が焼き切れる寸前の危険な状態だったのです。一方で、出光の油が注入されたボックスは全く違いました。ウールは所定の位置にしっかりと収まったまま、過酷な走行の後でも豊かな油分を保ち、車軸を完璧に滑らかに潤し続けていたのです。誰の目にも出光の科学的かつ圧倒的な勝利は明らかでした。しかし、ここで敗北を認めれば、満州での巨大な利権を失うことになる外資カルテルは、なおも往生際悪く、執拗な難癖をつけてきます。出光の油は、引火点が130度と低すぎる。満鉄の定める160度以上の規格から外れており、火災を引き起こす危険がある。自らの油の致命的な欠陥を棚に上げ、実情に合わない見当違いの規格を盾にして、出光を排除しようという卑劣極まりない悪あがきでした。さらに佐蔵を激しく憤慨させたのは、自らの保身と責任逃れに終始する満鉄用土係の態度でした。彼らは外資の強弁に同調し、規格外の油を正式に採用するわけにはいかないと、またしても結論を曖昧にして先延ばしにしようとしたのです。実車テストで完璧な実証がなされたというのに、巨大資本との長年の癒着と事なかれ主義の前には、真実すらも無力にもみ消されてしまうのか。怒りで全身を震わせる佐蔵が、再び激しい啖呵を切ろうと口を開きかけた、まさにその時でした。待ってもらおう。うちに極めて素晴らしい油がある。重苦しい空気を切り裂くように進み出てきたのは、満鉄と同じ満州の過酷な環境下で陸軍の管轄下にある東進鉄道を管理していた一人の公兵少佐でした。
少佐は驚く関係者たちを前に力強い声で堂々と証言します。うちで使っている油はどんなに激しい寒さの中でも決して凍らず、同じ動力で2倍の貨車を牽引できる。引火点が低くとも、これまで火災事故などただの一度も起きていない。その奇跡のような油の出所について、驚いた満鉄側が慌てて調査を進めました。そして判明した事実は、外資の技術者たちや満鉄の役人たちを完全に沈黙させることになります。陸軍が絶賛して使っていたその油は、かつて満鉄の用土係が一切のテストもせずに放置し、厄介払いとして陸軍へと横流ししていた砂像の見本油そのものだったのです。わざわざ実写テストを行うまでもなく、陸軍の最も過酷な実戦の現場において、出光の油の安全性と優秀性はすでに完璧に証明されていました。この圧倒的な事実と陸軍の証言の前に、外資カルテルの詭弁も満鉄役人の事なかれ主義も完全に崩れ去りました。世界を牛耳る強大な巨大資本が一介の日本の油屋に完全に敗北した瞬間でした。砂像の執念が生み出した特製油は、ついに2号東高車軸油として満鉄に正式採用され、満州の鉄道網を凍結から救い出します。不可能と言われた極寒の大陸に、孤高の若き狼が自らの実証主義によって確固たる巨大な足場を築き上げたのです。満州での死闘を制し、確固たる足場を築いた砂像の視線は、次なる巨大な標的へと向けられていました。それは、中国大陸最大の経済中心地であり、マトとも呼ばれた上海です。しかし、長江流域に広がるこの途方もない市場は、スタンダードやテキサス、シェルといった米英系の巨大石油カルテルによって完全に支配されていました。彼らにとって上海はいかなる新規参入者も寄せ付けない絶対的な禁条統治だったのです。外資カルテルの手口は極めて巧妙かつ悪辣なものでした。現地の官憲と深く結託し、石油を危険品に指定させることで、普通の船での輸送や港の利用を厳しく制限していたのです。さらには、特定のごく狭い地域にしか危険物倉庫を建てられないようにし、関税の支払いにおいても実質的な免税措置などの特権を欲しいままにしていました。圧倒的な資本力と政治力で市場を独占し、彼らは消費者の足元を見て、莫大な暴利を貪り続けていたのです。不当な搾取に苦しむ消費者を救い、公正な商いを持ち込まなければならない。砂像は昭和10年に上海へ出張所を開設すると、市場を牛耳る外資カルテル3社に対して堂々たる通告文を送りつけました。そちらが不当な圧力をかけてくるのなら、当方は地の利を生かして徹底的に対抗する。そうなれば鹿は暴落し、あなた方は甚大な損害を被るだろう。それは一回の日本の油屋が世界を支配する巨人たちに叩きつけた事実上の宣戦布告でした。この前代未聞の無謀な挑戦に、現地の日本領事館や駐在武官たちは顔を青ざめさせました。相手が悪すぎる。巨大なカルテルにまともに喧嘩を打って勝てるはずがない。と、彼らは口を揃えて砂像を強く引き止めようとします。しかし、砂像は泰然自若とした態度で、ただ一言、痛快に言い放ちました。
心配には及びません。敵前上陸は100も承知の上です。佐蔵の瞳には、かつて満鉄で啖呵を切った時と同じ、決して引かない覚悟の炎が燃えていました。佐蔵はすぐさま信頼する優秀な2人の若き社員を上海へと送り出します。出発を前に彼は2人に大金を手渡し、自らの熱い魂を込めた悲壮な檄文を持たせました。肉弾をもって敵の強固な城塁へと突入する決意を固めよ。資金力では圧倒的に不利な戦いです。頼れるのは己の知恵と勇気、そして何よりも人間の底力だけでした。使命を帯びた若者たちは広大な的の闇の中へと決死の覚悟で潜入していきました。上海に到着した社員たちに課せられた最初の試練は、カルテルの監視網をくぐり抜け、石油を保管するための危険物倉庫を確保することでした。外資の息がかかった不動産市場での物件探しは困難を極め、何度も絶望的な報告が本社へ送られます。しかし、彼らは決して諦めず、泥臭く的の路地を這いずり回り、ついに広保港の対岸にあるプードン地区の片隅にひっそりと小さな倉庫を確保することに成功したのです。倉庫が確保されるや否や、佐蔵は間髪を入れずに次なる一手を打ちます。日本から大量の灯油を積んだチャーター船を秘密裏に上海へと向かわせたのです。夜闇に包まれた広保港を船は音を殺して静かに遡上していきます。両岸には外資カルテルが誇る巨大な石油タンクが不気味なシルエットを描いて林立していました。佐蔵の放った決死の部隊は敵のど真ん中へと無事に潜り込み、2000箱もの灯油を強行陸揚げすることに成功したのです。翌朝、日本から大量の灯油が持ち込まれたというニュースは瞬く間に上海中を駆け巡りました。外資カルテルの幹部たちは自分たちの絶対的な縄張りに見ず知らずの日本の油屋が侵入したことを知り、驚愕と激しい怒りに顔を歪めます。彼らは即座に反撃へと打って出ました。莫大な資本力を武器に、出光が設定した価格をさらに下回る赤字覚悟の猛烈なダンピング攻勢を市場全体に仕掛けてきたのです。真正面から価格競争に挑めば、資金力で劣る出光は一瞬で叩き潰されてしまいます。しかし、佐蔵はこの事態を正確に予測し、すでに完璧な対抗策を用意していました。それが、問屋などの無駄な中間業者を一切通さず、自らの手で末端の消費者に直接油を届ける大地域小売業という伝家の宝刀です。巨大で動きの鈍い外資には決して真似のできない出光ならではの圧倒的な機動力と身軽さがここで最大限に発揮されることになります。外資カルテルが特定の地域で赤字覚悟の大幅な値下げに踏み切ると、出光の社員たちはすぐさまその地域からさっと姿を消します。そして外資の手が回っていない別の地域に進出鬼没に現れては、適正な価格で油を次々と売りさばいていったのです。巨大な大砲で小さな羽虫を狙うかのように、外資の攻撃はことごとく空を切り、彼らは徒労と莫大な赤字だけを積み重ねていくことになりました。さらに、出光の油の品質の高さと価格の安さを知った現地の中国人商人たちがこぞって
出光の出張所へと殺到し始めました。彼らは、ぜひとも自分たちに出光の油を扱わせてほしいと懇願してきます。しかし、佐三は彼らの申し出をきっぱりと断りました。私たちは消費者と直接結びつく商いをしている。利益を貪るだけの中間搾取や投機には絶対に手を貸すわけにはいかない。その揺るぎない姿勢は、さらに市場の信頼を集めていきます。出光の鮮やかなゲリラ戦法に翻弄され続けた外資カルテルは、ついに疲労困憊し、プライドを捨てて白旗を掲げました。彼らは佐三のもとへ歩み寄り、日本から持ち込む灯油は我々が全量買い取る。だから、これ以上、この市場の価格をかき回さないでくれ。と、事実上の泣きを入れてきたのです。世界を牛耳る強大な巨人たちが、たった一社の日本の民間企業に対して、完全に屈服した瞬間でした。しかし、佐三はその美味しい提案を冷笑とともに一蹴します。私たちが上海に油を持ち込んだのは、ただ在庫を処分して利益を得るためではない。不当な搾取に苦しむ消費者に適正な価格で油を届けるためだ。あなた方に油を売り渡せば、結局は消費者が苦しむことになる。利益よりも大義を重んじる佐三の断固たる拒絶の前に、外資カルテルはなすすべもなく黙り込むしかありませんでした。こうして不可能と言われた魔と上海の固く閉ざされた扉は、佐三の類まれなる戦略と若き社員たちの肉弾のごとき決死の行動力によって見事にこじ開けられました。巨大な権益の壁に開いたその小さな風穴は、やがて中国全土の消費者に希望の光をもたらすことになります。出光商会の名は、もはや日本の小さな油屋ではなく、世界のカルテルを震え上がらせる恐るべき存在として、大陸に深く刻み込まれたのです。満州での実証テストの勝利、そして上海での絶望的なゲリラ戦の制覇、度重なる巨大な敵との死闘を経て、佐三の大地域小売業という強靭な哲学は、誰にも揺るがすことのできない絶対的な確信へと昇華していきました。しかし、彼の燃え盛るような進撃が止まることはありません。上海に確固たる拠点を築いた孤高の狼は、さらに途方もないスケールの次なる巨大な野望へと向かって失踪を続けていくのです。上海での絶望的なゲリラ戦を見事に制した佐三の視線は、すでに次なる途方もない野望へと向けられていました。彼は確保したばかりのプードン地区の敷地に、当時としては規格外の規模を誇る10万トンタンクを建設するという壮大な計画を打ち立てたのです。それは、やがて来たるべきエネルギー不足の時代を見据え、日本という国家の生命線を守り抜くための巨大な防波堤となるはずでした。しかし、その前途には、これまでの外資カルテルとは比べ物にならないほど巨大で理不尽な国家権力の壁が立ちふさがろうとしていたのです。時代は昭和10年代に突入し、日本は日中戦争という先の見えない泥沼の戦いへと足を踏み入れていました。戦火の拡大とともに、国家総動員体制の号令のもと、軍部や官僚たちが経済活動のすべてを牛耳ろうとする統制経済の波が日本中を覆い尽くしていきます。自由な商いを通じて消費者と生産者を直結させる
大地域小売業を信念とする佐蔵にとって、権力による市場の統制は到底受け入れることのできない天下の悪策でした。息の詰まるような同調圧力が強まる中、佐蔵の前に一人の手強い軍人が姿を現します。その人物こそ、陸軍省から商工省の燃料局へと出向してきた若きエリート、堀三野大佐でした。堀大佐は、中国大陸におけるすべての石油利権を軍の強力な管理下に置くため、大化石油という巨大な国策会社の設立を画策していました。既存の民間業者を配下に組み込み、外資カルテルを中国市場から完全に締め出してしまおうという、軍主導の強引な青写真です。この構想を知った佐蔵の胸の奥底で、国を憂う激しい義憤の炎が、抑えきれないほどの勢いで燃え上がりました。現場の苦労も知らぬ軍人たちが、机上の空論で昇竜を独占すれば、必ずや国家の首を絞めることになる。佐蔵は、周囲の者たちが、軍部には逆らうな、と青ざめて止めるのも聞かず、単身で木引町にある燃料局の企画室へと力強い足取りで乗り込んでいきました。部屋の奥で軍服姿でふんぞり返る堀大佐を前にして、佐蔵はいきなり両手でドンと机を叩き、真っ向から直言を放ちます。堀大佐、こんな官僚的な統制会社を作れば、現場は混乱し、不能率極まりないことになりますぞ。突然の無礼な振る舞いに目を向く堀大佐に対し、佐蔵の舌鋒はさらに鋭さを増していきました。大体、これから誰から油を買うおつもりですか。感情論だけで外資を力ずくで締め出せば、資源のない日本は干上がり、必ずアメリカと戦争になりますぞ。商人としての枠を完全に超え、国家の行く末を案じるあまりに放たれた悲痛なまでの叫びでした。しかし、大日本帝国陸軍の威信を背負う若き急先鋒が、一介の民間人の説教を素直に聞き入れるはずがありません。黙れ！堀大佐の顔は屈辱と怒りで真っ赤に染まり、部屋の空気をビリビリと震わせるほどの凄まじい怒号が響き渡りました。貴様、たかが油屋の分際で誰に向かって物を言おうとしているのだ。腰の軍刀に手をかけんばかりの剣幕で凄み寄る堀大佐。しかし、権力をこの世の何よりも嫌悪する佐蔵は、みじんもひるむことなく、眼鏡の奥の眼光を鋭く光らせて睨み返しました。軍人と商人、二つの強烈な魂が火花を散らして激突した瞬間でした。一歩も引かずに燃料局を後にした佐蔵でしたが、この事件をきっかけに、彼は軍部から国策に逆らう国賊という恐ろしい烙印を押されることになります。出光の油は敵に塩を送っている。出光を中国大陸から叩き出せ。いわれのない中傷と監視の目が向けられ、佐蔵は四面楚歌の絶望的な状況へと追い込まれていきました。しかし、どんなに周囲から孤立しようとも、佐蔵の消費者と国家のために真実を貫くという信念が揺らぐことは、ただの一度もありませんでした。一方、佐蔵と激しく衝突した堀大佐の胸の内には、怒りとともに奇妙な疑念が芽生えていました。あの男が命がけで守ろうとした出光の商いとは、一体どれほどのものなのか。真実を自らの目で確かめるため、堀大佐は軍服を脱ぎ捨て、極秘裏に中国大陸の出光の各拠点を視察して回るという行動に出ました。そこで彼が目の当たりにしたのは、軍の報告書に書かれていたような利権屋の姿とは全く異なる驚くべき光景だったのです。
灼熱の太陽の下、泥と油にまみれながら一台一台の機械を点検し、適正な価格で油を届けようと奔走する出光の若き社員たち。そして彼らから油を受け取り、涙を流して感謝する現地の人々の姿がありました。利権を貪る軍の御用商人とは全く違う。ひたすらに人間を尊重し、社会に奉仕する真の商人の生き様。国益にかなっているのは、私の考えた机上の空論ではなく、泥臭い出光のやり方ではないか。堀大佐の魂が左蔵の情熱によって激しく揺さぶられた瞬間でした。己の非を潔く悟った堀大佐は、東京へ戻るや否や、上層部の反対を押し切って、耐火石油構想を完全に白紙に戻すという英断を下しました。それからしばらくの後、左蔵は再び堀大佐のもとを訪れました。例の上海における10万トンタンクの建設許可をいただきたいのです。かつて怒号が飛び交ったその部屋で、堀は今度は穏やかな笑みを浮かべ、左蔵を温かく迎え入れました。しかし、10万トンというあまりにも巨大な規模に対しては、さすがの堀も懸念を示さざるを得ませんでした。出光さん、いくらなんでも10万トンは大きすぎるのではないですか。使い切れるものではないでしょう。案じる堀に対し、左蔵は力強く首を横に振りました。今に必ず日本が深刻な石油不足に陥る時が来ます。その時のための備蓄です。そして何より、この巨大なタンクを独力で建設することで、日本人の持つ底知れぬ実力を世界に示してやりたいのです。その指針のない純粋な熱情に触れ、堀大佐は深くうなずきました。かつて命がけで激突した強敵が、左蔵の最大の理解者へと変わったのです。堀という心強い味方を得たものの、上海でのタンク建設は困難を極めました。日本国内では資材が全く調達できず、抗日テロの危険が常につきまとう過酷な環境。左蔵はアメリカの業者から極秘裏に中古のスクラップ資材を買い付け、武装した自警団を組織して、夜闇に乗じて決死の建設作業を進めさせました。幾多の絶望的な危機を乗り越え、昭和15年の春、プードン地区の空高く、巨大なタンク群が銀色に輝く異様をついに表したのです。ところが、タンクが完成し、アメリカから苦労して調達した灯油で満たされた直後、軍の航空部隊から思わぬ要請が入ります。いざという時のため、軍の航空ガソリンを貯蔵させてほしい。それは事実上の接収であり、一民間企業にとっては大損害を意味していました。しかし、左蔵は一瞬の迷いも見せず、喜んでお使いください、と快諾し、莫大な費用をかけて、自らの灯油を別の倉庫へ移して、広大なタンクを無条件で明け渡したのです。使用料など一銭もいりません。これは私からの国への奉仕に過ぎません。自らの利益を完全に度外視し、ただひたすらに国家の安泰を願う左蔵の高潔な志根。その揺るぎない覚悟と器の大きさを前にして、かつて彼を利権を貪る国賊と呼んで忌み嫌っていた軍の幹部たちも、ついに己の偏見を恥じ、左蔵に向かって深く、深々と頭を垂れました。
机上の空論を打ち破る真実の行動が、頑なな権力の壁を完全に溶かした瞬間でした。権力に決してこびず、信念を貫くためには命すらかける。しかし、その激しい闘争心の奥底には、国を愛し、人間を愛する底知れぬ無私の精神が脈打っていました。上海の空にそびえ立つ10万トンタンクは、出光佐三という男の不屈の魂の結晶として、大陸に深くその名を刻み込んだのです。そして時代は、日本全体を未曾有の破滅へと導く、暗く長い戦争の足音が、いよいよ背後に迫ってきていたのです。日中戦争の勃発から始まった昭和10年代。国内では戦火の拡大に伴い、国家総動員体制の号令が静かに、しかし確実にかけられようとしていました。人々の生活からあらゆる産業に至るまで、すべてを国家が管理する統制経済の網が急速に日本全土を覆い尽くしていきます。生産者と消費者を直接結びつけるという大地域小売業を信念とする佐三にとって、権力による市場の統制は国家を衰退させる天下の悪策でしかありません。しかし、大半の企業は巨大な権力に逆らうことを恐れ、あるいは統制経済のおこぼれに預かろうと、競うように軍部へとすり寄っていきました。同調圧力が日本全体を覆い尽くす中、佐三だけは決して権力にこびることなく、孤高の狼として反骨の牙をむき出しにしていたのです。昭和12年、佐三は周囲からの強い押しを受け、多額納税者議員として貴族院の議席に座っていました。本来、権力闘争の渦巻く政治という泥臭い世界を誰よりも嫌悪していた彼ですが、暴走する国策に対して堂々と物申すためには、自らがその舞台に立つ必要があったのです。そして、その貴族院の特別委員会という重々しい議場において、佐三は飛ぶ鳥を落とす勢いであった大日本帝国陸軍の急先鋒と正面から激突することになります。佐三の前に立ちはだかったのは、陸軍省軍務局長という要職にあった武藤明大佐でした。武藤大佐は、ドイツの国家体制を手本とし、やがて来たるべき諸外国との全面戦争を見据え、日本全土を軍事的な要塞へと作り変える強硬な計画を推し進めていました。彼が議会に提出した要塞地帯法改正案は、国民の生活や自由を極限まで縛り付け、すべてを軍の統制下に置こうとする独裁的な法案だったのです。その法案の中には、佐三の信念を根底から踏みにじる、極めて理不尽で危険な条項が含まれていました。それは、会社で働く従業員が万が一スパイ行為などを働いた場合、直接関与していない経営者までもが連帯して重い処罰を受けるという天下罰の規定です。社員を単なる歯車ではなく、血を分けた家族として絶対的に信頼し抜いてきた佐三にとって、この条項は到底看過できるものではありませんでした。刑法の原則を強引にねじ曲げてまで不当な罰を設け、善良な国民に無用な不安を与えるとは何事か。議場の静寂を切り裂き、佐三の甲高い怒りの声が響き渡りました。国家の安全というものは、国民を脅して縛り付けることではなく、国民の自発的な協力と信頼があってこそ初めて成り立つものだ。この法案は根本から間違っている。
軍部の意向に誰もが口をつぐむ中、一介の商人が放った痛烈な批判でした。軍の重要法案を公然と批判された武藤大佐は、顔を真っ赤に紅潮させ、凄まじい剣幕で佐蔵を睨みつけました。国際的なスパイ戦が激化している現状を知らぬのか。あなたがどれほど信頼している支配人や使用人であっても、いつ敵に買収され国を裏切るかわからないではないか。それは国民を端から疑ってかかり、力で支配しようとする軍部特有の高圧的で威圧的な論理でした。反論を許さない武藤の怒号に、周囲の議員たちはすっかり震え上がってしまいます。しかし、佐蔵は微塵もひるむことなく、武藤大佐をさらに鋭い眼光で睨み返しました。何をおっしゃるか。うちの会社にまるで国を売るスパイでもいるかのような無礼な言いがかりだ。議場は息をするのも忘れるほどの異様な緊張感に包まれます。大体、軍人だけが国家に忠誠を尽くしているなどというあなた方の思い上がった考え方自体が間違っておるのだ。権力者を前にしても堂々と持論を曲げない佐蔵の姿勢はまさに威風堂々たるものでした。自らの非を認めず、なおも権威を笠に着て大声で威圧しようとする武藤大佐に対し、佐蔵は腹の底から湧き上がる最大の声量で一撃を放ちました。大きな声を出して怒鳴りつけ、力で相手をねじ伏せて片付けようというのは軍の最も悪い癖だ。単なる声の大きさで勝負が決まるというのなら、私の方がはるかに大きい。権力に一切こびず、命がけで己の信念と家族を守り抜こうとする凄まじい気迫の爆発でした。その圧倒的な熱量と一歩も引かない強烈な覚悟を前にして、飛ぶ鳥を落とす勢いだった武藤大佐もついに言葉を失いました。私の言い方に過ぎたところがあったとしたら、悪く思わないでもらいたい。あなたの会社にそんな人がいないことは私も確信している。指物陸軍の急先鋒も佐蔵の気迫に完全に気をされ、議場において事実上の撤回と謝罪を口にするしかなかったのです。巨大な国家権力さえも言葉一つで退かせた瞬間でした。結果として軍部が強引に押し通そうとしたこの理不尽な法律は、佐蔵のたった一人での徹底抗戦によって骨抜きにされ、事実上無力化されることになりました。周囲の企業が軍にすり寄り、利益と保身を図るのが当たり前の競争の時代において、彼のこの行動は異彩を放っていました。巨大な国家権力や軍部という誰もが恐れる分厚い壁に対しても、決して己の信念を曲げることはない。孤高の狼、出光佐蔵の真骨頂が見事に示されたのです。しかし、この武藤大佐との激突は、佐蔵の身にさらなる危険を呼び込む火種ともなりました。軍部の中枢からは、国策に立てつく不届き者、出光は国賊であるというレッテルを決定的に貼られ、執拗な監視と嫌がらせが激化していくことになります。それでも佐蔵は、自らが信じる商人の正道を曲げるくらいなら、いっそ会社ごと潰れても構わないという覚悟を固めていました。利権や保身のために魂を売り渡す黄金の奴隷にだけは絶対になるつもりはなかったのです。時代は
さらなる狂気の中へと突き進んでいきます。やがてヨーロッパで火を吹いた第二次世界大戦の波はアジア全土を巻き込み、日本はいよいよアメリカやイギリスといった巨大な国々との全面戦争へと引きずり込まれていくことになります。泥沼化する戦局の中で国民の生活は日に日に困窮を極め、ありとあらゆる物資が軍の統制下へと置かれていきました。自由な商いが生き絶えようとする絶望的な情勢が佐蔵たちの前に重くのしかかってきます。石油の一滴は血の一滴である。近代兵器を動かすための血液である石油の確保は、戦争の勝敗を完全に決定づける最大の国家目標となっていきました。アメリカからの石油輸入を断たれた日本は、絶対的な資源不足という致命的な弱点を抱えたまま、絶望的な戦局へと身を投じていくことになります。巨大な軍艦も、空を飛ぶ戦闘機も、油が一滴もなければ、ただの鉄の塊に過ぎません。軍部は血眼になって新たな油田を求め、その鋭い牙を東南アジアへと向けていきました。昭和15年、激動の戦時体制を見据えて、佐蔵は東京に資本金400万円の出光興産株式会社を設立します。これまで大陸や外地、そして日本の海を出光商会の看板一つで駆け抜けてきた出光が、なぜ今新たな会社を立ち上げる必要があったのか。そこには組織が肥大化し、時代の荒波が押し寄せる中でも、自らの大家族主義と人間尊重を死守するための佐蔵ならではのしたたかな知恵が隠されていました。佐蔵は責任が分散し事なかれ主義を生むという理由から株式会社という仕組みを誰よりも嫌っていました。しかし急激に強化される戦時統制の中、銀行から莫大な事業資金を融通してもらうためにはどうしても株式会社という社会的な鎧が必要だったのです。そこで佐蔵は便宜上東京に出光興産を設立しつつも、創業の原点である門司の出光商会はあえて泥臭い個人商店のまま存続させました。法人の出光興産と個人商店の出光商会という二つの顔を並立させ、佐蔵は激動の時代を乗り越えようとしたのです。この奇妙な二重組織は、戦火をくぐり抜けた戦後の昭和22年11月、名実ともに現在の出光興産へと一本化され、大復活を遂げることになります。しかし、今はまだ来たるべき嵐に備えるための佐蔵の精一杯の防衛策でした。こうして組織を出光興産へと改変し、時代の激変に備えた出光でしたが、世界情勢の暴走はそんな佐蔵の知恵すらも飲み込もうとしていました。アメリカからの石油全面禁輸によって国家の命運は風前の灯火となり、社員たちは自らの商いが国の血流を支えているという重い使命感をさらに強く抱いていきます。やがて勃発する太平洋戦争は、佐蔵が愛する家族である若き社員たちを最も過酷で絶望的な戦場の最前線へと駆り立てていくことになるのです。すべてを焼き尽くす巨大な戦火の中で、出光の大家族主義がいかなる試練に直面するのか、壮絶な戦いがいよいよ幕を開けようとしていたのです。昭和16年、1941年12月、太平洋戦争が勃発します。日本軍は破竹の勢いで東南アジアへと侵攻し、開戦からわずかな期間で最大の目標であった蘭印、
現在のインドネシアに広がる巨大な油田地帯を制圧しました。近代戦の血液である石油を自らの手で確保した喜びに、軍部も国内も大きく沸き立ちます。しかし、その広大な占領地域において、軍需用ではなく一般の民需用石油を誰がどのように配給するのかという、極めて現実的で困難な問題が浮上してきました。この問題に対し、既存の統制会社と同調する軍部の一部は、シンガポールに巨大な配給本部を設置する計画を立てます。さらに、その下部組織として各地域に子会社をいくつもぶら下げ、なんと2500人もの民間人を内地から派遣するという途方もなく肥大化した官僚的な青写真を描いていました。戦場においてそれほどの大人数を輸送し維持し統率することなど不可能です。陸軍省燃料課長の中村義十郎大佐はこの机上の空論のような計画に頭を抱え、事態を打開すべく一人の男を呼び出しました。中村から相談を受けた佐蔵は、提出された壮大な組織図を一別するなり、鼻で笑って言い放ちました。こんな頭でっかちの組織を作ったところで、第一線の現場が混乱するだけです。人間は自分の仕事の成果が直接目に見えなければ、決して本気で働こうとはしません。大地域小売業という哲学のもと、第一線の現場に絶大な権限を与え、本部組織を極限まで小さくして機動力を生かす。それがこれまで佐蔵が貫いてきた出光の強さの根源でした。では、出光さんならどれくらいの人数でやれるというのですか。半信半疑の中村に対し、佐蔵はこともなげに、しかし絶対の自信を込めて断言しました。私に任せていただけるなら、その10分の1、250人で完璧にやってみせます。軍や官僚が2500人必要だとした難事業を、たった250人で成し遂げる。佐蔵のあまりにもスケールの違う豪語に、中村は驚愕しましたが、中国大陸を少人数でまとめ上げた出光の実績を知っていたため、この提案を陸軍省の正式な案として採用することに踏み切ったのです。陸軍省の決定により、出光の社員たちが軍属として広大な南方地域へ派遣されることになりました。しかし、この決定は南方の利権を我が物にしようと目論んでいた現地の南方総軍や既得権益を奪われた形となった同業他社を激怒させます。彼らは出光を戦場に便乗して甘い汁を吸いに来る悪辣な業者だと決めつけ、激しい憎悪の炎を燃やしました。やがて内地で出発の準備を進める佐蔵たちの耳に背筋の凍るような物騒な噂が飛び込んできたのです。出光のような利権屋がやってきたら、上陸と同時に直ちに銃殺してしまえ。現地の軍部が殺気立っているという情報は、決して単なる脅しではありませんでした。それを聞いた陸軍省の幹部すらも顔色を失い、派遣の中止を打診してくるほどの異常事態です。しかし、佐蔵は決して引き下がりませんでした。日本人を銃殺するならしてみろ。理由のない犬死にだけはさせない。何かあれば、私が全責任を引き取る。佐蔵の凄まじい覚悟の前に、軍上層部もついに派遣を認めざるを得ませんでした。帝国ホテルの一室で、壮行会が厳かに開かれました。集まったのは、中国大陸での過酷な任務を生き抜いてきた石田正美をはじめとする決死の覚悟を固めた若き社員たちです。上陸すれば銃殺されるかもしれないという死の恐怖がつきまとう中、
彼らの表情には悲壮な決意がにじんでいました。左蔵は彼ら一人一人の顔を愛おしそうに見つめながら、自ら筆を取った美濃紙の劇文を静かに手渡しました。南の新天地は白紙である。そこには過去のしがらみも腐敗した因習もない。左蔵の熱を帯びた声が静まり返った部屋に響きます。世間の冷たい批判や出光という会社の立場など一切顧みる必要はない。ただひたすらに国家のため、人間の真の力というものをその白紙の天地に権限してこい。それは単なる業務命令ではなく、権力や利権にまみれた古い体制を打ち破り、人間の可能性を証明せよという魂の叫びでした。左蔵の劇文を胸に抱き、石田たちは七となるかもしれないシンガポールへと上陸を果たします。しかし、彼らを待っていたのは熱狂的な歓迎ではなく、鉄条網が張り巡らされた粗末な収容所でした。現地の軍は依然として彼らを利権屋とみなし、捕虜と同等の過酷な監視下に置いたのです。屈辱的な扱いに若き社員たちの心は折れそうになりますが、彼らは誰一人として不満を口にすることはありませんでした。彼らは毎朝誰よりも早く起床すると、一斉にラジオ体操を行い、自ら進んで潜水艦の見張り任務を買って出ました。出光の大家族として鍛え上げられた彼らの行動は、常に規律正しく、利権を漁りに来た商人の姿とは程遠いものでした。理不尽な環境下でも決して腐らず、国家のために黙々と奉仕を続ける若者たち。その紳士で汚れなき姿を、現地の軍関係者たちは、驚きと戸惑いをもって見つめるようになります。出光の男たちは、私たちが聞いていたような強欲な連中とはまるで違う。見事に見上げた若者たちではないか。言葉ではなく、泥臭い行動そのものが、頑なだった軍人たちの心を根底から溶かしていきました。やがて彼らは、収容所からの解放を許され、本来の配給任務に就くことを認められます。殺意すら向けられていた敵地で、石田たちは自らの真の力によって、見事に絶対的な信頼を勝ち取ったのです。解放された彼らの働きぶりは、まさに神業でした。シンガポールを拠点に、フィリピン、マレー、ジャワ、ボルネオなど、広大で複雑な東南アジアの配給網を、海軍の管轄地域を含めても、わずか160名足らずの少人数で完璧に構築していったのです。巨大な官僚組織が何千人もかけてやろうとしていたことを、現場に全権を委ねられた若者たちが圧倒的なスピードと機動力で成し遂げていく。左蔵が説いた大地域小売業の哲学が南方のジャングルの中で見事に開花した瞬間でした。しかし、彼らの奮闘を嘲笑うかのように、太平洋戦争の戦局は徐々に日本にとって絶望的なものへと傾いていきます。制空権と制海権を奪われ、南方の海と空は容赦ない死の恐怖が支配する完全な戦場と化しました。物資の輸送路はことごとく寸断され、出光の社員たちも激しい鉄器の機銃掃射をかいくぐりながらの決死の業務を強いられるようになります。昼間にトラックを走らせれば、たちまち敵の戦闘機に蜂の巣にされてしまいます。彼らは夜の暗闇に乗じ、川の上流から
石油の入ったドラム缶をこっそりと流し、下流で命がけで引き上げて配給を続けるという、想像を絶する過酷な工夫で結露を開きました。極度の食料不足に陥り、栄養失調で痩せ細りながらも、彼らは決して自分の持ち場を離れようとはしませんでした。胸に抱いた砂像の檄文だけが、彼らを暗闇の中で支える唯一の希望の光だったのです。国家の血流を守るため、南方の戦場で泥と血にまみれながら戦い抜いた出光の若者たち。しかし、この壮絶な任務の末に、27名もの善とある尊い命が、戦火や過酷な環境下の病によって無情にも散っていきました。彼らを家族として誰よりも深く愛し、父へと送り出した佐蔵の胸に、生涯消えることのない深い慟哭と、あまりにも重い十字架が刻み込まれることになったのです。そして時代は、すべてを焼き尽くす敗戦の焦土へと、彼らを容赦なく引きずり込んでいくことになります。昭和20年、1945年8月15日。うだるような真夏の暑さの中、日本は無条件降伏を受け入れ、長く苦しい戦争はついに終わりを告げました。疎開先である栃木県の松田で、ノイズにまみれたラジオから流れる玉音放送を聞いていた佐蔵。国家の安泰を誰よりも強く願い、自らの事業を通じて国に奉仕し続けてきた彼の目から、とめどなく熱い涙が溢れ落ちます。ただ呆然と座り込み、その夜は一睡もすることなく、深い瞑想の中で過ごしました。数日後、佐蔵は重い足取りで東京へと向かいました。しかし、彼を待ち受けていたのは、一面が黒焦げの瓦礫と化し、死の匂いが漂う見渡す限りの無残な焼け野原でした。満州、中国、台湾、そして多くの尊い命が散った南方。半世紀という長い歳月と血のにじむような努力をかけて築き上げた海外の広大な店舗網は、敗戦によってすべて無情にも没収されてしまいました。会社に残されたものは、途方もない金額に膨れ上がった莫大な借金という絶望的な現実だけだったのです。みんな亡くなってしまったな。焼け跡の中に力なく立ち尽くし、佐蔵は独り言のように静かにつぶやきました。積み上げてきた財産も、仲間たちと語り合った夢の結晶も、すべてが怪人に帰したかのように見えました。しかし、そんな完全な絶望の中にあって、奇跡が一つだけ起きていたのです。銀座の歌舞伎座横にあった出光館だけが、激しい戦火を奇跡的に免れ、ポツンと焼け残っていました。佐蔵はそのすすけたビルをじっと見上げ、どん底の闇の中で再び己の魂に強烈な火をつけました。8月17日、終戦からわずか2日後のことです。奇跡的に焼け残った出光館の薄暗い一室に、在京の社員たちが重い足取りで集められました。彼らの顔には生気がなく、国が破れ、会社がすべてを失ったという圧倒的な虚脱感に深く沈み込んでいます。これから自分たちの生活はどうなってしまうのか。
誰もがうつむき、明日の希望すら見出せない、息の詰まるような重苦しい空気が部屋全体を覆っていました。そこに、還暦を迎えたばかりの佐三が、静かに姿を現します。絶望のどん底にいるはずの佐三でしたが、その眼光は少しも曇ることなく、恐ろしいほどの鋭い光を放っていました。彼は疲れ切った社員たちの顔を一人一人ゆっくりと見回すと、静かに、しかし大きく息を吸い込みます。そして、部屋の静寂を真っ二つに切り裂くような甲高い声で、思いがけない言葉を叫んだのです。愚痴をやめよう！腹の底から絞り出されたその強烈な一喝は、雷鳴のように響き渡り、うつむいていた社員たちの心臓を激しく打ち据えました。愚痴は泣き言である。亡国の声である。婦女子の言であり、男子の決して取らざるところである。佐三の放つ言葉には、すべてを失った敗戦国の人間とは思えないほどの凄まじい覇気と熱量がこもっていました。ただ、昨日までの敵の長所を徹底的に研究し、素直にそれを取り入れよ。そして、己の短所を猛省するのだ。悲しみに暮れ、運命を呪っている時間など、我々には残されていない。すべてを太い腹の中に畳み込み、今この瞬間から顔を上げて前を向かなければならないと強く訴えかけます。大国民としての態度を決して失うな。世界に誇るべき3000年の歴史を見直すのだ。国家が滅びかけた今だからこそ、自分たちが受け継いできた精神の進化が問われている。その偉大なる積極性と広大無辺なる包容力を強く信じよ。そして佐三は社員たちに力強く呼びかけます。安心して猶予を迫らず、堂々として、今この瞬間から再建設にかかれ。佐三の気迫に満ちた号令が、空っぽになっていた若者たちの魂に、次々と強烈な火をつけていきます。さらに佐三は、敗戦という重い事実そのものを根底から覆すような信じがたい言葉を口にしました。日本は負けたのではない。ただ消え去っただけだ。この戦争で本当の意味で負けたのは我々ではない。アメリカなのだ。その力強い断言に社員たちは一様に驚きで顔を上げます。圧倒的な武力で日本を降伏させた大国がなぜ敗者だというのか。佐三の眼鏡の奥の目には理不尽な暴力に対する燃え盛るような義憤の炎が激しく宿っていました。戦争とはお互いが自らの正義を主張して衝突するものだ。だが何の罪もない婿の民の上に原爆を落としたアメリカは自らが掲げる正義と人道を完全に放棄した。力で他国をねじ伏せ、非道な兵器を用いた瞬間に、アメリカは精神的な敗北者へと転落したのだ。権力や暴力に決して屈しない佐三の強靭な反骨精神が、敗戦国という惨めな立場すらも跳ねのけたのです。どんなに物質的な力で圧倒されようとも、魂の次元で敗北を認めるつもりはみじんもありませんでした。焦土の中で誰もが未来への希望を失い、ただ泣き崩れていたあの8月の夏。しかし、出光佐三という男だけは、誰よりも早く、力強く立ち上がり、前を向いていました。
すべてを失っても、誇りさえ失わなければ、人間は必ず何度でもよみがえることができる。佐蔵の放った熱い魂の言霊は、虚脱してうつむいていた社員たちの目に、確かな生命の光を次々と取り戻させていきました。会社は焼けたが、我々にはまだ人間という最大の資本が残っているではないか。物質的な富が消え去ろうとも、困難の中で培われた絆と、自らの頭で考え抜く力さえあれば、再び新しい城を築くことができる。国が滅び、組織が崩壊していく中で、出光が掲げてきた大家族主義の哲学が、いよいよ真の進化を問われる、最も過酷な試練の時がやってきました。莫大な借金と失業の恐怖が渦巻く焼け野原の中で、佐蔵は世界企業史にも類を見ないある驚くべき決断を下すことになります。それは会社を存続させるための常識を根底から覆す無私の愛に満ちた宣言でした。絶望の淵から泥水をすすって這い上がる出光興産の果てしない復活戦が、今ここに壮絶な幕を開けようとしていたのです。敗戦という残酷な現実は、出光興産の前に途方もない厚い壁となって立ちはだかっていました。海外の広大な拠点から引き上げてくるものを含め、出光が抱える社員の数は約1000名に上ります。しかし、国内に残されたわずかな業務では、数名の人間を養うことさえ困難な状態でした。世間では、生き残りをかけた大企業が次々と大規模な人員整理を断行し、街には仕事と希望を失った失業者があふれ返っていたのです。出光館の薄暗い会議室で開かれた役員会は、息の詰まるような重苦しい空気に包まれていました。もはや背に腹は変えられません。会社そのものを存続させるためには、涙を飲んで社員を解雇するしか道はありません。悲壮な覚悟で役員の一人が発した意見は、圧倒的な現実を前にして、誰もが心の中で避けられないと諦めかけていた苦渋の選択でした。しかし、その悲観的な言葉を聞いた瞬間、黙って目を閉じていた佐蔵が、激しい怒りとともに立ち上がりました。ドンと机を強く叩く音が部屋に響き渡ります。800人を超える海外からの引き上げ者は、我々に最後に残された唯一の資本ではないか。佐蔵の血を吐くような怒声が役員たちを奮い上がらせました。創業以来、人間尊重を唱えてきたこの出光が、たかが終戦ごときに慌てふためき、愛する彼らの首を切るような真似が断じてできるものか。しかし店主、彼らを食わせていく資金がどこにもありません。必死に食い下がる役員に対し、佐蔵は微塵の迷いもなく、圧倒的な覚悟で言い放ちました。もし会社がいよいよダメになりよったら、みんなと一緒にこじき場するまでだ。それは、経営者としての計算を完全に捨て去り、一人の人間として、家族の命を何があっても守り抜くという壮絶な宣言でした。還暦を過ぎてからの、文字通り無一文からの再出発。1000名もの社員を養うため、佐蔵は身を切るような痛みを伴う決断を下します。戦前、戦中を通じて情熱を注ぎ、
自らの心の支えとして大切に収集してきた貴重な書画骨董の数々をためらいなく手放し始めたのです。仙のユーモアあふれる絵も、息を飲むほど美しい唐津焼の名器も、社員の命をつなぐための日々の過程へと変わっていきました。世間の人々は、莫大な借金を抱えながら、社員を一人も手放さず、家宝を売り払う佐蔵の姿を見て、出光はついに発狂した、と冷ややかに噂しました。心配した友人の記者が慌てて出光館を訪ねると、佐蔵は薄暗い部屋で一人、手放す直前の唐津焼の茶碗を愛おしそうに撫でていました。とうとうこれともお別れだよ。そう静かにつぶやきながら立ててくれた最後のお茶には、計り知れない悲哀と、それ以上の深い無償の愛が溶け込んでいたのです。発狂したと囁かれても、佐蔵の人間に対する底知れぬ愛情は枯渇することがありませんでした。自らが破産の瀬戸際にあっても、先の記者が7人の子を抱えて困窮していると知るや、佐蔵は自らその家へ赴き、貴重な粉ミルクや肌着をそっと置いていったのです。極限のどん底に落ちてなお他者を思いやる。その底知れぬ懐の深さこそが出光佐蔵という男の真髄でした。ある日、総務担当の役員が海外から無事に引き上げてきた社員たちの名前を記した分厚い名簿を作成し、佐蔵の机に提出しました。莫大な人件費という重荷を突きつけるようなその束を前に、担当者は不安げに息を飲みます。しかし、名簿を広げた佐蔵の顔に浮かんだのは、苦悩ではなく、心底嬉しそうな満面の笑みでした。ほう、これが俺の財産目録か。焼け野原に残されたその名簿こそが、彼にとって黄金よりも尊い、かけがえのない宝物だったのです。とはいえ、血気盛んな1000名の社員をただ遊ばせておくわけにはいきません。佐蔵は彼らに生きる糧と働く場を与えるため、食いつなぎ事業としてありとあらゆる商売に貪欲に手を出しました。鳥取での農業開拓に始まり、茨城での醤油や酢の醸造、さらには定置網漁業や焼け跡での印刷業にまで進出します。泥まみれになりながら、彼らは生き残りをかけて未知の世界へと飛び込んでいったのです。その中でも佐蔵が特に力を入れたのが、焼け焦げたラジオの修理を行う出光ラジオ館の展開でした。事業の陣頭指揮を取らせるため、佐蔵は真珠湾攻撃の暗号作戦に参画した元海軍大佐永井康介を迎え入れます。大地域小売業の理念のもと、将来の石油販売を見据えて海岸沿いに店舗を配置せよ。佐蔵の壮大なビジョンを受け、永井たちは廃材を集めたような粗末な店舗を全国に次々と立ち上げていきました。軍隊しか知らない永井を真のビジネスマンに鍛え上げるため、佐蔵はあえて厳しい試練を与えます。資金繰りのため、永井をたった一人で銀行へと向かわせたのです。何度も冷たく門前払いを食らい、途方に暮れる永井でしたが、ある日突然、莫大な融資が奇跡的に降りることになります。それは、
佐蔵が裏で密かに頭を下げ、かつての信用を武器に根回しをしてくれていたからに他なりませんでした。融資を受けた社員たちは、米の供出と引き換えに得た引換券を握りしめ、農村を駆け回って真空管を集めました。朝も夜もところてんだけで上をしのぎ、油にまみれた手でラジオの配線を修理する日々。しかし、畑違いの急増事業がそう簡単にうまくいくはずもなく、多くの店舗が取り返しのつかない大赤字を垂れ流す結果となってしまいます。必死の努力も虚しく、ラジオ事業は数年で閉鎖の浮き目に遭うことになりました。多額の負債を残して失敗に終わった事業に対し、佐蔵の総括は極めて厳しいものでした。国が資金を与え、利益を保証してくれた統制経済の温室で育った君たちは、真の経営というものを知らなかった。この失敗は、君たち運営型人間を自らの頭で考え抜く経営型へと力ずくで居直すための極めて高い授業料だ。容赦のない叱咤は、敗戦ぼけしていた社員たちの目をはっきりと覚まさせました。慣れない事業の失敗という煮え湯の中に叩き込まれ、身をもって商売の厳しさを味わった社員たち。しかし、どんなに失敗して赤字を出そうとも、佐蔵が彼らを見捨てて首を切ることはただの一度もありませんでした。会社が自分たちを命がけで守り抜いてくれる。その絶対的な信頼関係は、社員たちの心に報恩の情という熱い火をつけます。単なる会社と従業員というドライな関係を完全に超越した血よりも濃い絆が生まれようとしていました。一人もクビにしない。乞食をするまで。という狂気にも似た佐蔵の無視の決断。それは敗戦の虚脱状態にあった出光興産をいかなる絶望的な困難にもひるまない最強の大家族軍団へと生まれ変わらせる最大の原動力となりました。どん底で鍛え上げられたこの強靭な人間集団を率いて、佐蔵はついに石油業界という本来の主戦場への復帰を目指します。しかし、彼らの前に用意されていたのは、誰もが尻込みするような命に関わるあまりにも過酷なミッションだったのです。昭和21年、1946年の春。日本中が敗戦の深い虚脱状態から抜け出せずにいた中、日本の石油業界に対して GHQ からある過酷な指令が下されました。それは全国の沿岸に雨ざらしで放置されている旧海軍の貯油タンクの底に分厚く溜まったドロドロの廃油をすべて手作業で回収し、再び使用できるように再生せよという途方もない命令でした。一滴の油すら血の一滴にも等しいほど貴重な時代とはいえ、その回収作業は常軌を逸するほど困難かつ、文字通り命に関わるほど危険極まりないものだったのです。空襲で激しく破壊され、土砂や雨水にまみれた巨大なタンクの内部は、一切の光を拒絶する真っ暗で不気味な静寂に包まれています。その底にどのような猛毒ガスが充満しているかも全くわからず、ほんのわずかな火の気でもあれば、瞬時に大爆発を起こす恐ろしい危険をはらんでいました。事実、近隣で遊んでいた小学生がいたずらでタンクの中にマッチを落とし、大音響とともに爆発を引き起こして尊い命を落とすという、あまりにも痛ましい惨事すら実際に起きていたのです。
あの戦争の末期、一滴の油まで使い尽くそうと血眼になっていた海軍でさえ、あまりの危険さに放置せざるを得なかった呪われたタンク。同業他社は、そんな自殺行為のような泥仕事など到底できるわけがない、と一斉に尻込みして逃げ出してしまいました。しかし、仕事を持たない1000名もの社員を抱えていた佐蔵は、この誰もが嫌がる泥まみれの難事業をただ一社単独で引き受けるという驚くべき決断を下したのです。何としてでも家族を食わせ、再び石油の商いに命をつなぐための壮絶な覚悟でした。仕事があるだけでもありがたい。どんなに困難で危険な任務であろうとも、我々出光の力で必ずやり抜いてみせる。この決死の作業の陣頭指揮を任されたのは、あの南方の七から奇跡の生還を果たした腹心、石田正美でした。彼の気迫に満ちた号令のもと、全国8カ所に点在するタンクへと若き社員たちが次々と派遣されていきます。中でも最大規模を誇ったのが、かつて海軍の巨大な燃料廠が存在し、空襲によって焦土と化していた山口県の徳山でした。徳山の現場で若者たちを待っていたのは、文字通り地獄の底を這いずるような過酷な作業環境でした。防毒マスクや安全装備などという便利なものは一切存在しません。彼らは見えない有毒ガスへの恐怖を必死に押し殺し、ふんどし一枚の裸になって腰に細い命綱だけを固く結びつけます。そしてツンと鼻をつく強烈な悪臭が立ち込める暗闇の底へ向かって、頼りない縄ばしごだけを伝い、決死の覚悟で次々と降りていったのです。タンクの底には泥と雨水が混ざり合ったヘドロのような分厚い廃油が底知れぬ沼のように堆積していました。足を取られないよう藁を巻きつけただけの足でドロドロの油の中に踏み入り、スコップで一杯ずつ丁寧にバケツにすくい上げては、地上へとリレー方式で懸命に引き上げていきます。真っ暗な中で一歩でも足を踏み外せば、そのまま底なしの油に飲み込まれて命を落としかねない極限の緊張感が常に強いられる壮絶な肉体労働でした。全身にべったりとこびりついた真っ黒な廃油は、若者たちの皮膚を容赦なくただれさせ、激しい痛みを伴う炎症を引き起こしていきます。その体に染みついた強烈な悪臭ゆえに、作業を終えて家に帰っても、家族から臭いから近寄らないでと家に入るのを拒絶される者までいたほどです。さらに、直径わずか30センチほどの狭く暗い排水管の中に身をよじって潜り込み、このまま油漬けになって死ぬのではないかという絶対的な恐怖に全身を震わせながら点検を行う者もいました。それでも出光の若者たちは誰一人として音を上げず、この地獄のような現場から逃げ出そうとはしませんでした。会社は私財を投げ打ってでも自分たちを絶対に見捨てずに家族として守り抜いてくれている。ならば我々も命を懸けてこの困難を乗り越えてみせる。過酷な状況に追い込まれれば追い込まれるほど、彼らの心には佐蔵に対する強烈な抱怨の念と、互いを支え合う鉄の絆が赤々と燃え上がっていたのです。容赦ない真夏の炎天下。悪臭と熱気が渦巻く徳山の現場に、ある一人の銀行幹部が視察に訪れました。元賞金銀行の門司支店副支配人を務めた増林文治という人物です。融資の確かな判断材料とするため、
出光の過酷な作業現場が果たしていかなるものか、銀行マンとしての厳しい目で視察にやってきたのでした。しかし、そこで彼が目の当たりにしたのは、常識では到底考えられないような圧倒的な人間の力に満ちた光景だったのです。ドロドロの油にまみれ、顔も体も真っ黒に染まった若者たちが、過酷な労働に対する不平不満を漏らすどころか、泥だらけの顔に白い歯を見せて、朗らかに笑い合っているのです。おい、しっかり引き上げろよ。まだまだいけるぞ。彼らは大きな声でお互いを励まし合いながら、次々と底知れぬタンクの暗闇へと、少しの迷いもなく元気に飛び込んでいきます。その信じられないほど意気転校で生命力にあふれた姿に、厳しい視察に来たはずの増林は、完全に言葉を失いました。どれほど劣悪な労働環境の中に叩き込まれようとも、決して心を腐らせることなく、自らの仕事に高い誇りを持って取り組む純粋な若者たち。彼らの放つ眩しいほどの生命力と熱気に深く胸を打たれた増林は、油まみれになって働く彼らに向かって思わず静かに手を合わせていました。この会社は本物だ。現場で流される泥臭い汗が銀行の冷たい机上の計算を完全に凌駕し、絶大な信用を力強く勝ち取った決定的な瞬間でした。この地獄のような底油回収作業は休むことなく、実に1年4ヶ月もの長きにわたって続けられました。若者たちの血と汗の結晶として回収された油は2万キロリットルにも達しましたが、戦後の激しいインフレの荒波に無情にも飲み込まれ、莫大な作業コストが容赦なくかさんでしまいます。結果として出光興産はこの命がけの事業によって当時としては破格の500万円という大きな赤字を抱え込むことになってしまいました。通常の経営者であれば巨額の赤字を垂れ流した無謀な失敗事業として激しく後悔し、早々に会社の記憶から切り捨てることでしょう。しかし物事の真の本質を見抜く活眼を持つ左造にとって、この決死の作業は決して痛手でも失敗でもありませんでした。目先の金銭的な損失など完全に吹き飛んでしまうほどの黄金にも勝る3つの巨大な財産を出光興産という組織はこの極限の死闘の果てに見事につかみ取っていたからです。一つ目の財産は、いかなる過酷な絶望や肉体的な苦痛にも決して屈することのない社員たちの間に深く刻み込まれた鉄の結束力でした。二つ目は、若者たちが泥にまみれながら血と汗を流し、地域の人々と共に戦い抜いた徳山という土地との切っても切れない強い絆です。この血の滲むような過酷な現場で培われた強靭な知恵が、やがて出光の未来の歴史を大きく動かしていく、とてつもなく巨大な布石となっていきます。そして、三つ目の尊い財産。それは、悪臭と泥にまみれながらも、不平一つ言わずに、黙々と困難な任務をやり遂げた、彼らの姿を驚きをもって注視していた GHQ の担当官からの絶大な信頼でした。後に出光が巨大な権益や
理不尽な壁に激しくぶつかり、道を見失いそうになるたび、社員たちが自らの魂を奮い立たせるために繰り返し唱えた。タンクの底へ戻れという不屈の合言葉は、この戦いから確かに産声を上げたのです。敗戦後の日本の石油業界は、商社である GHQ とアメリカの巨大石油会社からなる顧問団、通称 PAG の圧倒的な支配下に置かれていました。すべての石油政策は彼らの手によって決定され、日本の業者たちはただその顔色を伺うしかありません。さらに、戦時中に力を持っていた古い統制会社の残党たちがその下で暗躍し、自らの既得権益を温存しようと虎視眈々と立ち回っていました。自由な商いを信条とする佐蔵にとって、それは決して看過することのできない歪んだ業界の姿だったのです。佐蔵はすぐさま行動を起こします。一部の特権階級だけが利益を貪る統制組織を完全に解散し、真に消費者のための自由販売への準備を直ちに進めるべきだという血の通った憲白書を書き上げました。そして占領下の絶対的な権力者である GHQ と日本政府に対し、その要求を真っ向から突きつけたのです。敗戦国の一介の民間企業が占領軍の方針に対して堂々と異を唱えるなど、当時の常識では考えられない命知らずの行為でした。しかし、この佐蔵の命がけの憲白書を読み、その並外れた気骨と幽谷の情に深く惚れ込んだ一人の男がありました。彼の名は手島春夫。かつて陸軍大佐としてチリ駐在武官を務め、スパイ養成機関である陸軍中野学校の教官までも歴任した語学と諜報のプロフェッショナルです。終戦によって軍籍を失い、浪人生活を送っていた手島でしたが、彼は極秘裏に GHQ と連絡を取り合う中で、ある重大な事実を正確に掴んでいました。手島が掴んでいたのは GHQ 内部の実情でした。GHQ は統制会社の古い体質に辟易しており、日本の石油政策を正しく導くために、古いしがらみにとらわれない公平中立な意見を求めていたのです。手島はその大役を任せられるのは、あの強烈な憲白書を書いた出光佐蔵を置いて他にはいないと確信し、密かに彼のもとへ面会を求めました。GHQ に対して、日本人の立場で中立かつ公正な意見を堂々と述べることができる人物はいないだろうか。手島のその真剣な問いかけに対し、佐蔵は一瞬の迷いも見せず、自信に満ちた力強い声で、おる、と即答しました。国を動かす巨大な権力の中枢に、出光の最も優秀な人間を単身で送り込み、業界にはびこる腐敗を根底から打ち破る。佐蔵の脳裏には、すでに一人の男の顔が鮮明に浮かんでいました。それは、いかなる過酷な修羅場においても決して取り乱すことなく、冷静沈着に大義を貫き通すことができる、出光興産が誇る最高の懐刀だったのです。佐蔵が白羽の矢を立てたのは、戦時中に南方戦線で決死の配給業務を指揮し、奇跡の生還を果たした腹心、石田正美でした。その頃、石田は山口県の徳山で、誰もが尻込みした旧海軍のタンクの底油さらいという地獄のような作業の陣頭指揮を取り、連日
泥と油にまみれていました。佐蔵はすぐさま石田を東京へと呼び戻します。底知れぬ悪臭と有毒ガスの中で死闘を繰り広げていた不屈の男が、今度は GHQ という巨大な権力の砦へと挑むことになったのです。東京に到着した石田は、手島の巧妙な手引きにより、GHQ 経済科学局から実権を移されていた法務課の実力者、ミニックとの面会を果たします。相手に無用な警戒心や先入観を与えないため、石田は当初、自分が出光興産の人間であるという身分を完全に隠して面会に臨みました。薄暗い尋問室のような空間で、戦勝国の絶対的な権力者と、敗戦国の一民間人という圧倒的な立場の差を超えた、ヒリヒリとするような知的な対決が静かに幕を開けたのです。ミニックの鋭い視線を正面から受け止めながら、石田は臆することなく、流暢で理路整然とした言葉を紡ぎ出していきました。現在の日本の石油統制組織は、戦時中の官僚的な遺物をそのまま引き継いだだけの、極めて非能率な集団に過ぎません。無駄な中間機構が多すぎて、ただ光線が高くつくだけなのです。日本の消費者を守るためには、利益を貪るだけの巨大な組織は、一刻も早く解体されなければならないと、石田は痛烈に批判しました。さらに石田は、ミニックに向かって確信に満ちた声で畳みかけます。机上の空論を振りかざすだけの役人上がりの連中ではなく、泥水にまみれてでも真にやる気のある民間の業者に直接配給を任せるべきです。それこそが最も早く日本の経済を復興させる唯一の道なのです。保身や既得権益のためではない、ただひたすらに国家と消費者の未来を思う石田の熱を帯びた言葉は、GHQ の実力者の心を確実に捉え始めていました。石田の理にかなった情熱的な主張に、ミニックは深くうなずき、大きな賛同を示しました。そして、数度の面会を重ねるうちに、彼が身分を明かし、誰もが逃げ出した危険極まりないタンクの底油さらいを黙々と成し遂げている出光興産の人間だと知ったのです。その驚きは、やがて出光という企業に対する絶大な信頼と好意へと変わっていきました。石田の命がけの直言により、厚い雲に覆われていた占領軍の政策に確かな一筋の光が差し込んだ瞬間でした。腹心である石田と手島の見事な活躍を受け、いよいよ佐蔵自身が GHQ の中枢へと直接乗り込んでいく時が来ました。彼が面会を求めたのは、日本の石油政策を背後で操るアメリカの石油顧問団、通称 PAG の上席を務めるダニエルという男でした。ダニエルは世界を牛耳る巨大資本、スタンダード石油の重要幹部であり、戦前、佐蔵がマト、上海の市場で激しい価格競争とゲリラ戦を繰り広げた因縁深い宿敵でもあったのです。戦勝国の絶対的な権力者として君臨するダニエルに対し、自分は全てを失った敗戦国の一介の敗者に過ぎません。過去の上海での激しい対立を考えれば、冷たい蔑の視線を向けられ、屈辱的な扱いを受けることは火を見るより明らかでした。いかなる屈辱を味わおうとも、日本の石油業界の未来のために耐え忍んでみせる。佐蔵は奥歯を強く噛みしめ、悲壮な覚悟を胸に秘めて、ダニエルの待つ重厚な執務室の扉を
くりと開きました。しかし、扉の向こうで待ち受けていたのは、佐蔵の冷酷な予想を完全に裏切る信じられない光景でした。豪華なデスクの向こう側に立っていたダニエルは、佐蔵の顔を見るなり、かつての衝敵に対する憎しみなどみじんも感じさせない穏やかで温かい笑顔を浮かべたのです。そして大股で歩み寄ってくると、親愛の情を込めて佐蔵に向かって力強く右手を差し出してきました。それは勝者と敗者ではなく、互いに視力を尽くして戦い抜いた男同士の再会でした。差し出された手を強く握り返す佐蔵に対し、ダニエルは静かに、しかし深い敬意を込めた声で語りかけました。出光さん、終戦後、会社に仕事も全くない絶望的な状況の中で、あなたは1000人もの復員兵の首をたったの一人も切らなかったそうだな。本当にご苦労だった。その言葉には、冷たい経営の合理性だけでは決して測ることのできない、社員という家族の命と尊厳を守り抜いた、佐蔵の途方もない覚悟に対する惜しみない称賛が込められていました。焼け野原となった敗戦の焦土の中で、莫大な借金を背負いながらも、小じをするまで見捨てないと誓い、泥水をすすって家族を守り抜いてきた佐蔵。その血のにじむような苦闘に対し、戦後初めてかけられた温かく誠実なねぎらいの言葉でした。巨大な国家権力や利直な圧力の前では決してこびず、誰よりも鋭く牙をむき出しにしてきた孤高の狼。その佐蔵の目頭が、言葉にならない静かな感動で、熱く潤んでいったのです。敗戦という深い絶望の底から立ち上がり、泥まみれになりながらも旧海軍タンクの油をさらい、GHQ の中枢にまで堂々と意見を愚信するまでになった出光興産。そのひたむきで公正な働きぶりは、占領軍の担当者たちから確かな絶大な信頼を勝ち取りつつありました。しかし、その目覚ましい復活劇を暗い憎悪と嫉妬の瞳で底意地悪く睨みつけている者たちが国内にいました。既得権益にしがみつこうとする同業他社や、統制経済の残滓を温存したい古い役人たちです。彼らにとって、戦時中から軍部や国策会社に真っ向から立てつき、常に自らの信念を曲げなかった佐蔵は、業界の秩序を乱す目障りな異端児に他なりません。出光がこのままのさばれば、自分たちの甘い汁を吸える立場が危うくなる。保身に走る彼らは、GHQ の意向を前にして、表立って出光を叩くことはできないものの、水面下で出光を完全に業界から抹殺するための陰湿で卑劣な復讐の機会を虎視眈々と狙い続けていたのです。昭和22年、1947年6月、彼らに千載一遇の好機が訪れます。新たな配給機構として、石油配給公団が発足し、全国の業者の中から実際に油を扱う販売店を正式に指定することになりました。この指定業者に選ばれなければ、実質的に石油を商う道は完全に断たれ、会社は干上がってしまいます。出光は、戦前の大陸や南方での圧倒的な販売実績と、戦後の過酷な配給業務の功績から考えて、
当然第一に指定を受けるものと固く信じて疑っていませんでした。しかし、出光の復活を極度に恐れた商工省の官僚や統制会社の残党たちは、極秘裏に作成した販売業者指定要領の中に恐るべき罠を仕掛けていました。販売店となるための資格の一つに、海外引き上げ者という項目がありました。外地で広大な販売網を築いていた出光は、当然この引き上げ者に該当するはずです。ところが、彼らが密かに練り上げたその条文には、常識では考えられないような不可解極まる一文がひっそりと忍ばせられていたのです。内地に本社を有し、その支社が外地で活躍していた者は、販売実績を外地に有するも、海外引き上げ者とは認めない。それは、満州や中国大陸、南方といった海外を主戦場としながらも、あえて門司や東京に本社を置き続けていた出光興産だけをピンポイントで指定から除外するための文章でした。他のどの企業でもない。ただ、出光一社のみを合法的に抹殺するためだけに、悪意をもって周到に捏造された恐ろしい毒入りの条文だったのです。もしこの要領が誰の目にも止まらぬまま正式に承認されれば、出光は永遠に石油販売の舞台から締め出され、1000人の社員と共に路頭に迷うことになります。まさに音もなく忍び寄る暗殺者の刃でした。官僚たちは、これはまだ GHQ にも見せていない極秘事項だ、と固く口止めし、根回しが完全に終わった段階で一気に発表して、出光の息の根を止めようと企んでいました。しかし、天はまたしても、さぞを見捨てることはありませんでした。ある日のこと、地方へと出張していた商工省の担当課長が、地元の同業者たちを交えた夜の酒席で、つい得意げに口を滑らせてしまったのです。実はここだけの極秘の話だがね、あのうるさい出光を、今回の指定から完全に外す手はずが整っているんだ。酒の勢いに任せて漏らしたその重大な機密情報は、壁に耳あり、障子に目ありの言葉通り、たまたまその場に居合わせていた地方の出光社員の耳に、運命的に飛び込んできたのです。その恐るべき内容を耳にした瞬間、社員の顔からは一気に血の気が引きました。このままでは会社が役人たちの謀略によって完全に潰されてしまう。一刻の猶予も許されない絶対絶命の危機です。すぐに東京の佐蔵へ知らせなければなりませんが、当時は電話を一本申し込んでからつながるまでに平気で数時間も待たされるような時代でした。もたもたしていれば、あっという間に毒入りの法律が施行されてしまいます。電話など待っていられるか。自分が直接東京の店主にこの危機を伝えるしかない。社員はすべてを放り出し、直ちに駅へと全力で駆け出しました。そして息を切らせながら、当時東京と博多を結んでいた特急列車鳩に間一髪で飛び乗ったのです。普段であれば本社からの緊急指令を地方へと伝えるために使われる特急列車。しかしこの時ばかりは地方から本社へと逆方向に向かって決死の急報を運ぶことになりました。昼夜を問わず走り続ける列車の車内で、
社員は焦燥感に苛まれながらもひたすらに東京への到着を祈り続けました。これが後に出光の社史において伝説として語り継がれることになる逆ハトビンの決死の奇跡です。梅炎にまみれ疲労困憊しながらもついに東京の本社へ駆け込んだ社員から息も絶え絶えに報告を受けた佐三。その卑劣極まりない企みの全貌を知った瞬間、佐三の全身の血が逆流し、激しい怒りのマグマが凄まじい勢いで噴出しました。権力を笠に着て、陰でこそこそと悪どい罠を仕掛けるとは、腐りきった役人どもめ。真正面からの戦いを避け、書類の文言一つで、真面目に働く1000人の家族の命を奪おうとする官僚たちのやり口は、正々堂々を重んじる佐三にとって、絶対に許しがたい、悪逆非道でした。佐三は、烈火のごとく怒り狂い、すぐさま、商工省へと怒鳴り込みに行きます。こんな理不尽で不当な条文が許されるはずがない。直ちに撤回しろと、担当者を激しく問い詰めました。しかし、官僚たちが素直に非を認めるはずもなく、のらりくらりと責任を逃れようとします。佐三は彼らを相手にせず、すぐさま最高権力である GHQ へと足を向けました。彼らは支援のために不当な条文で一民間企業を排除しようとしています。これは公正な自由競争を阻害する重大な違反です。佐三の理路整然とした熱い訴えと、これまでの底油さらいで培ってきた出光への確かな信頼が GHQ の心を即座に動かしました。事態の不当性を重く見た GHQ は、直ちに商工省の担当者を呼びつけ、厳しい口調で、出光を排除するための不可解な文言を今すぐ削除せよ、と厳命を下しました。占領軍の絶対的な命令を前にしては、指し物官僚たちもなすすべがありません。極秘裏に進められていた出光抹殺の陰謀は、あと一歩というところで間一髪、無残に打ち砕かれました。佐三の迅速な行動と名もなき社員の決死の逆ハトビンが巨大な罠から会社を救い出したのです。この恐るべき事件の直後、佐三は全社員に向けて厳しく、そして熱を帯びた声で訓示を行いました。この一件は我々を闇に葬ろうとしたまさに出光毒殺未遂事件である。我々は常に消費者本位の正しい道を歩いているが、それを激しく妬み、卑劣な手段で足を引っ張ろうとする敵は周囲に無数に潜んでいる。お前たち、絶対に油断するな。その言葉は、どんなに業績が回復しようとも、決して権力に対する警戒と闘争心を解いてはならないという、孤高の狼としての強烈な引き締めでした。結果として、罠を粉砕した出光は、厳しい審査を勝ち抜き、全国で29カ所の指定店を堂々と獲得しました。かつて、焼け跡で細々と出光ラジオ館の看板を掲げ、不慣れな修理作業に泥まみれになっていた社員たち。彼らは今、満面の笑みを浮かべながら、懐かしい出光の油の真新しい看板へと誇らしげに掛け替えていました。それは、敗戦で全てを失った出光興産が、数々の試練と死闘を乗り越え、ついに本来の石油の舞台へと力強くよみがえった奇跡のような復活の瞬間だったのです。
昭和24年、配給公団の指定業者として辛くも生き残った出光興産に、業界の勢力図を根本から塗り替える重大な転機が訪れます。政府が石油の輸入と卸売を民間企業に委ねる元売業者の指定を行うと発表したのです。この指定を受けられなければ、出光は永遠に他社の下請けとして細々とした配給の末端に甘んじるしかありません。佐三にとってそれは何としても勝ち取らなければならない石油業界のメインステージへの切符でした。しかし政府が掲げた元売業者への指定条件は出光にとってあまりにも残酷で絶望的な内容でした。太平洋沿岸の要衝に大規模な荷受け用の貯油タンクを有していること。それが指定を受けるための絶対の条件だったのです。戦前戦中を通じて満州や中国大陸、南方といった海外市場の開拓に全財産と情熱を注ぎ込んできた出光興産には、肝心の国内にそのような巨大なタンク施設は一つも存在していませんでした。焼け野原となった敗戦によって半世紀をかけて築き上げた海外の広大な資産はすべて容赦なく没収され、手元に残されたのは途方もない莫大な借金だけでした。国内の物理的な基盤を完全に失っていた出光にとって、今から巨大なタンクを新たに建設するための資金など、どこを叩いても出てくるはずがありません。他社が戦前から国内に温存してきた施設を武器に、次々と元売りの座へと名乗りを上げる中、出光だけがスタートラインにすら立つことを許されないという底知れぬ無力感が会社を覆い尽くしました。どんな絶体絶命の危機に陥っても、決して社員の前では弱気を見せず、不屈の闘志で跳ね返してきた孤高の狼、出光佐三。しかし、この強固な物理的な壁を前にして、さしもの彼も重い沈黙に沈みました。薄暗い天守室で、佐三は傍らに立つ弟の圭介に向かって、ぽつりとつぶやきました。出光の事業もこれで消え失せるか。それは生涯をかけて守り抜いてきた会社がついに命脈を絶たれることを覚悟したかのような、あまりにも悲痛な弱音でした。会社全体が重苦しい絶望の空気に押しつぶされそうになっていたまさにその時、再びかすかな一筋の光明を見出した男がいました。底油さらいで地獄のような現場の陣頭指揮を取り、GHQ との折衝でも見事な手腕を発揮した腹心の石田正美です。彼は新聞の片隅にひっそりと掲載されていた誰も気にも留めないような極めて小さなベタ記事に鋭い視線を釘付けにしていました。そこには出光の運命を劇的に逆転させるとてつもない情報が隠されていたのです。記事の見出しは、横浜の業者が特殊整理委員会に抗議というものでした。財閥解体によって政府に接収されていた旧三井物産の巨大なタンク群が、こともあろうに同系列のゼネラル物産に対し、極秘裏に払い下げられようとしている。それに地元の業者が噛みついたという内容です。これを知った石田は即座に佐三のもとへ駆け込みます。店主、我々が生き残るためのタンクがここにあります。その報告を受けた瞬間、佐三の目に再び強烈な闘志の炎が燃え上がりました。公共の財産であるはずの施設を身内だけで密室処理して独占しようなどと断じて許されるものではない。
佐蔵はすぐさま行動を起こし、不当な払い下げを画策する委員会に対し、真正面から猛烈な抗議を突きつけました。さらに、背後にいる GHQ をも巻き込み、これは自由競争を阻害する重大な不正行為である、と理路整然と訴え出たのです。権力による不公正を絶対に許さない佐蔵の凄まじい気迫が、巨大な密室の扉をこじ開けようとしていました。佐蔵の執念と猛烈な抗議により、ゼネラル物産への密かな払い下げ計画は見事に白紙撤回され、すべてのタンクが公平な公開入札へと持ち込まれることになりました。出光に千載一遇のチャンスが巡ってきたのです。しかし、神はまたしても佐蔵に過酷な試練を与えます。入札に参加するための保証金として、最低でも4000万円という、当時の価値で数十億円にも上る途方もない額の現金を即座に用意しなければならなかったのです。製油所はおろか、担保となるような資産を何一つ持たない出光興産に対して、国内の銀行はどこも冷たく背を向けました。元売りになれる保証もない油屋に、そんな大金を貸せるはずがない。どの銀行の窓口でも、礼証とともに門前払いを食らうばかりです。しかし、佐蔵は決して諦めませんでした。彼は単身、最後の望みをかけて、かつて賞金銀行と呼ばれた東京銀行の幹部が待つ重厚な応接室へと力強い足取りで乗り込んでいったのです。私に4000万円を貸してください。出光には担保となるような立派な施設はありません。しかし、我々にはどんな困難にも逃げ出さない社員という最高の財産があります。佐蔵は一歩も引かない真剣な眼差しで東京銀行の幹部にまっすぐに訴えかけました。巨大な銀行を前にしてのまるで丸腰での直談判。しかし、その必死の気迫を正面から受け止めた幹部は、冷たい計算を口にする代わりに、静かに、そして深くうなずいたのです。東京銀行が即座に巨額の融資を決断した背景には、ある一つの奇跡のような布石がありました。かつて誰もが逃げ出した炎天下の徳山で、有毒ガスと強烈な悪臭にまみれながら、旧海軍の底油さらいに挑み続けた出光の若者たち。その地獄のような現場を視察に訪れ、泥だらけの顔で互いを励まし合い、朗らかに笑い合う彼らの姿に、思わず手を合わせた元賞金銀行の副支配人が、社内に向けて出光の人間力を熱く語り伝えていたのです。あの会社にはいかなる苦難も乗り越える真の力がある。出光の合理的な経営と社員たちのひたむきな熱情こそが我々にとって何よりも確かな担保である。机上の数字ではなく、泥にまみれた若者たちの血と汗が冷たい計算を重んじる銀行の心を根底から動かしていました。佐蔵が目先の利益を捨て、ただひたすらに社員を守り抜くために引き受けたあの過酷な労働が、ここに来て4000万円の無担保融資という、この上ない最高の信用に変わった瞬間でした。東京銀行からの全面的な支援という最強の武器を手に入れた佐蔵は、すぐさま入札の熱い舞台へと躍り出ました。いざ結果の蓋を開けてみれば、
出光は対象となった6つのタンク群のすべてにおいて、他社を完全に圧倒する最高額を提示し、見事に一番札を獲得したのです。あまりの勢いに慌てふためいた政府の調停が入ったものの、出光は長崎、門司、宇部という西日本を抑える最重要拠点の巨大タンクを確実に自らの手中に収めました。太平洋沿岸に確固たる拠点となる巨大なタンク群を手に入れたことで、出光を縛り付けていた絶望的な条件はすべて見事にクリアされました。それは国内の同業他社や官僚たちが裏でどんなに妨害を企てようとも、もはや出光の進撃を誰にも止めることができなくなったことを意味しています。敗戦の焼け野原から無一文で立ち上がり、ラジオ修理や危険な油さらいで泥水をすすって命をつないできた社員たちの顔に、熱い歓喜の涙があふれ出しました。昭和24年3月、アメリカやイギリスの巨大な国際石油資本や、その傘下に入った国内の財閥系企業が堂々と名を連ねる中、出光興産はついに念願であった元売り業者としての正式な指定を勝ち取りました。それは完全に他人の支配を受けない民族資本の雄として、業界のメインステージへと這い上がった歴史的な瞬間です。しかし、佐蔵の目はすでに次なる巨大な敵を見据えていました。世界を牛耳る13の巨人たちとの血みどろの死闘がいよいよ幕を開けようとしていたのです。念願の元売り業者となった出光興産。しかし、それは安住の地への到達ではなく、新たな修羅場の幕開けに過ぎませんでした。日本を占領する GHQ は、海外から原油の形で輸入し、国内の設備で精製するという消費地精製主義の明確な方針を打ち出したのです。自前の海外油田も精製設備も持たない出光にとって、それは極めて不利な条件でした。しかし、当時の日本の石油会社には、自前の海外油田など一つも存在していません。原油を安定して確保できなければ、会社は瞬く間に干上がってしまいます。生き残りをかけた国内各社は、世界市場を牛耳るセブンシスターズと呼ばれる強大な国際石油資本にすがりつきました。彼らは次々と外資の莫大な資本を受け入れ、自らの独立を捨てて巨大な傘下へと下っていく道を選んだのです。業界全体が外資の軍門に下っていく中、独自の販売網を全国へと急速に広げていた出光興産のもとにも、アメリカの巨大資本カルテックスから提携の打診が舞い込んできました。最初は出光が誇る圧倒的な販売力を最大限に利用するための単なる販売提携という極めて友好的な条件で交渉はスタートします。膨大な借金を抱え、自前の製油所を持たない出光にとって、安定した油の供給源を得られるこの話は、一見すると渡りに船の申し出のようにも見えました。しかし、幾度かの交渉を重ねるにつれて、巨大資本はその恐るべき本性をはっきりとむき出しにしてきます。カルテックスの幹部は、突如として提携の条件を大きく釣り上げ、出光興産の持ち株比率を 50% にし、経営権に我々を深く介入させろ、と強圧的な態度で要求してきたのです。それは、出光興産という会社を内側から事実上乗っ取り、外資の手足として意のままに操ろうとする、極めて傲慢で受け入れがたい要求でした。このあまりにも屈辱的な要求を聞かされた瞬間、
佐蔵の腹の底から激しい怒りのマグマが凄まじい勢いで噴き出しました。資金を出してもらうこと自体には感謝するが、私の愛する会社の経営には今後指一本たりとも触れさせるわけにはいかない。佐蔵はカルテックスの幹部たちを真っ向から睨みつけ、一歩も引かずに怒鳴りつけます。日本の消費者を外資の不当な搾取から守り抜く民族資本としての誇りをたかが金で売り渡す気など毛頭ない。莫大な資本の力で相手を屈服させようとした巨大カルテルに対し、真っ向から蹴り飛ばすという前代未聞の決断。激怒したカルテックスは直ちに出光との交渉を完全に打ち切り、ターゲットを日本石油へと切り替えました。佐蔵から見れば屈辱的としか言いようのない不平等な条件で両者は提携を結び、日本の石油市場は完全に外資の分厚い支配下に置かれることになったのです。この決定的な決裂により、日本の石油業界は異常な勢力図へと塗り替えられました。莫大な資金力を持つ外資系企業と、その軍門に下った国内企業を合わせた13社の連合軍。それに対するのは、いかなる巨大な権力にもこびず、ただ一社のみで独立と消費者の利益を守り抜こうとする出光興産という構図です。ここに世に言う13対1の絶望的で孤独な戦いの火蓋が切って落とされました。当時の業界を風刺した一枚の漫画が残されています。それは鋭い日本刀を抜いて襲いかかろうとする13人の屈強な外資の巨人たちに完全に包囲されながら、たった一人で必死に刀を構え孤軍奮闘する佐蔵の姿を描いたものでした。味方は誰もいない四面楚歌の荒野で、一歩間違えれば会社が木っ端みじんに叩き潰される、息の詰まるような極限の包囲網が完成していたのです。自前の製油所を持たない出光は、元売業者に指定されたとはいえ、石油製品を自ら作り出すことができません。生き残るための唯一の手段は、他社が生成した油を融通してもらうジョイントユース制度という仕組みに頼ることでした。つまり、昨日まで激しく対立し、交渉を蹴り飛ばした敵の会社から頭を下げて商品を分けてもらわなければ商売が成り立たないという極めて脆い立場に置かれていたのです。それでも出光の若き社員たちは決して絶望することなく前を向いて戦い続けました。彼らには豪華な料亭で顧客をもてなすような接待資金はありません。屋台の赤ちょうちんの下で煙にまみれながら焼酎と安物の焼き鳥を振る舞い、泥臭く誠意だけを武器にして全国の販売網を懸命に切り開いていきました。その圧倒的な熱気と人間力によって出光の市場シェアは驚異的なスピードで拡大を続けていきます。しかし皮肉なことに出光の若者たちが汗にまみれて油を売れば売るほど国際石油カルテルの警戒心は限界を超えて膨れ上がっていきました。我々が生成した油を分けてやっているせいで出光がますます巨大化している。これでは敵に塩を送り続けているようなものではないか。彼らは出光の恐るべき販売力を底知れぬ脅威とみなし、ついに出光の息の根を完全に止めるための実力行使へと打って出ます。それは圧倒的な資金力と物量を背景にしたあまりにも卑怯で非情な兵糧攻めの開始でした。外資の傘下に入った各社は背後で示し合わせたかのように出光への石油の供給量を
露骨に絞り始めたのです。出光の営業部員たちが得意先からの注文を抱えて油の融通を頼みに行っても、各社の担当者は冷たい視線を向けるだけで、決して首を縦には振ろうとしませんでした。ある日、出光の社員が藁にもすがる思いでスタンダード石油の窓口へと足を運び、必死に油の供給を懇願しました。しかし、スタンダード石油の担当者は表情一つ変えることなく、無言のまま一枚の小さなメモ用紙を突きつけてきました。そこに英語で記されていたのは、商いの道義すらも完全に踏みにじる底意地の悪い死の宣告でした。あなた方に深く同情します。あなた方ほど気の毒な状況にある人は他にいないでしょう。しかし、今月はもうお売りする油は一滴もありません。丁寧な言葉の裏に隠された完全な供給停止の通告。商売において売るべき油を断たれるということは、戦場において兵士が撃つべき弾丸をすべて奪われることと同義です。弾丸がなければ、どれほど盛況な兵士であっても戦い抜くことなど不可能です。全国に築き上げた広大な販売網を持ちながら、売るべき商品が枯渇していくという地獄の苦しみ。巨大カルテルの理不尽な兵糧攻めによって、出光興産はまたしても存亡の危機へと追い詰められていきます。連日の重い辛労と焦燥感に苛まれ、不屈の闘志を誇る佐蔵の頬でさえも、見る影もなくげっそりと痩せこけていくのでした。巨大カルテルの卑怯な兵糧攻めに遭い、出光興産は売るべき油を完全に断たれようとしていました。国内の同業者たちも外資の軍門に下り、どこを向いても敵ばかりという絶望的な四面楚歌の状況。しかし、連日の辛労で頬をげっそりとこけさせながらも、佐蔵の鋭い眼光が国内の小さな縄張り争いに向けられることはありませんでした。彼の目は荒れ狂う太平洋のはるか向こう側、無限の広がりを持つ世界市場へとまっすぐに向けられていたのです。国内の連中が油を売ってくれないというのなら、外国から直接買い付けてくるまでのことだ。佐蔵の口から飛び出したのは、常識を根底から覆すような途方もない打開策でした。自らの手で巨大なタンカーを建造し、海を渡ってカルテルの支配が及ばない独立系の石油会社から直接油を運んでくる。それは莫大な資金とリスクを伴う危険な賭けでしたが、外資の奴隷となることを拒む出光にとっては、生き残るための唯一にして絶対の道だったのです。昭和25年、佐蔵は政府が主導する第6次造船計画に自社タンカーの建造を力強く申請しました。しかし、ここでもお役所仕事の分厚い壁が容赦なく立ちはだかります。当時の運輸省は、世界的に見てもタンカーはすでに過剰気味である。それに、海運会社でもない一階の油屋が自前のタンカーを持つなど前代未聞だ、と冷たく突き放しました。既得権益を守りたい海運業界の猛反発もあり、出光の申請は窓口で完全に門前払いを食らう形となったのです。だが、一度やると決めた佐蔵が、お役所の冷たい態度ごときで引き下がるはずがありません。年の瀬も押し迫った12月26日の夜、冷たい風が吹きすさぶ中、佐蔵は専務である弟の圭介を伴い、
官庁街へと足を運んでいました。彼らが向かったのは、国家の経済政策を握る経済安定本部の金融局長、内田恒夫の公室です。どうにかして直接思いを伝えようと、彼らは冷え切った廊下で多忙を極める局長が現れるのをじっと立ち尽くして待ち続けました。しかし、1時間が経過しても、内田局長は一向に姿を見せません。普段であれば、人を待たされることを何よりも嫌い、すぐに激しい癇癪を起こす兄の性格を誰よりも知る圭介は、生きた心地がしませんでした。いつ兄の怒りが爆発して怒鳴り込み始めるか。圭介は冷や汗を流しながら恐る恐る佐蔵の顔を伺います。ところが佐蔵は怒るどころか、壁に飾られていたトルーマン米大統領の肖像写真を指さし、思いがけない冗談を口にしたのです。なあ、圭介。あの写真の顔、なんだか俺に似ていないか。佐蔵はカラカラと笑い声を上げ、苛立つ弟の緊張をほぐすかのように、拍子抜けするほど穏やかな表情を浮かべていました。1000名の社員の命運をかけた土壇場の交渉。その極限の重圧の中でも、佐蔵の腹は座りきっており、微動だにしませんでした。待ち続けること実に2時間。夜もすっかり更け、廊下の空気も冷え切った頃、ようやく多忙な業務を終えた内田局長が、慌てた様子で公室へと姿を現したのです。大変お待たせして申し訳ありません。と、平謝りする内田に対し、佐蔵は、どうかお気になさらないでください。と、静かに頭を下げました。そして、これまでの穏やかな笑みをすっと消し去り、射抜くような真剣な眼差しで局長をまっすぐに見据えます。局長、どうしてもお聞きいただきたいお願いがあって、こうしてお待ちしておりました。私の会社は今、孤軍奮闘の喧嘩をしています。巨大な外資を相手にした13対1の絶望的な喧嘩です。部屋の空気が一瞬にして張り詰め、内田は佐蔵の放つただならぬ気迫に息を飲みました。今私が白旗を上げて巨大な外油の傘下に下れば、会社も潰れずに済み、1000人の愛する社員たちも確実に助かるでしょう。佐蔵の言葉には血を吐くような苦悩と、それをねじ伏せる強靭な覚悟が込められていました。しかし、私がここで屈服すれば、誰がこの国の消費者を守るのか。それでは、日本民族が泣きます。国家の独立が失われてしまうのです。どうか、この私に戦うための武器をいただけないでしょうか。魂の底から絞り出されたような佐蔵の悲痛な叫びに、内田ははっとして怪訝な表情を浮かべました。出光さん、武器とおっしゃるのは一体何のことですか。佐蔵は一歩前に踏み出し、迷いのない力強い声で断言します。タンカーです。自らの手で自由に動かせるタンカーさえあれば、私は必ず巨大なカルテルと戦い抜いてみせます。どうか許可をお願いします。佐蔵の国を憂う純粋な熱情と、あまりにも壮絶な覚悟に深く心を打たれた内田局長は、この案件を力強く後押しすることを約束しました。そして翌年の1月、タンカー建造の追加枠をめぐる聴聞会がついに開かれます。しかし、ここでも既存の海運会社たちや役人が
船の素人である油屋にタンカーを持たせるなど言語道断だ、と猛反発し、会議は数時間にも及ぶ泥沼の激論となりました。既得権益の壁はどこまでも分厚く立ちふさがっていたのです。会議室に怒号と反対意見が飛び交い、出光のタンカー建造計画がまたしても暗礁に乗り上げようとしていたその時でした。重苦しい空気を真っ二つに切り裂くように、時の運輸大臣である山崎武が静かに、しかし威厳に満ちた声で口を開きました。議論はそこまでだ。この枠は出光に決めようじゃないか。突然の力強い裁断に、反対派の役人や海運業者たちはあんぐりと口を開け、一瞬にして言葉を失い、静まり返りました。唖然とする周囲をよそに、山崎大臣はさらに言葉を畳みかけました。水産会社だって、魚を取るために自前で立派な捕鯨船を持って仕事をしているじゃないか。石油会社が自らの油を運ぶためにタンカーを持って一体何が悪いというのだ。権益に縛られない、物事の本質をついた極めて真っ当な大臣の鶴の一声でした。この歴史的な大英断により、数々の理不尽な壁を打ち破り、ついに出光興産の自社タンカー建造が正式に許可されたのです。待ちに待った建造許可を勝ち取った佐三は、すぐさま播磨造船所へと船の発注を行います。しかし、そこで発表されたタンカーの規模は、世間や業界の度肝を抜く常識外れのものだったのです。当時、大型タンカーといえば、1万2000トンクラスがせいぜいであった時代に、佐三が発注したのは、なんと1万8500トンという、当時世界最大クラスのマンモスタンカーでした。誰の目にも、一民間企業が背負うには、あまりにも巨大すぎる、無謀な賭けに移りました。出光の親父も、とうとう頭がおかしくなったか。あんなバカでかい船を作って、いずれあの船と一緒に海の底へ侵入する気だろう。同業者たちは一斉に冷ややかな嘲笑を浴びせ、誰もが佐三の破滅を予想しました。しかし、佐三はそんな卑笑な雑音など、どこ吹く風とばかりに豪快に笑い飛ばします。彼の目には、巨大なタンカーが大海原を切り裂き、日本の消費者のために安くて良質な油をなみなみと運んでくる未来の姿がはっきりと見えていたのです。播磨の海で巨大な船体が徐々に形を現していく中、佐三は全国から集まった支店長会議の席上で誇らしげに、そして熱気を帯びた声で高らかに宣言しました。皆の者、よく聞け。私はついに戦うための要塞も武器もすべて完備した思いである。昭和26年秋、巨大な汽笛とともに、後に世界を震撼させる歴史的タンカー、日照丸2世が堂々たる産声を上げました。この無敵の武器を手に、孤高の狼はいよいよ太平洋の向こう側へと、怒涛の逆襲に打って出るのです。昭和26年の秋、日本中から嘲笑を浴びながらも完成させた世界最大級のマンモスタンカー、日照丸2世は、ついに巨大な汽笛を鳴らして処女航海へと旅立ちました。向かう先は太平洋の荒波を越えた遥か彼方。
アメリカ西海岸のサンフランシスコです。国内の同業者たちが外資の傘下に下り、売るべき油を断たれる兵糧攻めに苦しんでいた出光興産。佐蔵はカルテルの支配が及ばない新天地から自らの手で直接油を買い付けるという起死回生の大逆転劇にいよいよ打って出たのです。日照丸の出港に先立ち、佐蔵はすでに周到な布石を打っていました。陸軍中野学校の元教官であり、卓越した語学力と交渉術を持つ腹心、手島春夫らを極秘裏にアメリカへと先行派遣していたのです。手島たちに課せられた任務は、日本の市場を牛耳る巨大な国際石油カルテルの目を巧妙に盗むことでした。そして、カルテルの支配下にないアメリカ国内の独立系石油会社を這いずり回って探し出し、質の高い高オクタン化ガソリンを直接買い付けるという極めて困難なミッションだったのです。手島たちの決死の奔走により、アメリカの独立系企業から安くて良質なガソリンを買い付ける交渉は見事に成立しました。しかし、自らの手で輸入を行うには乗り越えなければならない巨大な壁がありました。アメリカで油を買い、日本へ運び、広大な販売網を通じて消費者に届け、代金を回収するまでには少なくとも7ヶ月という長い歳月がかかります。その期間の支払いをつなぐための莫大な運転資金をどうやって調達するのか。手持ちの資金に余裕のない出光にとって、それは致命的な問題でした。佐蔵は直ちに日本銀行へと足を運び、営業部長に直接面会を求めました。どうか7ヶ月の長期手形の再割引を認めていただきたい。と、大地域小売業という独自の販売システムが抱える資金繰りの事情を熱を込めて説明します。しかし、日銀の担当者は冷ややかな表情を崩しませんでした。考え方は立派ですが、3ヶ月以上の手形を割り引くような特例を認めれば、インフレを引き起こす原因になります。お役所仕事の冷たい壁が、佐蔵の悲痛な願いをあっさりと跳ねのけたのです。それでは、日銀の金融政策が出光の経営よりも遅れているという証拠じゃないですか。佐蔵は鋭い言葉で切り返しましたが、担当者は苦笑いを浮かべるだけで、決して首を縦には振ろうとしませんでした。国を代表する中央銀行から見放され、資金調達の道は完全に暗礁に乗り上げてしまいます。18,500トンもの巨大タンカーを動かすための血液である資金がなければ、日照丸はただの鉄の塊に過ぎません。出光の逆襲のシナリオは、早くも頓挫の危機に直面していました。一方その頃、アメリカのサンフランシスコ湾には、巨大な鋼鉄の城が静かに滑り込んでいました。ゴールデンゲートブリッジをくぐり抜けて現れた日照丸2世の圧倒的な異様は、港にいたアメリカ人たちの度肝を抜きました。敗戦で焦土と化したはずの日本から、アメリカの船すら凌駕する世界最大級のタンカーがやってきたのです。好奇心旺盛な現地の新聞や市民たちが港へと殺到し、日照丸は瞬く間に西海岸で大きな注目の的となっていました。この熱狂を目の当たりにした手島は、一計を案じました。日照丸の処女航海を披露するため、豪華な客船やホテルではなく、あえて日照丸の巨大な甲板そのものを会場にして、アットホームな船上レセプションパーティーを大々的に開催したのです。招待客の中には、アメリカの財界を動かす有力者たちが多数顔を揃えていました。その中に、
出光の運命を劇的に変えることになる一人の男の姿がありました。世界最大の銀行、バンク・オブ・アメリカ、BOA の極東担当営業部長です。BOA の営業部長は、日照丸の驚異的な規模と性能を目の当たりにし、深い感銘を受けていました。さらに、手島や日本から駆けつけていた圭介の口から、出光興産が国際カルテルに屈することなく、消費者のために戦い続ける独立経営の理念を聞かされます。資本金や目先の担保ではない。我々は自立して戦うあなた方のその合理的な経営にこそ価値を見出したのだ。アメリカの合理主義とフロンティアスピリットが出光の不屈の魂に強く共鳴した瞬間でした。帰国した圭介はすぐさま BOA の東京支店長と面会を果たします。そこで提示されたのは、日本の銀行が顔を青ざめて貸し渋った額をはるかに超える400万ドル、日本円にして約14億円という巨額の融資でした。しかも、工場や土地といった目に見える無担保での貸し出しです。日本の中央銀行に見捨てられた佐三が、皮肉にも世界最強の資金力を持つアメリカの巨大銀行を味方につけたのです。資金という最強の弾丸を得て、日照丸はいよいよ本格的な石油輸入へと乗り出します。昭和27年、サンフランシスコ講和条約が発効し、日本が占領下から脱して自由に外貨を使えるようになった、まさに絶好のタイミングでした。日照丸はアメリカの独立系石油会社から買い付けた、当時日本では考えられなかったほどの高品質なガソリンを腹の底まで満載し、意気揚々と日本へ帰還を果たします。それは質の悪い油を押し付けられていた日本の消費者にとって、まさに待ちに待った安くて良質な油の到来でした。佐三はこの画期的なガソリンにふさわしい名前を考え始めます。ある日、佐三が試作にふけりながら銀座の街を歩いていた時のことです。ふと見上げた一軒のブリキ屋の看板に彼の視線が釘付けになりました。そこに描かれていたのは、髪を風になびかせ、力強く前を見据えるギリシャ神話の太陽神の横顔でした。これだ。この吐き出すような積極的な響きと圧倒的なスピード感こそが、私たちの新しいガソリンにふさわしい。その力強いデザインに一目惚れした佐三の胸の高鳴りは、もはや抑えきれないものになっていました。佐三はすぐさま部下に命じて、その看板のマークの出所を徹底的に調べさせました。それは、関西ペイントという会社が保有している商標権であることが判明します。出光の熱意ある交渉の末、関西ペイントから商標を譲り受けることに成功しました。太陽の神の名を冠した出光の新しいガソリン。その名もアポロ。巨大なカルテルの暗い支配を打ち破り、日本の石油市場に新たな光をもたらすという佐三の決意が、この3文字に込められていたのです。アポロ誕生の喜びを世間に示すかのように、銀座の歌舞伎座横にある出光興産本社の屋上には、巨大なネオンサインが誇らしげに掲げられました。夜の帳が降りると、赤々と光り輝く太陽神の横顔が、戦後の復興期にある東京の夜空を鮮やかに彩ります。それは、焼け野原の中で全てを失いながらも、
愚痴をやめよと立ち上がった出光興産が、数々の理不尽な包囲網を実力で打ち破り、力強く蘇ったことを象徴する勝利の光でもありました。市場に解き放たれたアポロガソリンの威力は凄まじいものでした。高億単価の良質な油でありながら、外資系企業が売るガソリンよりもはるかに価格が安かったのです。品質の良さと価格の安さに驚いた消費者は、競うように出光のガソリンスタンドへと殺到しました。アポロは文字通り飛ぶように売れ、出光の国内シェアは一気に第3位へと躍進します。外資の油を使っていたトラックやタクシーが、次々と出光のマークを掲げた店舗に列を作るようになりました。アポロの爆発的なヒットにより、これまで不当に価格を吊り上げ、日本の市場で暴利を貪っていた外資系企業は、自分たちの原価の安さを白日のもとにさらされる結果となりました。もはや言い逃れができなくなった彼らは、消費者の批判を恐れて、しぶしぶながらガソリンの値下げを余儀なくされたのです。13対1という絶望的な包囲網の中で、決して屈することのなかったたった一社の執念が、結果的に日本中の消費者に多大な利益をもたらした痛快極まる大逆転劇でした。たった一社の執念がもたらした奇跡の勝利に日本中が沸き立ち、出光はさらなる躍進の道を突き進むかに見えました。ですが、その栄光の光が強くなればなるほど、影もまた深く、暗く、出光の足元に忍び寄っていたのです。この痛快な大逆転劇に、煮え湯を飲まされた国際石油カルテルが、このまま黙って引き下がるはずがありませんでした。牙を向いた彼らは、出光の息の根を完全に止めるため、より強固な包囲網を、ついには日照丸が向かうアメリカ本土にまで張り巡らせようと画策し始めたのです。来たるべき嵐の気配が太平洋に満ちる中、出光の元売りとしての真価を試す、かつてない戦いの嵐が静かに幕を開けようとしていました。昭和27年、巨大タンカー日照丸2世は、5回目のガソリン買い付けのため、太平洋の荒波をかき分けて、アメリカ西海岸のロサンゼルスへと向かっていました。過去4回の航海で、出光はアメリカの独立系石油会社から独自のルートで良質なガソリンを直接買い付けることに成功し、大きな自信を深めています。今回もまた、順調に油を満載して帰れるはずだと、誰もが固く信じて疑っていませんでした。しかし、広大な太平洋の真ん中を航行している最中、突如として日照丸の無線室に不吉な電信が飛び込んできたのです。商談を保護にしたい。油は売れない。それは、今回の取引先であったアメリカの産石油からの一方的な契約破棄の通告でした。驚愕した佐三が急いで背後関係を調べさせると、恐るべき事実が判明します。世界市場を牛耳る国際カルテルの巨大な手が産石油にまで伸び、出光に油を売れば今後の取引を一切停止するという猛烈な圧力をかけていたのです。太平洋のど真ん中で売るべき油を根こそぎ奪われるという絶体絶命の危機。見えざる敵の巨大な牙がついに日照丸の喉元へと深く突き刺さったのです。カルテルの圧力に屈してここまで来て手ぶらで帰れるものか。知らせを受けた佐三は東京の本社で激しい怒りに身を震わせながら即座に反撃の指示を飛ばしました。
彼はアメリカに駐在していた手島春夫に対し、カルテルの監視網をかいくぐって、何としてでも新たな独立系の取引先を探し出すよう厳命を下します。絶望的な状況下で、手島はアメリカ全土の石油会社に血眼になって接触を試み、ついにカルテルの支配が及ばない新たな供給源を見つけ出しました。しかし、その場所は予想をはるかに超える遠隔地だったのです。日照丸の行き先をロサンゼルスから変更せよ。向かう先はメキシコ湾に面したヒューストンだ。新たな目的地を告げる無電を受け取った新田達夫船長は、海図を広げて思わず息を飲みました。ロサンゼルスからヒューストンへ向かうには、アメリカ大陸の南を大きく迂回し、難所として知られるパナマ運河を通過しなければなりません。それは当初の計画をはるかに上回るとてつもない大航海を意味していました。しかし、新田船長は一切の迷いを見せず、面舵を切って日照丸の巨大な舳先を力強く南へと向けたのです。航路の変更は船乗りたちにとってさらなる過酷な試練を引き起こすことになります。ヒューストンで新たなガソリンを積み込むためには、これまでの航海で汚れた巨大なタンクの内部を隅々まで完璧に清掃しなければなりませんでした。通常、タンカーのタンク清掃、クリーニングは、荷揚港に到着してから専門の業者に依頼して行われるのが業界の常識です。しかし、今回のような緊急事態において、悠長に専門業者を手配している余裕などどこにもありませんでした。もし途中の港で清掃業者を雇い入れれば、たちまちその情報が国際カルテルの巨大な情報網に察知されてしまいます。出光のタンカーがヒューストンへ向かっていると居場所が割れれば、再び新たな取引先に対して凄まじい圧力がかけられ、今度こそ完全に油の供給を断たれてしまう危険性が極めて高かったのです。敵の目を欺き、秘密裏にヒューストンへと滑り込むためには、港へ立ち寄ることなく清掃を済ませなければなりません。絶望的な状況の中で、新田船長は常識を覆すある決断を下します。業者が使えないのなら、我々乗組員の手で航海中にタンクを自ら清掃するしかない。それはタンカーの乗組員にとって文字通り命を懸けた決死の作業を意味していました。空になったとはいえ、巨大なタンクの底には揮発性の高い油の残留物がこびりつき、猛毒のガスが充満しています。少しの摩擦で生じる火花すら、船全体を吹き飛ばす大爆発を引き起こしかねない恐ろしい空間です。しかし、出光の男たちにためらいはありません。会社を救うためだ。やりましょう。と、全員が力強くうなずき合ったのです。日照丸が赤道直下の熱帯海域に差し掛かると、容赦のない灼熱の太陽が鉄の甲板をじりじりと焼き焦がしていきました。タンクの内部は外の熱気を吸い込んで、まるで巨大なオーブンのように熱せられ、息をするのも苦しいほどの灼熱地獄と化しています。有毒ガスと熱気が渦巻くその密閉空間へ、乗組員たちは決死の覚悟で挑まなければなりません。命綱を固く結び、彼らは真っ暗なタンクの底へと続く細いはしごを一人また一人と慎重に降りていきました。ただでさえ猛烈な暑さの中、乗組員たちは有毒な油から皮膚を守るため、
風通しの全くない分厚いゴムカッパを着込み、重い長靴を履いて作業に臨みました。少し動くだけで滝のような汗が噴き出し、ゴムカッパの中はすぐにサウナのような状態になります。酸欠と有毒ガスで意識が遠のきそうになるのを必死に耐えながら、彼らは手作業でタンクの壁面にこびりついた油の汚れを削り落としていきました。極限の肉体労働は彼らの体力を容赦なく奪い尽くしていきます。まるであの時の地獄の再現ではないか。油まみれになりながら息も絶え絶えに作業を続ける乗組員たちの脳裏には、かつて焦土と化した日本で挑んだ旧海軍タンクの底油さらいの凄絶な記憶がよみがえっていました。泥と悪臭にまみれ、決死の覚悟でタンクの底へと潜ったあの過酷な労働。どんな絶望的な困難にも決して屈しないという出光の若者たちの魂に刻み込まれた強靭な鉄の結束力が、この太平洋のど真ん中で再び燃え上がっていたのです。連日連夜に及ぶ10日間もの壮絶な死闘の末、乗組員たちはついに巨大なタンクすべての清掃を自らの手で完璧に成し遂げました。カルテルの妨害をかわし、パナマ運河を越えて日照丸がヒューストン港に接岸したとき、現地の関係者たちはその光景に言葉を失い驚愕します。船から降りてきた乗組員たちの顔や手足は、漏れ出した有毒な石油によって無残にただれ、真っ白な鉱薬が痛々しく塗られていたのです。自らの身を削ってまで職務を全うする日本人の凄まじい執念に、彼らはただ畏敬の念を抱くしかありませんでした。アメリカの独立系石油会社からゲリラのように油をかき集め、カルテルの分厚い包囲網に懸命に風穴を開けようとする出光興産。しかし、この過酷なパナマ運河越えの死闘は、佐蔵の胸にある冷酷な事実を突きつけていました。アメリカの独立系企業から細々と買い付けているだけでは、いずれ必ず限界が来る。カルテルの妨害はさらに激しさを増し、我々の首を確実に締めに来るだろう。13対1という絶望的な包囲網を完全に粉砕するためには、もっと根本的で巨大な打開策が必要不可欠だったのです。世界を支配する国際石油カルテルの壁を完全に打ち破るためには、その支配下にある国ではなく、独自の力を持った巨大な産油国と直接手を結ぶしかない。限界を悟った佐蔵の鋭い活眼は、やがてアメリカ大陸を離れ、世界の石油の心臓部ともいえる中東の広大な砂漠へと向けられていきました。そこで彼が着目したのは、大英帝国による長年の理不尽な搾取に反旗を翻し、石油の国有化を堂々と宣言した果敢なる独立国家でした。しかし、その国は今、世界中から完全に孤立するという絶望的な危機に瀕していたのです。その国の名はイラン。強大なイギリス海軍の威嚇を受け、一滴の油も売ることができずに国家存亡の淵に立たされていたイランと、カルテルの圧倒的な包囲網に苦しむ出光興産。世界市場から孤立した二つの存在が引き寄せられるように交差しようとしていました。それは大英帝国という巨大な国家権力に対し、日本の一介の民間企業が真っ向から戦いを挑むという前代未聞の死闘の幕開けを意味していました。後に世紀の海洋サスペンスと呼ばれる
日照丸事件への巨大な歯車が、今、静かに回り始めたのです。昭和26年、中東の砂漠に広がる産油国イランにおいて、世界の歴史を大きく揺るがす壮絶な政変が勃発しました。半世紀もの長きにわたり、大英帝国を後ろ盾とするアングロ・イラニアン社は、イランの地下に眠る莫大な石油利権を独占し、不当な搾取を続けてきました。その結果、富はすべて他国へと持ち去られ、イラン国民の8割が深刻な栄養失調にあえぐという、あまりにも悲惨な現実が放置されていたのです。この理不尽な状況を打破すべく、国民の絶大な支持を集めたモサデク首相は、ついに石油の国有化という歴史的な大英断を下しました。我々の血と汗の結晶である石油を、これ以上外国に奪い取られてなるものか。イラン国民の悲痛な叫びを背負った国有化宣言に対し、かつて7つの海を支配した大英帝国は激怒し、即座に牙を向きました。彼らは誇り高き巨大な軍艦の艦隊をペルシャ湾の海域へと多数派遣し、イランの沖合を完全に封鎖するという強硬な軍事的威嚇に打って出たのです。それは、独立を求めて立ち上がった小国に対する圧倒的な武力と権力を重に来た容赦のない報復行動でした。大英帝国の怒りはそれだけにとどまりませんでした。イランを支援しようと石油の買い付けに向かったイタリア船籍のタンカー、ローズマリー号を海上で発見するや否や、力ずくで容赦なく拿捕したのです。そして、イランから一滴でも油を買おうとする者は、すべて大英帝国の敵とみなす、という恐るべき警告を世界中に向けて発信しました。この強烈な恫喝の前に、世界中の石油会社は恐怖に震え上がり、一斉にイランから手を引いてしまいます。世界最大の産油国でありながら、イランは一滴の油も売ることができず、国家存亡の絶望的な危機へと突き落とされたのです。四面楚歌となり、世界の市場から完全に孤立してしまったイラン。しかし、彼らは決して諦めず、世界中に密使を放って、自国の窮状を救ってくれる勇気ある買い手を探し求めていました。昭和27年の春、一人のイラン人が極秘裏に東京の土を踏みます。彼の名はホスロブ・シャヒ。イランの石油売買の交渉権を握る浅黒い肌と大きな瞳を持つ匿名バイヤーでした。彼は同郷の福岡県出身であるブリヂストンタイヤの創業者、石橋正二郎の強力な仲介を得て、出光興産の専務である出光圭介との極秘面会を果たしたのです。東京麻布にある石橋の邸宅に招かれた圭介の前に現れたホスロブ・シャヒは、悲痛な面持ちで切々と母国の危機を訴えかけました。アバダンの巨大なタンクには、今も良質な石油が行き場を失って溢れ返っているのです。もしこのまま買い手が現れなければ、我々は石油の洪水の中で生き絶え、再びイギリスの残酷な植民地へと逆戻りしてしまいます。身振りを交えながら訴える彼の瞳には、大国の理不尽な圧力に踏みにじられまいとする独立への燃え盛る執念が宿っていました。独立のために命がけで戦う我々から、どうか油を買ってはくれないだろうか。巨大な権力によって不当に虐げられているイランの姿は、国際カルテルの凄まじい包囲網の中で孤軍奮闘を続ける出光興産の境遇と、どこか深く重なり合うものがありました。
温厚な圭介の心は異国の男の必死の訴えに強く揺さぶられます。圭介はすぐさま本社へと戻り、兄である佐三に対して、イランの石油を直接買い付けるべきではないか、と熱っぽく進言しました。しかし、圭介の熱意ある報告を聞いた佐三の反応は、予想に反して冷ややかなものでした。時期尚早だ。今はまだ動く時ではない。と佐三は静かに首を横に振ったのです。独立を回復したばかりの日本が、大英帝国の怒りを真正面から買うような真似ができるはずがない。それが当時の日本の政財界における誰もが疑いようのない絶対的な常識でした。もし一介の民間企業に過ぎない出光興産がイギリスの強力な海上封鎖を破ってイランの油を買えば、間違いなく世界最強の海軍を完全に敵に回すことになります。それは会社の存続はおろか、日本という国家の立場すらも危うくしかねない、あまりにも無謀で自殺行為にも等しい賭けに思えたのです。表向きにはイランの密使からの懇願を冷たく退け、完全に沈黙を守っているかのように見えた佐三。しかし彼の鋭い活眼は決して閉じられてはいませんでした。水面下で佐三は会社のあらゆる情報網をフル稼働させ、世界情勢のわずかな変化を血眼になって追い続けていたのです。アメリカの国務省や CIA の背後の思惑、そしてオランダにある国際司法裁判所の法的な動向など、膨大な情報を集め、大国同士の複雑なパワーゲームの行方を冷ややかに分析し続けていました。世界情勢を紐解く中で、佐三の胸には大英帝国に対する激しい義憤が湧き上がっていました。イランの国土は日本の4倍半にも及びながら、その富のほとんどはイギリスへと不当に吸い上げられ、労働者たちは過酷な労働を強いられています。アバダンの豪華なクラブでイギリス人たちが優雅に過ごす一方で、道路を一つ隔てた先では、イランの民衆がトラコーマなどの風土病や飢えに苦しんでいる。これほど非人道的な搾取が許されていいはずがない。彼らの国有化は国家としての当然の権利ではないか。佐三の心の中で正義の天秤が大きく揺れ動いていました。その年の夏、佐三の慎重な姿勢を決定的に突き崩すある重要な人物との極秘接触がありました。アメリカの著名なコンサルタントであり、国際政治の裏舞台に通じているポール・ B ・コフマンが来日し、佐三に面会を求めてきたのです。大統領の側近をも務めた大物であるコフマンは、以前から接触のあったマホーニーと共に極秘裏に動いていました。彼らがもたらした情報は、イギリスの強固な包囲網の裏で密かに進む驚くべき国際政治の地殻変動を示唆するものでした。出光さん、状況は大きく変わろうとしています。アメリカ政府はイギリスの強硬姿勢をなだめ、密かにイランの石油国有化を容認する方向へと舵を切り始めているのです。コフマンがもたらしたその極秘情報は、佐三が待ち望んでいた大義名分と正気をはっきりと示すものでした。もしアメリカがイランの国有化を事実上認めるのであれば、日本がイランの油を買っても国際法上も道義上も全く問題はないはずだ。イギリスの一方的な脅し文句など、もはや恐れるに足らない苔脅しに過ぎない。さらにコフマンは、佐三の背中を強く押す決定的なカードを切りました。モサデク首相本人が、
日本の代表が直接イランに赴くのであれば、必ず直接会って交渉に応じると明確に約束してくれました。イランは出光の決断を待ち焦がれているのです。イギリスの軍事的な脅威という分厚い氷壁の向こう側に、確かに開かれた希望の扉。大義名分は立ち、称賛の道筋ははっきりと見えました。佐三は深く息を吸い込み、ゆっくりと立ち上がると、眼鏡の奥で虎のような鋭い眼光を放ちました。機は熟した。これまであらゆる情報を集め、誰よりも慎重に石橋を叩いてきた男が、ついにその橋を猛然と渡り始める瞬間でした。出光興産の未来だけでなく、日本のエネルギーの歴史を根本から覆す途方もない大決断です。もし失敗すれば、出光は国際社会から完全に孤立し、会社の命脈は絶たれるでしょう。しかし、ここで立ち上がらなければ、日本の消費者は永遠に国際カルテルの搾取の下で苦しみ続けることになります。よし、やりましょう。佐三の腹の底から絞り出された力強い声が部屋の空気をビリビリと震わせました。彼はコフマンに向かって力強く右手を差し出し、固い握手を交わしたのです。イギリス海軍の厳重な警戒網を突破し、国有化宣言後、世界で初めてイランからの石油直接輸入を決行する。それは、敗戦国の一介の民間企業に過ぎない出光興産が、かつて7つの海を支配した大英帝国という巨大な国家権力に対し、真っ向から喧嘩を売るという壮絶な宣戦布告でした。国際カルテルの巨大な支配を根底から打ち破り、誰にも縛られない自由な油を日本の消費者のもとへ届ける。黄金の奴隷になるな。消費者のために尽くせ。という若き日に恩師から叩き込まれた至根詳細の教えが今地球規模の大舞台で試されようとしていました。すべてをかけた孤独な戦いに挑むため、佐三は水面下で最も信頼する腹心たちをテヘランへと送り込む準備を始めます。後に世界を驚愕させる世紀の海洋サスペンス、日照丸事件への巨大で重い歯車が今静かに、そして力強く回り始めたのです。昭和27年11月、大英帝国の圧倒的な圧力を跳ねのけ、イランとの直接交渉に打って出るという佐三の決断を受け、2人の男が極秘裏に日本を飛び立ちました。一人は妥協を知らぬ狼の兄とは対照的に柔和なネズミを自称する出光興産専務の弟圭介。もう一人は元陸軍大佐で陸軍中野学校の教官も務めた諜報のプロフェッショナル手島春夫です。彼らに課せられた使命はイギリスの厳重な監視網をかいくぐり、テヘランの政府首脳と直接会って石油の買い付け協定を結ぶことでした。彼らはイギリスの目を欺くため、三輪車の市場調査という名目でパキスタンのカラチへ飛び、そこからイランへと入るルートを選びます。しかし、カラチのイラン大使館では事前の連絡がうまく伝わっておらず、ビザの発給を渋られるというトラブルに見舞われました。我々はモサデク首相と会う約束がある。間に合わなければお前の首が飛ぶぞ。温厚な圭介の横で、手島が諜報将校時代に培った凄まじい気迫で怒鳴りつけます。その威嚇が功を奏し、
彼らはどうにかビザを手にすることができました。カラチから乗り込んだイラン航空のローカル線は、今にも空中分解しそうな古いプロペラ機でした。朝食は小さなロールパンと鳥の足一本という粗末なものでしたが、文句を言っている余裕はありません。眼下に広がる荒涼とした砂漠を越え、彼らはついにテヘランの空港へと降り立ちました。空港にはイギリスの動きを追う外国通信社の記者たちが目を光らせており、圭介と手島は正体を隠すように息を潜め、目立たない中級ホテルへとひっそりと身を隠したのです。翌日の午前9時、圭介と手島は極秘裏に首相官邸へと案内されました。通された奥の執務室は、国のトップがいる場所とは思えないほど殺風景で、がらんとした空間に鉄製のベッドと机が置かれているだけでした。そのベッドの上に、イランの運命を背負うロー・モサデク首相が静かに腰を下ろしていました。過労で深く刻まれた眉間のシワには、大英帝国という巨大な敵と戦い続ける指導者の計り知れない苦悩と威厳がにじみ出ていました。圭介たちが挨拶のために手を差し出すと、首相は人差し指の先でわずかに触れるだけでした。そして彼らを射抜くような冷ややかな視線を向け、低く重い声でつぶやくように言い放ったのです。これまで世界中の数多くの石油会社が油を買いたいと言ってきた。しかし、肝心の船を一隻もよこそうとはしない。私が今求めているのは、紙切れの契約書ではない。実行だ。お前たちは本当にイギリスの封鎖を破ってタンカーをよこす気があるのか。大国から裏切られ、甘い言葉で翻弄され続けてきたイランの指導者が抱く極度の不信感と絶望。その重い空気を真っ向から受け止めながら、圭介はモサデク首相の目をまっすぐに見据えて力強く答えました。日本人は決して真偽を違えるような国民ではありません。タンカーは必ず送ります。どうか私たちを信じていただきたい。圭介は出光興産が国際石油カルテルと戦ってきた歴史を語り、適正な価格での取引を提案します。しかし、首相は慎重な姿勢を崩さず、価格交渉は難航の兆しを見せました。数日後、再び官邸に呼び出された圭介たちを待っていたのは、モサデク首相ではありませんでした。応接室に現れたのは、ヨレヨレのネクタイと粗末な服に身を包んだ、鋭い目つきの中年男です。彼は、出光の規模や国際石油カルテルとの関係を矢継ぎ早に、しかも高圧的な態度で尋問し始めました。この男こそ、モサデク首相に次ぐイラン政府のナンバー2であり、対外石油販売委員会の実力者である国会議員のハシビーでした。ハシビーはわざわざ出張先のオランダからこの交渉のために呼び戻されていました。しかし彼もまた外国の商人に対する激しい警戒心と憎悪を隠そうとはしませんでした。あなた方の提案など問題にならない。我々はこれまで外国の利権屋に骨の髄までしゃぶられてきたのだ。ハシビーは圭介たちを睨みつけ、容赦ない言葉を浴びせかけます。お前たちのようなハイエナを相手にしている時間など我々にはないのだ。凄まじい罵倒を浴びせられ、手島が色めき立つ中、柔和なネズミであるはずの圭介が静かに、しかし冷徹な声で反撃に出ました。ハシビーさん、国際石油カルテルは我々の共通の敵です。
だからこそ互いに戦える価格を提示しているのです。そして圭介はゆっくりと席を立ち上がりました。我々のこの真意が理解できないというのなら、交渉は決裂で構いません。イランからの石油輸入は潔く諦めます。それは足元を見ようとする相手に対する毅然とした拒絶のポーズでした。輸入を諦める。その通訳の言葉を聞いた瞬間、ハシビーの顔に明らかな狼狽の色が走りました。強気に出てはいたものの、イランにとって日章丸は喉から手が出るほど欲しい救いの船だったのです。慌てたハシビーは、ふとポケットから小さな2つのガラス瓶を取り出し、圭介の目の前に突き出しました。待ってくれ。それなら、このベンジンを買う気はあるのか。それは、出光が本当に石油の専門家であるかどうかを試すための抜き打ちのテストでした。瓶の中には、出光が求めていた石油製品のサンプルが入っていました。圭介は技術者ではないため、油の成分など見てもわかりません。ここで曖昧な態度を取れば、足元を見られて、交渉は完全に主導権を奪われてしまいます。その絶体絶命の瞬間、圭介の脳裏に、かつて兄、佐三が工場の機械の前で、自らの舌で油を舐め、匂いを嗅いで品質を確かめていた泥臭い姿が鮮やかによみがえりました。圭介は無言のまま瓶を受け取ると、紙に油を数滴垂らし、指先につけてじっくりと観察する堂々たる芝居を打ち始めたのです。圭介は油の匂いを深く嗅ぎ込み、いかにも専門家らしい厳しい表情を作りました。そしてハシビーに向かって静かに、しかし威厳に満ちた声で言い放ちました。あなたはこれをベンジンと呼ぶようですが、我々はこれをガソリンと呼びます。この見事なハッタリが疑心暗鬼に凝り固まっていたハシビーの心を完全に射抜きました。この男たちは本物の専門家だ。ハシビーは出光の実力を認め、頑なだった態度を急激に軟化させていったのです。ハシビーとの会談を経て、交渉は一度まとまったかに見えました。しかし、年が明けた昭和28年2月、最終的な調印のために再びテヘランを訪れた圭介たちの前に、新たな壁が立ちふさがります。今度は、ロンドン大学を卒業した技術専門家のパービデーという男が現れ、ニューヨーク経由で合意していたはずの協定案を無視し、執拗に再交渉を要求してきたのです。イラン国内にも反対派がいる。本物のタンカーが来るかどうかもわからないのに、約束などできない。価格や条件を白紙に戻そうとするパービデーの理不尽な抵抗に、手島たちはうんざりし、苛立ちを隠せませんでした。しかし、圭介は彼らの執拗な態度の裏に隠された悲痛なまでの本音に気づいていました。ハシビーもパービデーも出光を不当に苦しめたいわけではない。大国に脅かされ、世界中から孤立している彼らは、日本から本当に巨大タンカーが現れ、イギリスの封鎖を破ってくれるのか、という確証が欲しくてたまらず、すがるように出光を試しているのだと。我々は必ず船を出す。圭介と手島の揺るぎない覚悟と誠実さが、長年搾取され続けてきたイランの人々の凍りついた心をついに溶かしました。国際相場の約3割引きという日本にとって破格の条件での極秘協定が
ここに正式に結ばれたのです。イギリスの圧倒的な武力を前に怯えるイランの民衆にとって、出光興産は一筋の希望の光となりました。そして部隊は再び日本へ。佐蔵が持てる唯一の最強の武器、日照丸2世が、いよいよ死の海へと出撃する時が迫っていたのです。イランとの間で破格の極秘協定を結んだ慶助たちが日本へ帰還し、出光興産はいよいよアバダンへ向かう船の手配に奔走し始めました。佐蔵は国内最大の船舶を誇る飯野海運に白羽の矢を立て、社長の又野と直接交渉を行い、7000トンのタンカー日南丸を借り受ける固い約束を取り付けていました。ペルシャ湾の浅瀬を航行するのに適した日南丸の確保により、前代未聞の石油輸入計画は順調に動き出したかに見えたのです。しかし、出港の時が目前に迫ったある日のこと。飯野海運の幹部が突然出光を訪れ、顔を背けながら信じられない言葉を口にしました。誠に申し訳ないが、日南丸は修理のため急遽ドック入りすることになった。イランへ回すことはできない。それは誰の目にも明らかな見えすいた嘘でした。約束の船を直前になって引き上げるという一方的な通告に、出光の本社は騒然とします。事の背後には、大国の影を恐れる巨大な同調圧力が働いていたのです。佐蔵の極秘計画を察知した外務省が、イギリスとの深刻な外交問題に発展することを恐れ、飯野海運に対して猛烈な圧力をかけていたのでした。さらに、国際石油カルテルの情報網も動き出し、イランに船を出せば、今後の海運事業から完全に締め出すという恐ろしい脅しがかけられたとも言われています。大英帝国の報復と国家権力の意向を前にして、指し物飯野海運も完全におじけづき、約束を反故にして逃げ出すしかなかったのです。これではイランとの約束が果たせないではないか。頼みの綱であった船を突如として失い、出光興産の本社には息の詰まるような絶望の空気が立ち込めました。他の海運会社にあたる余裕など全くなく、機密保持のため助けを求めることもできません。役員たちは重苦しい沈黙の中で顔を見合わせ、誰もがこれでイラン石油の輸入計画は完全に終わったと諦めかけていました。社長室の空気は氷のように冷え切り、計画の完全な頓挫が目前に迫っていたのです。しかし、絶望に沈む役員たちを前にして、ただ一人、佐蔵の眼光だけは虎のように鋭い光を放ち続けていました。重い沈黙を真っ二つに切り裂くように、佐蔵はゆっくりと立ち上がると、腹の底から絞り出すような力強い声で、たった一言、こう言い放ちました。日照丸だ。その言葉が部屋に響き渡った瞬間、役員たちは耳を疑い、一斉に息を飲んで硬直しました。誰も予想すらしていなかった、あまりにも常軌を逸した決断だったのです。日照丸2世。それは、出光興産が莫大な借金を背負い、全財産を投じて建造した世界最大級のマンモスタンカーです。現在もアメリカからガソリンを運び、出光の命脈をつないでいる唯一無二の巨大な武器でした。
その会社の心臓ともいえる船をイギリス海軍が厳重な封鎖網を敷くペルシャ湾へと突入させるというのです。もし敵艦に見つかり、拿捕でもされれば、出光はすべての石油供給源を断たれ、確実に倒産へと追い込まれることになります。社長、それはあまりにも危険すぎます。日照丸を失えば会社は一巻の終わりです。青ざめた顔で必死に食い下がる役員たちに対し、佐蔵は少しも動じることなく豪快に笑い飛ばしました。拿捕されたらされたで、イランに対して義理が立つというものだ。それに、誇りある独立国家が命がけで国益を守ろうとする一民間企業をただ見殺しにはすまい。計算を超えた佐蔵の凄まじい覚悟の前に、役員たちはただ沈黙するしかありませんでした。大英帝国という巨大な国家権力を相手にした出光の命運をかける極秘の航海。その途方もない大役の舵取りを託されたのは、歴戦の海の男である新田達夫船長でした。佐蔵から直接、日照丸をアバダンへと向かわせる極秘の命を受けた新田は、顔色一つ変えることなく、静かに、しかし力強い声で即答しました。やりましょう。そこには一切のためらいも、強大な敵に対する恐れもありませんでした。海に生きる男の誇りと、佐蔵の志への絶対的な共鳴があったのです。新田船長は16歳の頃から荒波を乗り越えてきた生粋の船乗りであり、困難な任務であればあるほど闘志を燃やす不屈の魂を持っていました。彼はすぐさまイギリス海軍の目を欺くための緻密な航海計画の策定に取り掛かります。敵の傍受を避けるための徹底した無線封じの準備や、拿捕という最悪の事態を想定した数ヶ月分の大量の食料の積み込みなど、出港に向けた決死の準備が極秘裏に、そして急ピッチで進められていったのです。昭和28年3月。春の兆しが訪れ始めた神戸港には、出港の時を静かに待つ巨大な鋼鉄の城、日照丸2隻の威容がありました。出港を目前に控えた佐蔵は、自ら京都の石清水八幡宮へと足を運んでいました。静寂に包まれた境内で深く頭を垂れ、国家の安泰と乗組員たちの航海の無事を祈願し、神職から魔を払うとされる白羽の矢を授かっていたのです。人事を尽くし、最後は神仏の加護にすべてを託す、佐蔵の純粋な祈りでした。春の穏やかな陽光が降り注ぐ中、佐蔵は日照丸のブリッジへと力強い足取りで登っていきました。そして歴戦の面構えを持つ新田船長の前に静かに立つと、授かったばかりの白羽の矢と厳重に封印された一通の分厚い指令書を祈りを込めるようにしてまっすぐに手渡したのです。船の安全を司る小さな神棚の前で交わされた男たちの言葉なき固い誓いでした。その張り詰めた空気の中には、出光の命運を背負う者同士の絶対的な信頼が満ちていました。新田船長、ペルシャ湾に入ったら、この封を切って、乗組員全員に私の言葉を伝えてほしい。その分厚い指令書の中には、死の海へと赴く若き船員たちへ向けた、佐蔵の魂を込めた熱い檄文が記されていました。新田船長は、佐蔵のまっすぐな眼差しを受け止め、無言のまま、深く、力強くうなずくと、その重い封筒を
しっかりと自らの懐へと収めました。船長と店主の間に、もはや余計な言葉は何も必要ありませんでした。ただ、互いの覚悟が熱く交錯していたのです。港の岸壁には、出港を見送るために乗組員の家族たちが大勢集まっていました。しかし、彼らは愚か、船に乗り込んでいる大半の乗組員でさえも、この船の本当の目的地がイギリス海軍の封鎖するイランであるとは知らされていません。会社が発表した表向きの行き先は、安全なサウジアラビア。家族たちはいつも通りの平穏な買い付けの航海だと信じきり、笑顔で色とりどりの紙テープを力いっぱい振っていました。風に舞う5色のテープが家族たちとのしばしの別れを惜しむように、冷たい海風に吹かれて次々とちぎれていきます。佐蔵は鳩場に一人立ち尽くし、出光の、いや、日本の未来をその巨大な腹に乗せた船体が、ゆっくりと岸壁から離れていく様をじっと見つめていました。誰にも言えない重い十字架を一人で背負い、愛する社員たちを七へと送り出す佐蔵の胸の奥は、押しつぶされそうなほどの祈りと緊張で張り裂けそうでした。轟音とともに、腹の底に響く巨大な汽笛が鳴り渡り、日照丸2世は真っ白な波を立てながら太平洋の荒波へと力強く進み出ました。待ち受けるのは大英帝国の強大な軍艦が目を光らせ、一歩間違えれば海の藻図となる過酷な死の海です。誰にも真の行き先を告げぬまま、孤独な一隻のタンカーが世界を根底から震撼させることになる世紀の海洋サスペンスの舞台へと、いよいよその姿を消していったのです。それは民族の独立と消費者の利益を守るための退路なき決死の航海の幕開けでした。神戸港を出港した日照丸2世は、表向きの目的地であるサウジアラビアへ向けて順調に航海を続けていました。出港から11日目の4月3日正午、マラッカ海峡を抜けてコロンボ沖に差し掛かったとき、突如として東京の本社から極秘の電報が飛び込んできます。航路変更。汽船はイラン石油積み取りのためアバダン港に向かわれたし、必要書類は帰宅書類袋の中にあり、知らせを受けた通信長は震える手でその紙片を新田達夫船長へと手渡しました。ついに歴史を揺るがす真の任務が明かされる時が来ました。新田船長は直ちに全乗組員を甲板に集合させます。集まった50名余りの船員たちは、ただならぬ空気に緊張の色を隠せません。新田船長は彼らの顔を静かに見回すと、出港前に佐蔵から託され、ずっと懐に抱き続けていた分厚い封筒を厳かに取り出しました。本船はこれからイギリス海軍が封鎖するイランのアバダンへ向かう。その言葉に甲板は水を打ったように静まり返りました。息を飲む乗組員たちを前に、新田船長は佐蔵が自ら魂を込めて綴った檄文を一語一語噛みしめるように力強く読み上げ始めました。敵の獣医を脱せんがための第一の矢が日照丸、第二の矢がパナマ運河越えであった。そして今、第三の矢が放たれた。
行く手には、防壁、防災の難関があり、これを阻むであろう。しかしながら、弓は桑の弓であり、矢は石をも徹するものである。我々は今、世界石油の大資源と直結し、確固不動たる国策の基礎を射止めるのだ。拿捕されれば、海の藻くずとなるかもしれない。という船員たちの恐怖は、左蔵の放った炎のような言霊によって完全に吹き飛びました。静まり返っていた甲板のあちこちから、よしという力強い声が上がり、やがて誰からともなく、日照丸万歳、出光万歳という叫び声が、インド洋の空高くこだましました。士気を最高潮に高めた日照丸は、イギリス海軍の傍受を避けるため、一切の無線交信を断ち、完全な沈黙の中で、死の海であるペルシャ湾へと突入していきます。最大の難関は、アバダン港へ至るシャットアルアラブ川のルーカチャネルでした。川には土砂が堆積し、水深が極端に浅くなっています。巨大な日照丸の船底は川底の泥に容赦なくこすりつけられ、黄色く濁った泥水が激しく巻き上がりました。機械が壊れてもいいからもっとプロペラを回せ。新田船長の怒号が響く中、灼熱の機関室では死闘が繰り広げられます。座礁すればイギリスに見つかって一巻の終わりという極限状態の中、船はじりじりと進んでいきました。やがて視界の先にアバダンの巨大な製油所の煙突群が姿を現しました。その時、日照丸の乗組員たちは目の前に広がる信じられない光景に言葉を失います。日照丸の接近を知ったイランの民衆たちが、土手という土手、小舟という小舟を足の踏み場もないほどに埋め尽くし、熱狂的な歓声を上げていたのです。ジャポーン、出光、日照丸。言葉の壁を越えた地鳴りのような叫び声が、巨大な船体を揺るがすように包み込みました。満冠色に飾られたイランの艦船からは、軍楽隊の勇ましい演奏が響き渡り、空からは歓迎の飛行機が無数の色鮮やかな花束を降らせてきます。それは、大英帝国による長年の過酷な経済封鎖に苦しみ、国家の存亡の淵に立たされていた彼らにとって、日照丸がまさに絶望の空から舞い降りた救世主として映った瞬間でした。名もなき日本の民間企業のタンカーが、孤独な独立国家の魂と深く共鳴し、歴史の分厚い扉を力強くこじ開けたのです。無事に接岸を果たした乗組員たちは、上陸するなり歓喜に沸く群衆にもみくちゃにされ、熱烈な歓迎の宴が開かれました。その会場には、かつてテヘランで圭介たちを散々困らせた技術専門家のパービデーの姿もありました。彼は新田船長の手を両手で固く握りしめ、目を真っ赤に潤ませながら祈るように語りかけました。皆さん、どうかこの油を無事に東京まで運んでください。神のご加護を。彼らもまた大国の報復に怯えながら、日本の勇気に全てを託していたのです。ガソリンと軽油を船の限界ギリギリまで積み込んだ日照丸は、
イラン国民の祈りを背に受けながら、再び死の海へと乗り出していきました。しかし、ここからが本当の試練の始まりでした。イギリスの威信を揺るがすこの事態に激怒した大英帝国海軍が、本格的な追跡と包囲網の展開を開始したという情報が入ってきたのです。敵の軍艦に発見されれば、直ちに拿捕される絶体絶命の危機。新田船長は、来た時と同じマラッカ海峡ルートを捨てるという重大な決断を下します。マラッカ海峡には敵の網が張られている。大きく南へ迂回し、ジャワ島とスマトラ島の間にあるスンダ海峡を抜けるぞ。それはイギリスの目を欺くための決死の航路変更でした。しかし、スンダ海峡は太平洋戦争で沈んだ無数の軍艦の残骸や爆発の危険がある機雷が手つかずのまま沈んでいる恐るべき海の墓場として知られる難所だったのです。海図すら当てにならない暗黒の海を引火性の高い油を満載したまま突き進むことになります。一歩間違えれば船はたちまち大爆発を起こして海の木図と消えてしまいます。緊張が極限に達する中、新田船長は視力の良い乗組員たちを甲板に立たせ、夜通しで海面を凝視させました。頼れるのは己の目と海の男としての研ぎ澄まされた勘だけです。暗闇の中、海面に不気味に突き出た沈没船のマストや残骸の間を巨大なタンカーが息を潜めるようにして縫うように通り抜けていく極限の操船が続きました。誰一人として一睡もできないまま張り詰めた沈黙の中で時間が過ぎていきます。冷や汗が全身を濡らす中、乗組員たちは佐蔵の矢は石をも徹するという言葉を胸に強く刻み込み、ただひたすらに前だけを見据え続けました。やがて夜が白み始め、朝の光が海面を照らし出したとき、彼らは思わず息を飲みました。振り返ると、日照丸が通り抜けてきた航跡の両側には、いくつもの沈没船の錆びたマストが突き出ていたのです。神が守ってくれたとしか思えない。無数の残骸のど真ん中を彼らは奇跡的にすり抜けていたのです。最大の難関であるスンダ海峡を見事に突破し、イギリス海軍の執拗な包囲網を完全に振り切ることに成功しました。昭和28年4月30日。長く過酷な沈黙を保ち続けていた日照丸の無線室から、ついに高らかな打電が東京の本社へと発せられます。日照丸、東シナ海を北上中。その短い電文は、日本への生還が確実となったことを知らせる最高の勝利のファンファーレでした。それは敗戦国の一介の民間企業が世界最強の海軍を誇る大英帝国に対して仕掛けた前代未聞の奇襲作戦が完璧に成功したことを意味していました。世界中を固唾を飲んで見守らせた世紀の海洋サスペンスは、佐蔵の強烈な信念と命を懸けた乗組員たちの魂の連帯によって見事な大勝利の結末を迎えたのです。日本中が歓喜の渦に包まれ、日照丸は英雄としての帰還を果たそうとしていました。しかし、大英帝国の誇りを無残に打ち砕かれた巨大資本、アングロ・イラニアン社が、このまま黙って引き下がるはずがありません。
彼らはすぐさま、出光を法的に完全に抹殺するための執念深い逆襲の刃を抜こうとしていたのです。歓喜に沸く日本の海に、次なる法廷闘争という血みどろの修羅場の影が黒々と忍び寄っていました。昭和28年、1953年5月初旬のことです。日勝丸、東シナ海を北上中という無電が届き、日本への生還を確実なものにしようとしていたその裏で、アングロイラニアン社は直ちに行動を起こしていました。大英帝国の財産を不法に持ち去ることは絶対に許さない。出光興産を法的に完全に抹殺するため、大国による容赦のない猛反撃がいよいよ開始されたのです。5月6日、アングロイラニアン社は東京地方裁判所に対し、電撃的な申請に踏み切りました。日勝丸に積載されている石油製品は、我々から不法に奪い取られた明らかな盗品である。彼らはそう強く主張し、積み荷の譲渡や処分の禁止を求める仮処分命令を求めたのです。同時に、英国の駐日公使が日本の外務省へと直接乗り込み、強硬な態度で厳重な抗議を行いました。敗戦国の民間企業による前代未聞の奇襲作戦に対し、大英帝国の国家権力と巨大資本を総動員した容赦のない猛反撃がいよいよ開始されたのです。仮処分申請の知らせを受けた出光興産の本社には、凍りつくような冷たい緊張が走りました。佐蔵の顔がかつてないほどに険しくこわばります。もし日勝丸が港に着いた瞬間に、石油を積んだままの状態で船ごと差し押さえられてしまったらどうなるか。莫大な借金を背負って建造した唯一無二の巨大タンカーを封じられれば、会社は完全に干上がり、息の根を止められてしまいます。佐蔵の胸の内に底知れぬ恐怖と焦燥感が渦巻いていました。裁判所の裁定が下る前に、一滴残らず油を陸のタンクへ移さなければならない。1分1秒の遅れも許されないぞ。佐蔵は即座に決断を下し、巨大な権力を相手にした巧妙かつ大胆な情報戦を仕掛けました。報道陣には、日勝丸は5月8日の金曜日に山口県の徳山港へ入港する予定だと公式に発表しろ。佐蔵の指示により、相手やメディアの警戒の目は一斉に西日本の徳山へと向けられます。関東周辺の手薄な状況を意図的に作り出すための命がけのカモフラージュだったのです。世間の目を徳山に引きつける一方で、佐蔵は海上の日勝丸に向けて極秘の暗号電報を素早く飛ばしていました。9日の土曜日の午後に川崎港へ入港せよ。それは裁判所が閉廷する週末の休日の間に全てを陸揚げしてしまおうという一か八かの時間稼ぎの奇策でした。佐蔵は弁護士団とも綿密に協議し、相手の言い分だけで一方的な差し押さえが即座に決定されないよう、事前の防衛線を幾重にも張ります。巨大な権力に対抗するため、1分1秒を争う頭脳戦が繰り広げられていました。佐蔵からの極秘指令を受け取った新田船長の背筋に冷たい汗が流れ落ちます。早く着きすぎては土曜日の午後という絶妙なタイミングに合わせることができない。新田船長は燃料と飲料水を極限まで切り詰め、巨大なタンカーのスピードを意図的に落としてノロノロと航行させました。敵の目を欺きながら太平洋の荒波の中で秒単位の時間調整を行うという神経を著しくすり減らす操船が続きます。すべては法廷での死闘を有利に運ぶための
本社と現場の決死の連携でした。昭和28年、1953年5月9日、土曜日の午後2時のことです。世間が徳山港での入港を固唾を飲んで待ちわびる中、報道陣の裏を完全に書いた日照丸2世は、東京湾の川崎港にその巨大な鋼鉄の船体を静かに表しました。岸壁には歴史的な快挙を成し遂げた船を一目見ようと、情報を聞きつけた無数の人々が溢れ返っています。日照丸万歳！よく無事に帰ってきた！歓喜に沸く人々の割れんばかりの大歓声が、初夏の港に雷鳴のように轟き渡りました。歓喜の渦に包まれる中、新田船長は足早にタラップを降りると、休む間もなく、直ちに陸揚げ作業の開始を命じます。急げ！英国の差し押さえ命令が下る前に、何としても船を空にするんだ。船と陸のタンクを太いホースがつなぎ、イランから運ばれてきた2万トンのガソリンと軽油が凄まじい勢いで送り込まれていきました。一滴の油が出光の、そして日本の未来を左右する。1分1秒を争う、夜を徹しての決死の陸揚げ作業がいよいよ始まったのです。一方、日照丸が川崎港に接岸したまさにその同じ時刻、東京地方裁判所の民事9部の法廷では、歴史的な裁判が静かに、そして重苦しく火蓋を切っていました。アングロイラニアン社の仮処分申請をめぐる第1回口頭弁論の開始です。法廷内は、世界中が注目する前代未聞の裁判を傍聴しようとする人々や報道陣で異様な熱気に包まれていました。大英帝国の威信を背負う強大な巨大資本と、極東の小さな民間企業による国家の誇りと意地をかけた正面衝突が幕を開けたのです。英国側の代理人であるレベッカー弁護士は、威圧的な態度で真っ先に口を開きました。イラン政府が一方的に行った石油の国有化は、保証を伴わない不法な財産没収であり、明らかな国際法違反である。彼は、日照丸に積まれた石油の所有権は、依然として自社にあると強硬に主張します。出光は、盗品を不法に買い取ったに過ぎない。直ちに石油の処分を禁止せよ。圧倒的な権威を笠に来た容赦のない追及でした。これに対し、出光側の弁護団も一歩も引かずに猛烈な反論を展開します。イランは誇りある独立国家です。自国の資源を国有化するのは正当な主権の行使であり、何ら国際法に違反するものではありません。さらに、イラン政府が保証金を予託する口座をすでに開設している事実を突きつけました。保証を伴わない不法行為という主張は根本から間違っている。出光の弁護団は相手の論理を真っ向から論破しにかかりました。我々が買い付けた石油は、国有化後にイラン政府の認可の下で正当に採掘、精製されたものです。これは適法な契約に基づくものであり、英国側の申請は極めて不当であります。法廷は、両国の威信と膨大な利権が複雑に絡み合う、火花散る激しい論戦の場と化しました。法律の解釈と正義の所在をめぐって、互いの弁護団が鋭い言葉の刃を容赦なくぶつけ合う、息の詰まるような攻防が続きます。土曜日の午後という極めて限られた時間の中で、出光の弁護団は巧みな答弁によって
意図的に時間を引き延ばしていました。裁判所の即日決定を阻止し、休日の間に油を陸揚げしてしまうための粘り強い戦いです。何としても今日中に差し押さえの決定を勝ち取らなければならない。時間ばかりが過ぎていく状況に、英国側の弁護士は次第に苛立ちと焦燥感を募らせていきました。焦りを隠しきれなくなったデベッカー弁護士は、顔を紅潮させて声を荒げました。裁判長、まさに今この瞬間にも、出光は川崎港で不法に持ち込んだ油を船から抜き取っています。彼らがこの盗品をどこへ隠すか分かったものではありません。即刻、船ごと差し押さえる命令を出していただきたい。それは、焦りに駆られた実力行使への強硬な要求でした。この執拗な要求に対し、出光側の弁護団は落ち着いた態度で反論します。ご安心ください。油は陸のタンクに移すだけであり、裁判が終わるまで一滴たりとも他へ動かさないとお約束いたします。しかし、デベッカー弁護士は口元に不敵な冷笑を浮かべ、法廷内に響き渡るような大きな声で忌々しげに言い放ちました。法廷に立つ法律家である弁護士のあなたの言葉はひとまず信じましょう。しかし、出光佐三という社長本人が裏で何をしでかすか、あの男の振る舞いだけは我々は到底信じることができません。大国の代理人による冷ややかな侮蔑の言葉に、法廷内の空気は完全に凍りつき、誰もが息を飲みました。相手を名指しで侮辱するデベッカー弁護士の言葉に、出光側の弁護団は色めき立ち、激しい抗議の声を上げようとしました。しかし、その騒然となりかけた法廷の空気を、たった一人の存在が静かに制圧します。川崎港での決死の陸揚げ作業を見届け、休む間もなく東京へと駆けつけていた佐三です。彼は傍聴席の最前列に腰を下ろし、大国の代理人からの冷ややかな侮蔑の言葉を浴びながらも、微動だにせず、まっすぐに前を見据えていました。激しい言葉の応酬が続く法廷で、法壇の中央に座る北村良一裁判長が、静かに傍聴席へと視線を向けました。出光社長ご本人がこの法廷におられるようですから。威厳に満ちた北村裁判長の落ち着いた声が張り詰めた静寂の法廷に響き渡ります。代理人の言葉ではなく、ご本人から直接証言を取りたいと思います。そして裁判長は佐三をしっかりと見据えて告げました。出光社長、前へ出てください。通常の手続きを超えた裁判長からの異例の呼び出しです。予想だにしなかった展開に、世界中が注目する法廷内は大きくどよめきました。大英帝国の代理人から侮辱され、その一挙手一投足に重い運命がかかっている絶望的な状況。しかし、還暦をとうに過ぎた佐三は、少しの迷いも見せることなく、ゆっくりと席を立ち上がりました。そして、無数の視線が一斉に突き刺さる中を、堂々とした力強い足取りで、証言台へと進み出たのです。世界を揺るがす国際紛争の当事者として、国家と会社のすべての運命を背負って立つ孤独な経営者。証言台の前にまっすぐに立った佐三の白髪の姿に、傍聴人や記者たちは固唾を飲んで見入ります。佐三は
高い砲弾の上から見下ろす北村裁判長の目を決してそらすことなくしっかりと見つめ返しました。胸の奥底で燃えたぎる真実の言葉を紡ぎ出すため、佐蔵は深く静かに息を吸い込みます。佐蔵は腹の底から絞り出すような静かですが確かな熱を帯びた声で語り始めました。この度のイランからの石油輸入問題は現在世界的な国際紛争を引き起こしております。佐蔵は一瞬言葉を区切り、静まり返った法廷の隅々にまで響き渡るような、より一段と力強い声で宣言しました。しかし、私としては、ただ日本国民の一人として、不行天地に恥じない行為をもって終始することを、裁判長に固くお誓いいたします。天を仰ぎ、地を伏して、自らの良心に一片の後ろめたさもない。それは、法廷の場における単なる法的な言い逃れや自己弁護などではありません。私利私欲のためではなく、ただひたすらに国家と消費者のために命を懸けてきた男の、己の全存在をかけた絶対的な誓いでした。その凄まじい覚悟と、一点の曇りもない澄み切った気迫に、その場にいたすべての人間が完全に圧倒されたのです。ほんの少し前まで、佐蔵を忌々しげに侮辱していたイギリス側の弁護士でさえ、反論の言葉を完全に失い、押し黙るしかありませんでした。佐蔵から発せられた圧倒的な熱量を真正面から受け止めた北村裁判長は、佐蔵の目を見つめたまま深くうなずきます。そして、これ以上の言葉は必要ないと言わんばかりに、短く、ただ一言だけ、こう答えました。結構です。法廷における事実上の勝負が完全に決した瞬間でした。昭和28年、1953年5月27日。日本中が固唾を飲んで見守る中、東京地方裁判所は、アングロ・イラニアン社による仮処分申請を退ける判決を下しました。申請は失当であるという明快な判決理由は、大国の理不尽な圧力に対する日本の司法の毅然とした答えでした。勝った。我々はついに大英帝国に勝ったのだ。出光の完全勝利を告げるこの歴史的な判決に、吉報を待ちわびていた出光の社員たちは抱き合い、歓喜の涙を流しました。かつて7つの海を支配した巨大な国家権力に対し、敗戦国の一介の民間企業が見事に打ち勝ったのです。このニュースは海を越え、長年大国の不当な搾取に苦しんできたイラン国民を狂喜乱舞させました。モサデク首相をはじめとするイランの人々は、日照丸がもたらした奇跡に深く感謝し、自らの独立への戦いに強い勇気を得ました。そして、この奇跡の勝利は、日本国内にも計り知れないほどの大きな希望の光をもたらしたのです。あの忌まわしい敗戦の虚脱感から未だ抜け出せず、巨大な国々に対してどこか卑屈な態度を取り続けていた当時の日本国民。いかなる強大な権力や圧力にも決して屈することなく、命がけで自らの正義と消費者の利益を貫き通した痛快極まる戦いぶりは、彼らの心に忘れかけていた誇りを取り戻させました。
長い間虐げられた民族が解放される朝が訪れました。日本にもこんな強い人がいたのかと立ち上がる勇気をもらいました。出光社長、本当にありがとう。見ず知らずの主婦から寄せられた手紙には、国民の偽らざる切実な思いが込められていました。佐蔵のもとには、日本全国の無数の人々から、数えきれないほどの称賛と深い感謝を綴った手紙が、雪崩のように連日殺到します。目先の利益にとらわれず、国家の未来と人間の尊厳のために全てをかけた男。出光佐蔵は、もはや一企業の経営者という枠を完全に超え、国を背負って戦い抜いた、真の英雄へと昇華したのです。世紀の海洋サスペンスと呼ばれた、この日照丸事件は、出光興産という企業に莫大な利益と飛躍的な成長をもたらすことになりました。何よりも、幾多の絶望的な視線をくぐり抜け、泥まみれになって戦い抜いてきた社員たちの心には、ある確信が芽生えます。我々は巨大な国際カルテルを相手に堂々と戦い抜き、そして勝ったのだ。それは揺るぎない絶対的な自信と、いかなる困難をも乗り越える鉄の結束力でした。イランからの直接輸入によって圧倒的な販売力を手に入れた出光は、それを最大の武器として、さらなる巨大な製油所の建設へと突き進んでいくことになります。時代は昭和30年代を迎え、日本経済は未曾有の高度成長期という新たな熱狂の渦の中へと突入していこうとしていました。敗戦の焼け野原から無一文で立ち上がった出光興産は、今や誰もが認める日本トップクラスの巨大企業へと成長を遂げていたのです。しかし、歓喜に沸く社員たちをよそに、佐蔵の表情は決して晴れることはありませんでした。出光が急激に力をつけ、消費者のために自由な商いを広げれば広げるほど、それを抑え込もうとする見えざる壁が国内で高くそびえ立とうとしていたのです。それは、かつての国際カルテルや大英帝国とは異なる、国内の保身に走る官僚組織と業界団体が結託して作り上げる、忌まわしい同調圧力という名の新たな敵でした。激動の戦後を生き抜き、見事に業界の頂点へと上り詰めようとしていた孤高の狼、出光佐蔵。しかし、彼が真に理想とする消費者本位の自由な商いを実現するための戦いは、まだ終わってはいませんでした。既得権益を守ろうとする同業者と、権力を奮いたがる官僚たちによる分厚い国家統制の網。己の信念と国家の未来をかけた、佐蔵の最も過酷で孤独な戦いが、新たな時代の幕開けとともに、いよいよ始まろうとしていたのです。昭和30年代に入り、出光興産はさらなる飛躍を遂げていました。イラン石油の直接輸入によって手にした圧倒的な販売力を背景に、佐蔵は次なる悲願へと着手します。我々自身の製油所を持たなければ、真の独立は果たせない。山口県の徳山や千葉県の姉崎に、東洋一の規模を誇る最新鋭の巨大製油所を次々と完成させていったのです。日本経済が
未曾有の高度成長期へと突入し、エネルギーの主役が石炭から石油へと完全に移り変わっていく時代。強靭な販売網と巨大な精製設備を手に入れた出光の快進撃は、もはや誰にも止められません。出光の国内シェアは飛躍的に伸び、ついには外資系企業をも脅かすほどの巨大な存在へと成長していました。しかし、その圧倒的な力が国内の同業者たちに深い恐怖と嫉妬を抱かせることになります。このままでは、あの恐るべき販売力を持つ出光に市場をすべて食い尽くされてしまう。折しも、日本は国際社会から貿易の自由化を強く求められていました。これまで国に守られてきた温室育ちの石油会社たちは、自由競争の冷たい風にさらされることを何よりも恐れます。現状維持を望む業界団体と、権力を手放したくない通産省の官僚たちの思惑が、ここで完全に一致しました。彼らは、過当競争を防ぐという美しい大義名分を掲げ、新たな法律、石油業法の制定に向けて動き出します。しかし、その中身は、各社の精製設備の拡張や生産量に至るまで、すべてを国の許可制にするというものでした。それは、自由な市場競争を奪い去り、戦時中の息の詰まるような統制経済へと逆戻りさせる時代錯誤の法案だったのです。自由な競争こそが最も無駄を省き、消費者に安い油を届ける唯一の道ではないか。法案の内容を知った佐蔵の胸の奥で激しい義憤の炎が燃え上がりました。生産調整などというものは、努力を怠る非能率な企業を国が無理やり温存し、結果的に消費者を搾取する天下の悪法だ。権力による不当な干渉を誰よりも憎む佐蔵は、この理不尽な国家統制を粉砕するため、猛烈な反対運動を開始します。佐蔵の特命を受けた弟の圭介は、時の通産大臣である佐藤栄作の指定へと直接乗り込み、必死の直談判を試みました。大臣、こんな法律を作ってしまえば、自由競争は死に絶えてしまいます。温厚な圭介が国の未来を案じて必死に言葉を絞り出します。石油はタバコや塩と同じような国の専売事業になってしまいます。どうか思いとどまっていただきたい。しかし、官僚出身である佐藤大臣は意に介する様子もなく、平然とした顔で冷ややかに言い放ちました。専売事業になってしまうというがね、僕はむしろ専売にした方が良いと思っているんだよ。その言葉を聞いた瞬間、圭介は絶句し、深い絶望の淵に突き落とされました。国を動かす政治家のトップでさえ、市場の活力を信じず、すべてを上から管理することしか考えていないのです。この人たちに血の通った商いの真髄など到底理解できるはずがない。理不尽な壁の分厚さを痛感した圭介は、反論する気力すら失い、重い足取りで佐蔵のもとへ報告に帰るしかありませんでした。政府や官僚たちは、机上の計算だけで、供給が過剰になれば値崩れが起きると怯えているだけです。しかし、現場の最前線を駆け抜けてきた佐蔵には、彼らの理論が致命的な欠陥を抱えていることがはっきりと見えていました。国が生産の枠を無理やり決めてしまえば、
需要が急増した時に必ず油が足りなくなる。結果として価格は高騰し、一番苦しむのは一般の消費者なのだ。佐三は強い警告を発し続けましたが、事なかれ主義に染まった業界は国に守ってもらう道を喜んで選ぼうとしていました。昭和37年、1962年。法案の成立がいよいよ現実味を帯びる中、通産大臣への諮問機関である石油審議会が開かれます。会議室には、日本の経済政策を担うエリート官僚たちや、大学の著名な経済学者、そして業界の重鎮たちがずらりと顔を揃えていました。彼らは自分たちが練り上げた法案の完璧さをみじんも疑わず、予定調和のまま会議を終わらせようとしています。その重苦しい空気の中、委員の一人として出席していた佐三が、静かに、しかし圧倒的な威圧感を漂わせて立ち上がりました。かつて貴族院の議場で軍部の急先鋒を怒鳴りつけ、東京地裁の法廷で大英帝国を沈黙させた百戦錬磨の男の気迫。部屋の空気が一瞬にして張り詰め、並みいるエリートたちの視線がさぞただ一人に釘付けになります。さぞは分厚い眼鏡の奥の眼光を鋭く光らせると、全員をまっすぐに見据えながらゆっくりと口を開きました。この石油業法という法案は、まことによく考えられたものかもしれません。机上の空論を振りかざす学識無経験者の皆様にとっては、さぞかし立派な法律なのでしょう。佐三の口から飛び出した学識無経験者という聞き慣れない、しかし極めて痛烈な皮肉。大学教授や官僚たちは一様にはっと息をのみ、顔をこわばらせました。学識ばかりが立派で、泥まみれの商売の経験など一度もしたことがない者たちが、頭の中だけで作り上げた虚構の法律である。佐三は一切の容赦なく、彼らのプライドの確信を真っ向から突き刺したのです。しかし、私のように60年間、ただひたすらに石油の最前線に身を置き、血と汗を流して一生を捧げてきた人間から見れば、佐三の甲高い声が静まり返った会議室の壁をビリビリと震わせます。この法案は消費者を犠牲にして非能率を温存する天下の悪法に他なりません。それは自己の保身ばかりを考える業界と権力を奮いたがる官僚たちに対する魂の底からの怒りの方向でした。学識無経験者。佐三の放ったこの痛烈極まる造語の前に、並みいる委員たちは誰一人として反論の声を上げることができません。彼らは皆図星をつかれたかのように苦虫を噛みつぶした表情を浮かべ、押し黙ってうつむくしかありませんでした。知識ではなく、幾多の修羅場をくぐり抜けてきた生きた経験が、机上の権威を見事にねじ伏せた瞬間です。しかし、佐三の論理がいかに正しかろうとも、ここは真実を追求する法廷ではありませんでした。いくら正論を吐いても、多数決という数の暴力の前では、一匹の狼の遠吠えは無情にもかき消されてしまいます。佐三の凄まじい孤軍奮闘も虚しく、既得権益を守ろうとする多勢に無勢の波に押し切られ、ついに石油業法は国会で可決。
施行されてしまったのです。自由な市場競争は国家の管理下に置かれ、佐三が危惧していた理不尽な統制の時代がいよいよ幕を開けようとしていました。理不尽な統制の時代が幕を開け、佐三の危惧は瞬く間に最悪の現実となって出光興産に襲いかかりました。新たに組織された石油連盟が決定した生産調整の割り当ては、誰の目にも明らかなほど悪意に満ちたものでした。全国の製油所の平均稼働率が7割を超えて認められているにもかかわらず、出光が社運をかけて完成させたばかりの最新鋭の千葉製油所に対しては、わずか5割程度しか稼働を許さなかったのです。それは、驚異的な勢いで成長を続ける出光の息の根を止めるための同業者たちによる露骨な狙い撃ちでした。こんな理不尽な生産調整を強行すれば、需要が伸びる冬に必ず油が足りなくなる。結果として凍えるのは一般の国民なのだ。佐三は机上の計算だけで市場を操作しようとする官僚や業界団体に対して、現場の最前線を知る者としての強い警告を発し続けました。しかし、自らの既得権益と保身を守ることしか頭にない彼らは、佐三の悲痛な叫びに一切耳を貸そうとはしませんでした。そして迎えた昭和37年、1962年の暮れ、佐三の不吉な予言は寸分たがわず的中することになります。日本列島を記録的な大寒波と水不足が容赦なく襲い、暖房用の灯油や発電用の重油の需要が急激に跳ね上がったのです。生産枠に縛り付けられた石油各社は増産することができず、日本中は深刻なエネルギー不足に陥りました。出光のタンクには輸入した原油が満ち溢れていましたが、法律という分厚い壁に阻まれ、それを精製して凍える国民に届けることは許されません。国家の統制がもたらした明らかな大失敗です。それにもかかわらず、通産省と石油連盟は自らの非を認めようとせず、翌年も同じような生産調整を強行しようと目論んでいました。消費者の苦しみを目の当たりにしても、まだ愚かな統制を続けるというのか。権力にすり寄り、責任を取ろうとしない業界の堕落した姿勢に、佐三の怒りはついに沸点に達しました。天の声が聞こえん者には、鉄槌が必要じゃ。昭和38年、1963年の秋、佐三は石油業界の歴史を根底から揺るがす、極めて重大な反逆の決断を下したのです。それは、業界団体である石油連盟からの即時脱退という前代未聞の実力行使でした。同調圧力がすべてを支配する日本の経済界において、横並びの組織から抜け出すことは、国と業界のすべてを完全に敵に回すことを意味しています。佐三の特命を受けた弟の圭介は、重苦しい空気が漂う石油連盟の副会長の事務所へと静かに足を運びました。出光の脱退届です。胸のポケットから取り出した一通の封筒をテーブルに突きつけると、突然の離縁状を突きつけられた副会長は完全に狼狽しました。そんな手荒な真似をしなくても、と言葉を濁しながら、慌てて書類を押し返そうとします。しかし、普段は柔和な圭介も、
この時ばかりは兄と同じ鋭い眼光を放ち、一歩も引きませんでした。出光にどうしても届けてこいと言命されておりますので。最新鋭の製油所を悠久施設にさせられ、消費者を犠牲にするような組織には、これ以上一秒たりともとどまる意味はない。圭介は戸惑う幹部たちを冷ややかに見据え、毅然とした態度で脱退届を叩きつけたのです。出光興産の石油連盟脱退という衝撃的なニュースは、瞬く間に日本中を駆け巡りました。メディアや同業者たちは、政府の方針に真っ向から立てついたさぞを横紙破り、業界の秩序を乱す無法者と一斉に非難の集中砲火を浴びせます。しかし、どれほど罵声を浴びようとも、さぞは通用を感じるどころか、むしろ一匹狼としての孤独な戦いに己の魂を熱く燃え上がらせていました。事態の深刻化を恐れた政府は、ついに最高レベルでの政治的決着を図ろうと動き出します。昭和38年、1963年の暮れ、時の通産大臣である福田一が、日活ホテルの一室で、佐三との直接会談の席を設けました。国の産業政策のトップである大臣が、一階の民間企業の経営者を直接説得に乗り出すという異例中の異例の事態です。重苦しい緊張感が漂う密室で、国家権力と孤高の狼による行き詰まるような一騎打ちが静かに幕を開けました。福田大臣は、まるで強情な子供をなだめるかのような余裕を含んだ穏やかな口調で語りかけました。出光さん、大勢の人と一緒に仕事をしているときは、自分勝手ばかり言わず、大勢の意見に従うものですよ。それは、和を重んじ、波風を立てることを極端に嫌う日本の官僚社会の常識そのものです。しかし、その言葉を聞いた瞬間、佐三の分厚い眼鏡の奥の眼光が、虎のように鋭く危険な光を放ちました。大臣、子供に物を言うようなことを言わんでください。部屋の空気をビリビリと震わせる佐三の強烈な一喝に、福田大臣は思わず気をされて言葉を失いました。よく聞いてください。私の会社は日本の消費者のために血を流して戦っている。しかし、他の会社の大部分は外国の巨大なカルテルに牛耳られておる。大臣、あなたは業界の真実も消費者の苦しみも知らないから、多数決に従えなどと無責任なことを言われるのだ。佐三の正論の刃に自らの鞭をつかれ、完全に分が悪くなった福田大臣は、ついに殿下の宝刀を抜く構えを見せました。出光さん、石油業法には従わない企業に対する大臣の勧告権があります。もし私が勝手な真似をやめろと勧告を出したら、あなたはどうなさるつもりですか。それは国家の最高権力による企業への明確な脅しでした。しかし、いかなる巨大な力にも決して屈しない狼は、顔色一つ変えることなく堂々と言い放ちます。もしそんな理不尽な勧告を出すのなら、私は国会に出て国民の面前で堂々と白黒をはっきりさせますよ。佐三の底知れぬ凄まじい覚悟を前にして、福田大臣はついに完全に言葉を失いました。あまり無理はなさらん方がいい、と苦し紛れの捨て台詞を残し、逃げるように部屋を立ち去るしかなかったのです。強大な国家権力すらも、
消費者のためという大義を抱く一人の男の気迫をねじ伏せることはできませんでした。その後、昭和41年、1966年に未曾有の海員ストライキが発生し、日本中が深刻な石油不足に陥った際、出光は生産調整を無視してフル稼働で国民に油を供給し続けました。結果として、出光の正しさが完全に証明され、追い詰められた政府は、ついに生産調整の撤廃を余儀なくされます。孤独な戦いに完全な勝利を収め、悠然と連盟への復帰を果たした佐蔵。激闘を戦い抜いた彼の脳裏に、その圧倒的な躍進の原動力となった巨大な自社製油所が産声を上げた、あの血と汗にまみれた10ヶ月の死闘の記憶が鮮やかによみがえってきます。昭和30年代初頭のことです。イラン石油の直接輸入を見事に成し遂げた出光は、強靭な販売網と巨大タンカーを手に入れていました。しかし、肝心の精製設備を持たず、依然として製品の供給を他社に依存するという不安定な状態が続いていたのです。いかなる妨害にも屈せず、真の独立を果たすためには、自前の製油所が絶対に不可欠だ。佐蔵は、旧海軍燃料廠があった山口県徳山の広大な跡地へと狙いを定めました。計画されたのは、日産3万5000バーレルという、当時日本最大規模を誇る最新鋭の巨大製油所です。しかし、その建設には110億円という、現在の価値で数千億円にも上る途方もない資金が必要でした。出光は国内の銀行団に融資を求めますが、彼らは一様に冷ややかな反応を示します。出光の資本金はわずか2億円に過ぎない。製油所建設の経験もない油屋に、そんな巨額の資金を貸せるはずがないだろう。机上の数字と過去の実績しか見ようとしない日本の金融界に見切りをつけ、佐蔵は単身アメリカへと飛び立ちました。佐蔵が向かったのは、かつて日商丸の建造時にも世話になった世界最大の銀行、バンク・オブ・アメリカでした。分厚い資料を並べる代わりに、佐蔵は自らが貫いてきた人間尊重と大地域小売業という独自の経営哲学を通訳を介して熱っぽく語りかけます。その真摯な姿勢にバンク・オブ・アメリカの幹部たちは深い感銘を受けました。私たちは出光の小さな資本金に貸すのではありません。あなたのその合理的な経営と人間への深い信頼に対して貸すのです。彼らはなんと1000万ドルもの巨額資金を無担保で即座に融資すると決断したのです。資金のめどをつけた佐蔵は、次なる目的である原油の安定供給元を探すため、巨大なメロン財閥の傘下にあるガルフ石油の本社へと乗り込みました。ガルフ石油の幹部は、東洋から来たこの小柄な経営者に対し、どれくらいの量の原油をいくらで買いたいのか書いてほしい、と白紙のメモを差し出します。しかし、佐蔵はそのメモを静かに押し返し、毅然とした態度で言い放ちました。私はただ油を買いに来たのではない。あなた方が日本という国に何を望んでいるのか、それを聞きに来たのだ。アメリカの合理主義のど真ん中で、佐蔵は人間への信頼、いや、五条五助という自らの信念を堂々と説いてみせました。タイムレコーダーで社員を監視するような社会は真の民主主義ではない。
私は社員を完全に信頼しているからこそ、出勤簿すら置いていない。その揺るぎない確信と高潔な思想に、ガルフ石油の首脳陣は完全に心を奪われました。結果として出光は、外資からの資本介入を一切受けることなく、民族資本としての独立を完全に保ったまま、長期にわたる原油供給契約を見事に勝ち取ったのです。莫大な資金と原油を手に入れた佐三は、最後の仕上げとして、石油精製技術の世界的権威であるシカゴのユニバーサルオイルプロダクツ UOP 社を訪れました。最新鋭の製油所の設計監督を依頼するためです。しかし、佐三は社長のベネマに対し、単なる技術的な発注にとどまらない驚くべき2つの絶対条件を突きつけました。第一に、徳山は風光明媚な土地だ。武骨な鉄の塊ではなく、工場敷地の2割以上を緑地にし、市民が外から見て楽しめる公園のような製油所にしてほしい。当時としては全く前例のない環境と地域に配慮した画期的な提案でした。そして佐三が突きつけた第二の条件は、現地の技術者たちを絶句させるほど常軌を逸したものでした。起工から完成までを10ヶ月でやってのけてほしい。その言葉を聞いた瞬間、UOP 社の幹部たちは信じられないというように頭を抱えました。いくらなんでも狂気の沙汰だ。これほど巨大な最新鋭の製油所を建設するには、アメリカの最高の技術をもってしても最低2年。イギリスなら3年は確実にかかる。10ヶ月など絶対に不可能だ。彼らは呆れ顔で、佐三の無謀な要求を跳ねのけようとします。しかし、佐三は一歩も引くことなく、身を乗り出して熱を込めて語りかけました。ここは日本だ。真に人間が一致団結して働けば、人間の誕生と同じ10ヶ月という期間で、これだけの巨大な工場を必ず作り上げることができる。私はそれをこの徳山の地で世界に向けて証明したいのだ。ただの金儲けではない。人間の持つ無限の可能性と偉大な力を具現化するための戦いなのだ。佐三の目から発せられる凄まじい熱情と信念に圧倒され、UOP 社はついにあなたの夢に全面協力しようと固く約束を交わしたのです。舞台は日本の徳山へと移ります。この前代未聞の巨大プロジェクトの建設本部長として白羽の矢が立ったのは、かつて悪臭と有毒ガスにまみれたタンクの底油さらいで決死の陣頭指揮を執った腹心石田正美でした。そして彼のもとに集められた出光の技術人の平均年齢はなんとわずか22歳。経験の浅い若者たちばかりの陣容に、周囲の同業者たちは素人の寄せ集めで製油所ができるわけがない。いずれ出光はあの鉄くずと一緒に自滅するだろうと冷ややかな嘲笑を浴びせました。しかし佐三は若き社員たちの燃えるような熱意を誰よりも信じ抜いていました。彼は自ら火の玉となって建設現場へと乗り込み、泥まみれになって働く若者たちを激しく叱咤激励します。皆の者、よく聞け。これは出光興産の一企業がやる仕事ではない。日本人がやるのだ。真に人間が団結すれば、いかなる奇跡も起こせるということを我々の手で立証してみせるのだ。
佐蔵の魂の叫びは、若き技術者たちや100を超える下請けの請負業者たちの心に強烈な火をつけていきました。絶対に10ヶ月でやり遂げてみせる。佐蔵の気迫に完全に同調した現場の熱気は凄まじいものでした。彼らは不可能という言葉を完全に頭から消し去り、昼夜を問わず休日すらも返上して泥まみれになりながら巨大な鉄骨を次々と組み上げていきました。石田本部長も自ら冷たい水や熱い茶を運び、作業員たちを献身的に支え続けます。冷笑していた業者たちも、出光の若者たちの異常なまでの執念に心を打たれ、いつしか現場は一つの巨大な生き物のように完全に統率されていったのです。しかし、工事が中盤に差し掛かった頃、アメリカ全土を揺るがす大規模な鉄鋼ストライキが発生するという絶体絶命の危機が彼らを襲います。製油所の心臓部となる最重要の機械設備の納期が最低でも半月以上遅れざるを得ないという絶望的な知らせが舞い込んできたのです。たった1日の遅れすら許されない極限のスケジュールの中で、半月の遅延は10ヶ月での完工という佐蔵の夢が完全についえることを意味していました。現場に重苦しい空気が漂い、誰もが天を仰いで諦めかけたその瞬間でした。佐蔵は直ちにシカゴの UOP 社長へと血を吐くような悲痛な電報を打ちました。出光は創業以来、ただの一度も他人に嘘をついたことがない。もし観光が遅れれば、私は世界に対して嘘をついたことになってしまう。どうか助けてほしい。その真摯な願いを受け取った UOP 社は、出光のこれまでの誠実な仕事ぶりに深く心を動かされました。彼らは自社の威信をかけて、アメリカ中のメーカーを猛烈にせき立て、ストライキの混乱を乗り越えて、なんと本来の納期よりも15日も前倒しで、機材を日本へと送り届けてきたのです。国境を越えた深い信頼関係と、数千人の労働者たちの血の滲むような執念の結晶。昭和32年、1957年3月、世界中の誰もが絶対に不可能だと断言した日産3万5000バーレルの巨大製油所は、約束通り、人間の誕生と同じ10ヶ月という驚異的なスピードで見事に完成を果たしました。それは、机上の空論や冷たい計算を人間の持つ熱情と団結力が完全に凌駕した奇跡の瞬間でした。徳山の夜空には、真新しいプラントの群れがまるで巨大な不夜城のように白銀色の眩しい光を放っていました。夢を見ているようだな。高々とライトアップされた巨大な製油所の異様を見上げながら、佐蔵と石田は肩を並べて立ち尽くし、ただ静かに熱い涙を流していました。文字の小さな木造家屋で見本瓶を抱えて油を売り歩いていたあの泥まみれの日々から半世紀。幾多の絶望的な包囲網を打ち破り、ついに出光は自らの手で戦うための無敵の要塞を完成させたのです。しかし、この輝かしい栄光の頂点のすぐ裏側で、佐蔵の心を引き裂くような、あまりにも残酷な悲劇の足音が、静かに忍び寄っていました。出光興産が徳山製油所という巨大な要塞を自らの手で築き上げ、
怒涛の快進撃を続けていた昭和30年代後半。その凄まじい勢いを前に、同業他社でさえ、もはや出光の進撃は誰にも止められない、と、畏怖の念を抱き始めていました。しかし、栄光の絶頂へと駆け上がろうとしていた昭和37年、1962年11月18日の朝、佐蔵の心を根底から引き裂くような、あまりにもむごい大惨事が引き起こされます。舞台となったのは、深い霧に包まれ、視界が極端に奪われていた京浜運河でした。出光の子会社である宗像海運に所属するタンカー、第一宗像丸は、大量のガソリンを満載し、川崎の輸送所に向けて慎重に航行していました。そこに突然、白い霧の壁を突き破るようにして、ノルウェー船籍の巨大なタンカーが恐るべきスピードで突っ込んできたのです。鈍い轟音とともに、巨大な船首が第一宗像丸の左舷後方へと無残に食い込みました。鋼鉄の船体が引き裂かれ、輸送に開いた大きな穴から、引火性の極めて高いガソリンが海面へと滝のように流れ出し始めたのです。衝突を起こしたノルウェー船の乗組員たちは、事態の危険性をいち早く察知し、直ちに救命ボートを下ろして対戦し、全員が無傷で難を逃れていました。第一宗像丸の乗組員たちも、すぐに海へ飛び込んで逃げれば、命を助かる可能性は十分にありました。しかし、出光の男たちは、誰一人として船を見捨てようとはしませんでした。自分たちが積んでいるのは、少しの火の気で大爆発を起こす大量のガソリンです。このまま船を放棄すれば、燃え広がるガソリンが他の船や陸上の巨大な工場群を巻き込み、取り返しのつかない大惨事になってしまう。彼らの胸にあったのは、自らの命よりも周囲の人々や社会を守らなければならないという強烈な責任感でした。乗組員たちは、炎がじりじりと迫る中、懸命に電気系統のスイッチをすべて切り、重い消火器を抱えて、必死に引火を防ぐための決死の作業を続けたのです。それは、会社から教え込まれた、国家社会への奉仕という精神の、あまりにも尊く、そして悲壮な実践でした。絶体絶命の危機の中、通信長である渡辺は無線室に踏みとどまり、冷静にモールス信号を打ち続けていました。本船、ガソリン満載、発火の恐れあり、付近の船は注意されたし、自分の身に迫る死の恐怖を押し殺し、被害の拡大を防ぐために周囲への警告をひたすらに発信し続けたのです。ガソリンが海面を覆い尽くし、炎が船体を包み込もうとするまさにその瞬間まで、通信長は無線機のキーを叩く手を決して止めようとはしませんでした。衝突からわずか9分後、通信長の手によって火が出た、対戦するという最後の打電が発せられた直後でした。海面に広がったガソリンに火が回り、第一宗像丸は100メートルにも達する巨大な火柱を上げて、凄まじい大爆発を引き起こしたのです。一瞬にして船は紅蓮の炎に包まれ、最後まで被害を防ごうと持ち場にとどまり続けた36名の乗組員たちは、全員が灼熱の海へと無残に飲み込まれていきました。
36の尊い命が、壮絶な職務遂行の果てに散っていったのです。第一宗像丸炎上の凶報を受けた佐蔵は、目の前が真っ暗になるほどの激しい衝撃を受け、直ちに事故現場へと急行しました。変わり果てた姿となって海から引き上げられ、冷たい安置所に並べられた36の遺体。つい先日まで自分を天主としたい、出光という一つの大きな家族のために若き命を燃やしてくれていた、かけがえのない子供たちです。無言で横たわる彼らの姿を前にして、佐蔵の強靭な精神は音を立てて崩れ去りました。どうしてこんなことに。佐蔵は遺体が収められた白木の棺に取りすがり、人目もはばからずに声を上げて激しく慟哭しました。権力者との闘争や会社が破産の危機に瀕した時でさえ、決して人前で涙を見せることのなかった孤高の狼が、この時ばかりはただの力弱い老人となって泣き崩れたのです。そこへ事故の知らせを聞きつけた長年の旧友である林誠二が息を切らせて駆けつけてきました。林の顔を見た瞬間、77歳になっていた佐蔵はすがるように彼の胸に倒れ込みました。林さん、私は死なれなくなった。おえつを漏らしながら佐蔵は血を吐くような声で絞り出します。36人の大事な子供たちを失ってしまった。遺族の子供たちが無事に大きくなるまで私が死んでたまるものか。それは残された遺族の生涯を自らの命に変えても守り抜くという悲壮なまでの決意の表れでした。その後、重苦しい空気に包まれた中で記者会見が開かれました。会見場には事故の責任や会社の対応を追及しようと手ぐすねを引くマスコミの記者たちが殺到していました。その中の一人が憔悴しきった佐蔵に向かって無遠慮で突き刺すような質問を浴びせかけたのです。社長、これほどの大惨事に対して会社は遺族に一体どんな保証をするおつもりですか。その血の通わない言葉を聞いた瞬間、うつむいていた佐蔵の顔がさっと上がりました。佐蔵は真っ赤に充血した鋭い目でその記者をまっすぐに睨みつけ、腹の底から絞り出すようにして答えました。保証だと。私の大切な家族が死んだのだ。金の問題ではない。そして静まり返る記者たちに向かって断固たる声で宣言しました。遺族の皆様を終生にわたってお世話するのは当然のことだ。残された子供たちの教育から就職まで、父親の代わりとなってこの私がすべて引き受けるつもりです。世間の常識をはるかに超えた経営者としてのあまりにも重い覚悟の言葉に、記者たちは一斉に息をのみ、言葉を失いました。沈黙が広がる中、佐蔵の怒りに満ちた表情は次第に崩れ、独り言のように静かに付け加えたのです。本当なら、早く海に飛び込んで逃げてくれればよかった。船などどうなってもよかったのだ。しかし、彼らは最後まで被害を防ごうと必死に作業をしてくれた。その心構えが、なんともけなげで。言葉を紡ぐ佐蔵の目から、とめどなく大粒の涙があふれ落ち、シワの刻まれた頬を濡らしていきました。
巨大な国家権力に脅されても、圧倒的な力を持つ国際カルテルに包囲されても、決して首を垂れることのなかった不屈の男。その佐蔵が見せた偽りのない深い悲しみと、若者たちへの果てしない愛情の姿でした。損得感情を超越し、ただひたすらに人間を愛し抜くという彼の本質が、そこには確かに存在していたのです。後に、この手厚い遺族支援の姿勢に対して、会社の宣伝のために美談に仕立て上げているのではないか、と冷ややかな目を向ける心ない者たちもいました。しかし、佐蔵はそんな卑小な中傷には一切耳を貸さず、生涯にわたって遺族たちに寄り添い、約束通り残された子供たちの成長を見守り続けました。出光興産が掲げる大家族主義という理念が、決して経営のための机上の空論ではなく、血の通った真実であることを世間に深く知らしめた悲痛な出来事であったのです。36名の若き命が炎に消えたこの悲劇は、佐蔵の魂に決して言えることのない深い傷跡を残しました。事業が巨大化し、圧倒的な富と力を手に入れようとも、その背後には常にこうした尊い犠牲と人間の抱える深い悲哀が横たわっている。老境に差し掛かった佐蔵は、幾多の苦難や死別を乗り越える中で、次第に自分自身の内面と静かに向き合うようになっていきます。荒れ狂う実業界の最前線で孤独な戦いを続ける狼の心を支えたのは、人間という存在の深淵を解く精神の導き手たちとの出会いだったのです。時代は昭和30年代後半へ。出光興産は国内に巨大な製油所を次々と建設し、圧倒的なシェアを持つ大企業へと変貌を遂げていました。しかし、会社の規模が膨張すればするほど、佐蔵の心には言いようのない孤独と重圧がのしかかるようになります。長年苦楽を共にした戦前からの同志たちが次々と第一線を退き、独立の際に無条件で6000円という大金を提供してくれた生涯の恩人、飛騨重太郎もこの世を去りました。老境に差し掛かった佐蔵の孤独な心を静かに支えていたのは、目に見える物質的な繁栄ではなく、仏教や禅の精神世界だったのです。佐蔵が少年時代から生涯を通じて収集し、何よりも心の師として深く仰いでいたのが、江戸時代の破壊の前奏、仙外義梵が描いた書画の数々でした。仙外は高い位を約束されながらも権威に決して媚びず、市井の庶民の中で快逆とユーモアに満ちた禅画を描き続けた人物です。佐蔵が福岡商業の学生時代に父親にねだって買ってもらった四月布袋の絵。そこに描かれた権威や常識を笑い飛ばし、ただ真実である月だけをまっすぐに指さす布袋の姿に、佐蔵は己の生き様を固く重ね合わせていたのです。権力や黄金の暗い鎖につながれた奴隷になるな。いかなる時も物事の真の本質だけを見つめよ。佐蔵は国際石油カルテルという巨大な怪物に包囲された時も、国家権力という分厚い壁に理不尽に阻まれた時も、常に書斎にこもって仙外の絵と静かに向き合いました。四面楚歌の絶望的な状況の中で、世俗にこびない高層の自由な魂に触れることで、
ひるみそうになる己の心に何度も鞭を打ち、孤独な戦いへと赴く勇気を奮い立たせてきたのです。時空を超えた仙外との対話こそが、孤高の狼の隠された力の源泉でした。昭和31年、佐三が収集した仙外の書画がアメリカのオークランド市立美術館で展示されたことをきっかけに、彼の人生に新たな精神の導き手との出会いが訪れます。それは世界的に名高い仏教哲学者である鈴木大拙でした。大拙は展示された仙外の絵に深く感銘を受け、見ず知らずの佐三に向けて、これほど見事に仙外を収集している幾何を深く尊敬する。一面識もないが数十年来の知己であるような気がする。と心のこもった手紙を書き送ったのです。この一通の手紙から二人の間に深い魂の交流が始まりました。その頃の日本は未曾有の高度経済成長の波に乗り、アメリカ流の合理主義的な経営手法が次々と企業に持ち込まれていました。労働組合もなく、出勤簿すら存在せず、定年制も設けない出光の大家族主義は、効率だけを重視する世間からは、時代遅れの封建主義だ、独善的すぎる、と激しい非難の的となることも少なくありませんでした。佐三は表向きには他人は他人だと豪語していましたが、巨大化する組織の中で本当に自分のやり方は間違っていないのかと密かに深い自問自答を繰り返していたのです。昭和34年のこと、佐三は迷いを断ち切るため、静養中であった鈴木大拙の滞在する熱海へと足を運びました。海を見下ろす静かな部屋で、佐三は自らの経営哲学や社員を家族として愛し抜いてきたこれまでの歩みを包み隠さず大拙に語って聞かせました。そして老教の経営者はまるで迷える修行僧のように世界的哲学者に向かってまっすぐに問いかけたのです。先生、私のこのやり方は今の世の中では間違っていると激しく批判されます。私の経営は本当に正しい道なのでしょうか。佐三の胸の内に渦巻く深い孤独と迷いを、大拙は穏やかな眼差しで静かに受け止めました。そしてすべてを見透かしたかのように深くうなずくと、佐三の目を見据え、ゆっくりと、しかし力強い声でこう答えたのです。出光さん、あなたの経営でいいのです。何も間違ってはいません。その言葉は、数々の修羅場をくぐり抜けてきた佐三の心に、温かい光となって、深く染み込んでいきました。どうか、自信を持って、あなたの信じる道を、最後まで貫き通してください。何も間違っていない。最後まで貫け。大拙のその一言は、暗夜の荒野で道を見失いかけていた佐三にとって、確かな行く先を照らす何よりの灯火となりました。人間を尊重するという自らの歩みが、決して独りよがりなものではなく、人間の真理に根ざした正しい道であることを、世界的な思想家が保証してくれたのです。この熱海での会談を経て、佐三の心の中にあったわずかな迷いや屈託は完全に吹き飛び、その精神はかつてないほどの静かな澄み切った境地へと達していきました。
大拙の言葉に深く勇気づけられた佐三は、その後、自らの思想を世に問う活動に、ますます精力的に打ち込んでいくようになります。経営規模が膨張しても、彼にとって事業とは単なる金儲けの手段ではありませんでした。人間を作ることこそが事業であり、石油の商いはそのための手段に過ぎない。佐三はことあるごとに社員たちにそう説き、利益よりも人間としての成長を重んじる姿勢を生涯を通じて決して崩そうとはしませんでした。佐三は自らの考えを広く社会に伝えるため、ジャーナリストや知識人との対話を積極的に行い、次々と著作を世に送り出していきました。世界は人間の心を中心とする世界と物質を中心とする世界の2つに分かれている。日本は古来より互いに譲り合い、助け合う人間の世界を築いてきたのだ。欧米流の物質偏重主義や冷たい数字だけで人間を測ろうとする合理主義に対し、佐三は痛烈な警告を発し続けます。彼の語る言葉は、単なる経営論の枠を完全に超え、国家や人類の未来を憂う深い思想へと昇華していったのです。ある時、フランスの著名な作家であり、文化大臣も務めたアンドレ・マルローが来日し、佐三に直接面会を求めてきました。マルローは、出光の西洋の常識に縛られない独自の経営手法と、その根底にある深い精神性に強い関心を抱いていたのです。二人は出光美術館の一室で対面し、東洋と西洋の精神文化について深い議論を交わしました。マルローは佐三の思想に強く共鳴し、ヨーロッパは物質文明につまずいた。人間形成において西洋の科学は無力であった。と、佐三の著書に惜しみない賛辞の序文を寄せることになります。マルクスに現在の世界の混乱の責任をすべて押し付けるのは賛成できない。資本家の過酷な搾取がなければ、彼はあのような闘争の理論を唱えなかっただろう。冷戦下において、共産主義が絶対悪とされていた時代にあっても、佐三は自らの価値観で物事を判断し、独自のユニークな見解を恐れることなく堂々と公言しました。動機と目標という点において、貧しさから人々を救おうとした彼と私は同じだ。ただ、私は闘争ではなく、五条五条の道を歩もうとしているだけなのだ。佐三の思想は、いかなるイデオロギーにも縛られない自由で寛容なものでした。経営は思想を示すための手段である、と大真面目に信じた男。そのあまりにも強烈な個性と思想性に、世間の一部からは、出光教だ、時代錯誤の神がかりだ、と冷笑や非難を浴びることもありました。しかし、佐三はそのような卑小な雑音には一切耳を貸さず、我が道を悠然と歩み続けました。彼にとって最も恐れるべきは世間の評判ではなく、自らの良心と天の意志に背くことだったからです。仙の書画と静かに向き合い、鈴木大拙との魂の対話を通して、自らの精神を磨き上げ続けた佐三。若い頃の怒りに任せて相手を激しく怒鳴りつける荒ぶる獅子のような気性は影を潜め、晩年の彼の顔には、すべてを包み込むような穏やかで枯れた高層のような気品が漂うようになっていました。激しい闘争本能と、それを律する強靭な自制心。その二つの葛藤の果てに、佐三はついに無の心境に近い
確かな魂の安らぎを手に入れたのです。真に人間が団結して働けば、いかなる巨大な壁をも打ち破ることができる。その揺るぎない信念の通り、彼が一代で築き上げた出光興産は、今や数万人の社員を抱える世界的企業へと成長を遂げていました。しかし、自らが老境の坂を下っていく中で、左造の眼差しは、次なる時代を担う若者たちへと静かに向けられようとしていました。すべてをやり遂げた孤高の狼が、いよいよ自らの波乱に満ちた人生の最終章、その静かなる落幕の時を迎えようとしていたのです。昭和40年代、80歳という高齢を迎えた左造は、ついに経営の第一線から退く決断を下しました。彼が自らの後継者として白羽の矢を立てたのは、長年にわたり苦楽を共にし、最大の理解者であった弟の圭介と、数々の修羅場をくぐり抜けてきた腹心の石田正美です。これからの時代は、お前たちが自らの頭で考え、この出光を引っ張っていくのだ。すべてをやり遂げた男の顔には、重責から解放された穏やかな笑みが浮かんでいました。兄貴は獰猛な狼ですが、僕は臆病なネズミです。とても兄の真似はできませんが、僕なりのやり方で懸命に頑張るつもりです。新社長就任の記者会見で、圭介は照れ隠しのようにそう語り、周囲の笑いを誘いました。左造は自らを店主と名乗り、経営の表舞台からは一歩退くことになります。荒れ狂う最前線で孤軍奮闘してきた狼は、若き家族たちが立派に育ち、自らの足で力強く歩み始める姿を、後方から温かく見守る存在へと変わっていったのです。しかし、穏やかな余生を過ごそうとしていた左造を、過酷な肉体の衰えが容赦なく襲います。少年の頃から彼を苦しめ続けた目の病が極限に達し、黒色白内障という恐ろしい病魔となって、両目の視力をほぼ完全に奪い去ろうとしていたのです。分厚い眼鏡の奥の世界が日を追うごとに深い暗闇へと閉ざされていく恐怖。このままでは愛する社員たちの顔も心の支えである仙外の絵も見えなくなってしまうのか。左造は高名な眼科医のもとを訪れましたが、医師の診断は非常なものでした。手術をすれば視力が回復する可能性はあります。しかし、失敗すれば完全に失明してしまう危険な賭けになります。どうなさいますか。その重い問いかけに対し、生への執着が誰よりも強い左造は、一秒の迷いも見せずに即答しました。どうか、私を手術してください。私はまだ、この目で見ておきたいものがたくさんあるのです。昭和48年、87歳という高齢での決死の大手術が行われました。数ヶ月に及ぶ暗闇の恐怖と過酷な痛みに耐え抜いた末、ついに左造の目から分厚い眼帯が外される日がやってきます。そっと重いまぶたを開けた左造の視界に、最初に飛び込んできたのは、献身的に世話をしてくれた看護婦の制服と、真新しいベッドのシーツでした。それは、長い間失われていた、
眩しいほどの鮮やかな光の世界だったのです。ああ、白という色がこんなに美しいものだとは知らなかった。感動のあまり声を震わせる左蔵の目からとめどなく大粒の涙があふれ落ちました。奇跡的に視力を取り戻した左蔵は病院の廊下をすり足で懸命に歩き回り、衰えかけた足腰の鍛錬をすぐに始めます。100歳まで生きて日本の行く末を見届けてやる。光を取り戻した孤高の男は、また新たな生への強烈な執念を燃やし始めたのです。奇跡的な回復を果たした晩年の左蔵が、私財を惜しみなく投げ打って最も情熱を注いだものがありました。それはふるさとの海を静かに見守り、幼い頃から心の拠り所としてきた宗像大社の復興事業です。戦火の嵐を無傷でくぐり抜け、幾多の絶望的な視線を超えて会社を再建できたのは、すべて神仏の温かい加護があったからに他ならない。左蔵の心の中には、人間を超えた大いなる存在に対する深い感謝の念が満ち溢れていました。左蔵は自らが音頭を取り、現在の価値で数十億円にも上る莫大な錠剤を集め、長年の風雨で荒れ果てていた荘厳な社殿を見事によみがえらせました。しかし、神社の関係者が感謝の証として、顕彰碑に復興規制会会長出光左蔵と名を刻もうと提案した時です。左蔵は慌てて首を横に振り、自らの名前を絶対に削り取るようにと厳しく命じました。私の名前など神聖な場所に決して残してはなりません。お礼を言うのは私の方なのです。油屋ごときが一回の商人の分際で出過ぎた真似をしたと、神罰が当たらないか恐ろしくてたまらないのです。かつて巨大な国家権力や国際カルテルに向かって牙をむき出しにし、激しく奉公した孤高の狼。しかし、神仏という人知を超えた存在の前では、彼はどこまでも謙虚で、純粋な心を持った、ただの一人の老人に戻っていたのです。そして、いよいよ運命の時が訪れます。昭和56年、1981年3月7日、出光左蔵、満95歳。幾多の激しい嵐を駆け抜け、世界を相手に堂々と渡り合った巨星は、急性心不全により、波乱と熱情に満ちたその生涯に、静かに幕を下ろしました。苦難の連続であった人生をすべて乗り越え、己の使命を完全にやり遂げた男の、見事な大往生でした。眠るように息を引き取った左蔵の枕元には、彼が晩年最も愛し、自らの天命を悟るようにして手に入れた仙外の双鶴の絵が静かにかけられていました。そこに記された亀は千年、鶴は万年、我は天年という言葉。まさにその言葉の通り、天から与えられた己の命と使命を燃えかすの残らないほど最後の最後まで完全に燃やし尽くした壮絶な人生でした。国家の未来と消費者の利益のためだけに
命を懸けて戦い抜いた一介の民間人の死。その訃報は瞬く間に日本中を駆け巡り、数えきれないほど多くの人々が深い悲しみとともに彼の死を悼みました。そしてこの孤高の男の死に際し、昭和天皇は異例ともいえる特別な御誓を読み、その偉大なる功績を心から称えられたのです。出光佐蔵ゆく。国のため人よ貫き尽くしたる。君また去りぬ寂しと思う。国を深く愛し、人を愛し、いかなる巨大な壁に直面しようとも、自らの信念を一切曲げることなく貫き通した真の国士。その魂の気高さに捧げられた、これ以上ない最高の名誉であり、優しく温かな鎮魂の祈りでした。佐蔵の貫いた至魂は、日本の歴史の奥深くに永遠に刻み込まれたのです。生前の固い遺言により、佐蔵の葬儀では立派な戒名は一切つけられることはありませんでした。ただ、父、東六と母千代の次男であることだけを墓に彫れ。そのつつましい異名に従い、鎌倉の東慶寺の静寂な木立の中に建てられた小さな墓石には、ただ、出光佐蔵夫妻の墓とだけ静かに刻まれています。それは、富や名声に執着しなかった彼らしい、どこまでも潔い最後の姿でした。その小さな墓石が置かれた場所にも、佐蔵の深い敬愛の念が込められていました。生前、彼が死んだら先生のそばで眠りたいと願った心の師である鈴木大拙の墓のすぐ隣です。そして鈴木先生の墓よりも決して大きなものにしてはならないというもう一つの厳しい異名の通り、大拙の墓から一回り小さく身を縮めるようにして静かに佇んでいます。新緑の木漏れ日が彩りなす静寂の中に立つと、激しい闘争の果てに佐蔵がたどり着いた何者にもとらわれない自由で寛雅な精神の安らぎが伝わってくるようです。佐蔵は晩年、会社の未来を担う若き社員たちに向かって穏やかな、しかしどこかいたずらっぽい笑顔を浮かべてこう語りかけていました。この会社は私のものではない。息子の章介のものでもない。すると一体誰のものかな。生かすも殺すもこれからは君たちの出番なのだよ。彼が後世に本当に残したかったのは、出光興産という巨大な組織の看板や莫大な資産ではありません。どのような時代になろうとも、自らの頭で考え抜き、困難に立ち向かう力強い人間の心こそを時代へと伝承してほしかったのです。時代はさらに移り変わり、現代の経済社会は再び目先の利益至上主義や冷酷な効率化の波に飲み込まれようとしています。人間を単なるコストや歯車として切り捨て、株価と数字だけを追い求める風潮が蔓延する世界。佐蔵は生前、そうした物の世界の危うさを鋭く見抜き、こう警鐘を鳴らしていました。人は細り、財務諸表ばかりが栄える。しかし、人間が真に生きてこそ、初めて事業も生きてくるのだ。数字の裏にある人間の血と汗を重んじた哲学は、現代に痛烈なアンチテーゼを突きつけています。
経営とは、ただ金を儲けるための手段ではない。人間を作ることこそが事業の真の目的なのだ。その揺るぎない哲学は、利益の追求を至上命題とする現代資本主義に対し、今なお鮮烈な光を放ち続けています。彼が幾多の修羅場の中で身をもって示した人間尊重と大家族主義の理念は、決して時代遅れの代物などではありません。効率化の波に疲れ果て、人間らしさを見失いがちな現代の人々の心にこそ、忘れかけていた大切な商いの真髄を静かに問いかけているのです。現代の海、どこまでも広がる青い海原を、莫大なエネルギーを腹に抱えた巨大なタンカーが白い波を立ててゆっくりと進んでいきます。その輝く功績を見つめていると、かつて海賊と呼ばれながらも夜の関門海峡を疾走したあの熱き若者たちの息遣いが聞こえてくるようです。泥と油にまみれて旧海軍タンクの底を這いずり回り、理不尽な国家権力や巨大資本の分厚い壁に素手で果敢に立ち向かっていった名もなき社員たちの泥臭い勇姿。そして大英帝国の圧倒的な包囲網を突破し、拿捕の恐怖に怯えながらも死の海を越えて祖国に希望の油を持ち帰った日照丸の壮絶な記憶。彼らが己の命を懸けて守り抜こうとしたのはただの会社ではありません。敗戦のどん底に打ちひしがれた日本という国に生きる人々の独立国家としての確かな誇りと明るい未来そのものでした。真に人間が団結して働けば、いかなる巨大な壁をも打ち破ることができるという壮大な証明でもあったのです。黄金の奴隷たるなかれ。学生時代に恩師から授かったその一言を生涯の羅針盤とし、巨大なカルテルや国家権力に真っ向から立ち向かった孤高の狼出光佐三。その95年の生涯はただ人を信じ、人を愛し、自らの全てを投げ打って戦い抜いた途方もなく熱く泥臭い闘争の連続でした。焼け野原の焦土からただ人間尊重という無私の信念だけで立ち上がり、数々の奇跡を証明し続けたこの男の旅路は、今を生きる私たちの胸に消えることのない情熱の火を灯し続けています。私たちが共に見届けてきたこのあまりにも壮大であまりにも人間臭い魂の奇跡、それは時代を超え国境を越え、今も日本の空と海を渡る力強い風となって私たちの行く手を確かに照らし続けています。鎌倉の静かな木漏れ日の中に佇むあの小さく質素な墓石、そこに眠る不滅の志は姿形を変え、今を生きる私たちの心の中で熱く優しく未来に向かって静かに波打ち続けていくことでしょう。